こんにちは。よいしょ。PLL 見ましょう。まだね、事前の配信というか、テスト配信がちょっと終わった感じなので、あれですね。いい感じにテスト配信終わったので、あと10分待ちましょうって感じなんですけど、さっきテスト配信でさ、ヨシピーが結構 NFT に突っ込んだ話してたんだけど、なんかあれだよね。海外の人って結構今、多分、センシティブなんだろうね、そこら辺に関して。すごいヒステリックな言動が多くて、なんか、日本との温度差激しいなって思いましたね。レシピが言ってる通り別に技術自体は悪ではないと思うし、NFT 自体はブロックチェーン技術自体はそんなになんか、今のビジネスモデルとして詐欺に使われやすいっていうのは実際そうなんだけど、会社がネズミ講のように使うのかって言われたら、それはまた違うんじゃないのっていう感じもするしね。なかなかちょっと、海外の人も一回落ち着いた方がいいのではないかなって思いましたね。アメリカは多分メタバースとかの、なんて言うんだろう。メタバースとか NFT 技術あたりを今すごい多分詐欺師の人たちとかがかなり使っちゃってるんだろうね。名前とかブランドとかそういうものを。故に多分余計にセンシティブになっちゃうんだろうね。だからしたら終わるみたいな。マイクロソフトに買収されたらコンテンツが終わるみたいな感じの思い込みをしている人たちもいるけどさ、結構。ああいう感じでなんか、一種のミームになりつつあるんだろうね、おそらく。なかなか、日本もそういう風潮があることもあるけどさ、ゲーム業界に限らずだけど、ちょっとやっぱり一回落ち着いた方がいいよねっては思いましたね。そんな話でした。はい。ぼっちさん、こんにちは。ぼっちさんいらっしゃい。じっとりしてました。テスト放送であんな濃い話されてるとは思わなかった。ちょっと、こっちの配信が遅れました、そのせいで。でもね、14って別にメタバースではないと思うからな。そうそう、メタバースと NFT は全く関係ないんだけど、メタバースなのかって言われたら、勝手にひろゆきさんがそう言ってるだけだからさ、あくまでも14は MMORPG だよなって思うんだけど、なんか、両者が混同されやすい気がするなって感じはするよね。FF はさ、もともと、なんて言うんだろう。なんかゲームを作るっていうより世界を作るみたいな方が大好きじゃないですか、スクエアの人たちって。だからなんか、結果的にワールドシミュレーター的になるとか、あと、その世界に住んでいる感が強くなっていくっていうのは多分あると思うんだけど、14に限らず。あれだよね。そういうところはあると思うから、多分そういうところでメタバースと混同されるのかなって感じはするよね。だって FF14 もメインストーリーすごい重圧だけど、住めるゲームでもあるからね、ある意味。確かに。ちょっと今、渦中にあるから、あれだよな。あんまり、あんまりだよね。海外の人にそっちの話をすること自体が得策じゃないのかもしれないっていうのはそうかもしれない。
まあそれはそれとして、メタバースと NFT は違うよっていう指定はしとかないと、余計な混乱を生むから、まあ言わなきゃいけないんだろうけど、慎重お察ししますって感じだよね。よいしょ。まあなんか、あれだよね。そういうレッテルが貼られちゃっている現状で、その話を、その話題を振るのってちょっと難しいよねって思うよね。今後業界がどうなるのかわかんないな。どうなっていくんだろうね。メタバースとかもなんか日本だと結構いいように使われ始めてるけどさ、なんかよくわかんない。名前だけの企業なんか委員会みたいな場所に名前だけ使われ始めてるけどさ、ああいうのやめてほしいよね。あと4分だけどなんか始まんないな。あ、始まってる。よいしょ。ピクチャーインピクチャーで、よいしょ。あ、なんかおかしいぞ。これでよし。最新のなんかすごい技術とかって利用されてしまうのあるよね。それもあるし、なんならあれだよ。これ音出てる？元から音出てないだけか。うわ、でかいでかい。でかいぞ。これはでかいぞ。よいしょ。技術が利用されてしまうのもあるし、なんならなんて言うんだろう。ゲームってさ、昔からお金儲けの道具にされてきた時代背景があるんだよね、基本的に。音は今のところ出てないけど、画面は出たね。よいしょ。このイラストいいな。ねん、ねん、ねん。どうだろう。ちっちゃい。今ちっちゃくした。これ大丈夫？音出てる？出てないよな。単純に音出てないみたいだな、これは。普通に。よいしょ。待ってよ。始まるの。よいしょ。さっき今ちょっとアーカイブというか、アーカイブチェックして、そもそも音が前出てたのか出てないのかっていう YouTube の音源チェックを見て聞いてました。だからまあ、あんまり関係はないです。よいしょ。多分無事音は出るけど、今単純に放送側が音を出してないだけっぽいので、OK です。何話すんだろうね。次の10年について話しますっていう結構大雑把なことを話そうとしてるけどさ、次の10年って言われても私、結構行月でさ、14自体やりきったよねって感じするから、本当に何するのかわかんないんだよね。てか多分、これは大ファンの人ほどよくわかんないんじゃないかなって思うよ。ファンであればあるほど余計わかんないよね。で、あそこまで大々的に終わってさ、でまあシナリオは続いていくのはそうだけど、次の10年に向かって、ゲーム自体をどう進化させていくかみたいな話をするんでしょ？何の話なんだろうねっていう。
ここ出てきたな。みたいな BGM が聞こえる。ああ。これはね、プレビュードですね。聞こえてる聞こえてる。これ、ちっちゃいな、音。原因かけた方がいいかな。おはようございます。おはようございます。Hello everyone。第68回 Final Fantasy XIV プロデューサーレターライブをお送りいたします。Thank you very much for tuning in to Final Fantasy XIV Letter from the Producer Live No. 68。皆さん自己紹介お願いします。翻訳の人だけ。Hi, my name is Naoki Yoshida, producer and 翻訳の人だけ。なんか画質がガビガビしてる。皆さんおはようございます。そしてこんばんはな人も多いですね。こんにちは。Final Fantasy XIV プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いしお願います。します。そして本日進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。My name is Toshio Murochi, also known as the Fox Clone. You are global community producer here. I will do MC stuff for today's live letter. こういうの初めて見た。そして本日はですね、初めて本日のプロデュ PLL も日本語と英語のバイリンガル放送でお送りいたしますので、我らこういうのをがスクリーンね、にアメリカオフィスから入ってくださっております。何十回目だこれ、40、それぐらいやってるよ。So we have a special member from Square Enix America office. あいみさんです。おはようございます。よろしくお願いします。スクエアニックスアメリカの福武あゆみです。あゆみさんだけあれだね。画質が悪いね。すごく。Hello everyone, this is Ayumi あれ from か the な、 Square 海 Enix 外にいる Los のかな、 Angeles 多 office. 分。 I'm going to be supporting for the translations. もしくはカメラのはい。品質が悪いか。本日のPLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あいみさんが通訳してくださいます。で、私が喋ることは私が自分で、翻訳しながら進めていきますので、さあ、モルボルさんすごいよね。私からは大して重要な話は出ませんのすごい勢いでさ、自分の言語をさ、日本語から英語に全部同時通訳して話せるの。えぐくない？こんな風になりたい私も。英語喋れないから羨ましいや。そして今日の PLL はですね、前半戦はファイナルファンタジー14の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただ新たきます。なる挑戦ね。そして後半はですね、休憩挟みまして後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ 6.0 をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。Q&A セッショ So today's ン。letter live has two major parts, and then こっちもちょ first っと気にな half るね。 is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, which is where we are and where we are going for next 10 years. And then we have a taking break, and then latter half is the Q&A session based on your gameplay of 6.0 expansion. はい。はい、ということで、始めてまいりたいと思います。ですね、私がこっちを見てるとき、こうなってるときは皆さんのコメントを見てるときなので、今日こういうシチュエーションすごい多いと思うんで、ご理解ください。そうだね。前なんかカメラの目線をしてないから怒られたんだよね、前コメントで。カメラ目線じゃなくて、何をそれしてんだよって言われてたね、怒られてね。いや、違うんですよ。コメント見てるんです、コメント見てるんですって。謝ってたの。通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、まあグローバル全体でね、お届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね通訳してくれてるんで、多分ね、デュアルモニターだろうね、これは。それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで、そういうカメラの方は多分普通のモニターがあるか、ガチのカメラがある。これは。And we do see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick, but I mean, it's here to try to facilitate communicating Yoshida's comments. It makes us sad if you're disappointed that it's in two languages, but perhaps if you look at it like a FanFest stage event where we have the Japanese and English, maybe that might help it. 配置が変わっちゃってね、機材の。コメントで今日は 6.1 昔は前見てたんだけど、なんかこっち側見るようになったのよ、最近。Do we have any further updates for 6.1? So
6.1 がっつりってことだけはないんですよね。そうですね、パッチ 6.1 の内容と紹介に関しては、はい3月4日はい、4日です。に、 3月4日パッチ 6.1 特集パート1の PLL をやる予定なので、なるほど6.1 のまあでも今日ちょっと出ますけどね、あちょっと出る6.1んだの詳しいところはそっちに譲ります。So yeah, today's broadcast is not literally going to be just about 6.1. 6.1. We may touch upon it, but then the details are going to be explained on another episode of the live letter on March the 4th. This is JST, but we will go into details at that timing. あとはまあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど楽しく気楽に行くので皆さんもですねなるほど緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。分かった分かったけど And さ some あん people ま might be り bracing さ for a な very くない important announcement when we talk 中国の about 人連れて today's きての broadcast. PLL But はな that's かなか not 珍し the いと思うよ intent. We 私 would love for you to just relax and just have fun with the broadcast. パンフェスとかだったら結構やってるけどさよしやめんのみたいなよしやめんの出るんだよなついにそう毎回出てくるよね俺さでもいつだっけ毎回出てくるけど毎回指定してるよねこの人言ったばっかだよねそうですねライフワークやめだって言ってるライフワークだからやめたくないって言ってるけど毎回 And I understand Ah, we were so you're talking about gonna- like the future of Final Wakatte Fantasyるよ XIV, but every time we mention something Yeah, like maybe that, people are like, yeah. "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told us when we were doing our announcement showcase in February. It's Yoshi like, はもう 14 死ぬ is ほど my life 好きだ work. からな It's not like I'm この going 仕 to 事 just が up な and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきってやるんでやめないよななんだろうそんなね自分の確かに去就をね重大発表をしますみたいなねこと言わないですよ。ちょっと恥ずかしい。自分が辞めるのを重大発表っていうのはちょっと I 確 don't か want に people 恥ずか to しい be かもし going れない around saying, "Oh, you're such a liar," because I mean, I'm not the まあ type of 正直 person 重大 who 発 make 表だと these 思うけど kinds ね of それで like や my ったら personal もしそれになった announcements ら on the live stream. So. さあでは、やっていきましょうか早速。前半だいたいね2時間ぐらい、後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。なのでご飯食べたりですね今日土曜日なんで飲める人はお酒飲みながらとかでも全然いいので楽しくいき何ましょう。時間だ ?15 時までか So we're looking at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. And so you're free to do like you have dinner or like eat lunch as you're watching the broadcast. It is a Saturday, so if you want to start drinking early, you're more than welcome to do so. 多分長丁場にあるからさあ行きましょう。では、だって画面切り替えてもどういうらっていい話してんだろかな。うねはい、はいはいじゃあ早速いきますが、改めて今今日日のトピックスお話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。はいはい Okay, so jumping right in, let me go over the topics we will 改 cover. めてって言われてもなんか大雑把なことで、しか言われてないけどまず一つ目はちょっとですねまあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、 11年やってきまあ、てるねちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。はいはい The first topic, of course, it's been about 11 years, to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですねまあちょっとこの先じゃあさらにもう New 10年 future は僕続けたいと思ってるんでまあこの先10年さらに14を発まだ展させていくため10年続けるってに、まあ、新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについてあなたまあどんな何歳やことと思やってていくのかというのをお知っるの今らせし自分たいと思います。の年を考えてほしい And then once we do look back on こ our の頃には past, もうなん then we か look 定年 forward 退社 to レ the ベルの next 10 years. Because as I 年になってる mentioned, と思 I うんだ would け love ど to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV, many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. 名称でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたのでそれに対していろいろお答えしていこうかなと思ってます。
And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an Endwalker Q&A. あと10年か吉田リビングデッドを使う気だなみたいなコメントがあったりね。いらない。We're seeing comments like, oh, 10 more years, huh? Is Yoshida going to kick off his living dead? まああったよね、確かにね。吉田の量産を開始しましたとか、こちらの量産を開始誕生したので紹介しますとか、そういうのじゃねえかって書かれてましたね。なんか20年後にはノールトだけになって生きてるとか言われてるよね、結構。 Oh, we have mass manufactured Yoshida clones. 脳みそが培養液に入ってゲーム作ってるよって。Yeah, then I say I've done already. So something like that. では早速いきましょうか。まずは、まあ正確にはね11年なんですけど、大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのをちょっと振り返っていきたいと思います。Okay, so jumping into the timeline here, of course, accurately it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. まあいろいろありましたね。まあ2010年サービスを開始して、その12月に運営体制ね、全部開発も一新して、僕はここから参加です、ね。左下のロードストーンのフォントとかがなんか懐かしいフォントっていうかデザイン。左上のあれも懐かしいやん。caused us to sort of reconsider the development structures, and there was a lot of changes that were made in order to kind of reboot the title. So this is when I joined in, Yoshida joined in. オレンジ色になってるエーテレットも懐かしいな。で2021年の2011年の10月14日に、まあ、14日が縁起がいいだろうっていうので申請をやりますよという発表してますね。なるほど。And then 2011, October 14th, we were thinking 14th must bring us good luck. And that's when we announced that we are going to have Final Fantasy 14 Reborn. 海外の皆さん詳しいよね。あゆみさんもインタビューにいてくれたと思うけど、9番を遊んでみたいので9番のサーバーを復活させる気ありませんかってクラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかってナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ナイトメアってすげえ言ってんねコメントで。ナイトメア。I love how the comments from the West are, I love how they know all these details. And I'm sure Amy had sat into the interviews as well, but people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, Nightmare. And so people are calling the time of 1.0 and Nightmare. It's awesome. ゲームにならないんだよな、正直。2012年の11月11日にですね、時代の終焉トレーラー公開とともにですね、一旦申請の準備のために Q14 のサービスを、最後の方は面白かったけど、でもそれでもバグとラグはやばかったからな。November 11th of 2012, we titled it The End of an Era, and we sort of closed the service for the original version of Final Fantasy 14. まあ、9番からねやってくださってる方も結構いるし、9番の捉え方って結構まちまちだとは思うんですけど、9番のラスト付近はそれはそれでまた独特のゲームデザインの MMO として結構ね、好きだった、面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、まあ、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうね評価をもらってたりするのはとてもありがたいことなので、僕らもすごいね実は励みになってました。And of course, 面白かったですね、最後の方は。since the original 1.0, アクションが調整される前は本当あれだったけど、調整後はかなり面白かったと思う。But there were people who thankfully TP acknowledged 食 how べて 14コンボ was starting つ to なげて shift, っていうのは and they 結 did 構 take あれっ notice ぽかっ about たよね。 how the game design was unique, despite we バ were トルデザイン looking は to ちょっと sunset ゼノ the ブレイドっ original ぽかった version. 感じはするよね。 And so it was wonderful 感 that 覚的には。 people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. ちなみに9番から今日視聴してくださってる方でQ14 からやってるよって方、どうですか、手を挙げてもらっていいですか。
手あげまし So た。 if I could have people in the comments, by show of hands, I don't know how you raise your 手じゃな hands, くて but 前足だった。 anybody who's been playing since 1.0, the original Final Fantasy 14, we would love to see who's been with us since then. めっちゃいる Boy, there's a lot. めっちゃいる。 But Thank you very much. すごいありがたい。います。 that's amazing. Thank you guys. まあここからねあと10年お互い健康に気をつけて楽しんでいきましょう。健 But 康 yeah, に気 we're をつける looking 年になっ forward ちゃっ to た the ね、 next みんな。 10 years. So yeah, let's all 私 take はま care だ of まだ our 若い health けど and さ。 keep going. That's awesome. 私の年であの頃やってた人あんまりいないと思うで、からな。ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルゼや正式サービス開始することができました。 So, 大体みんな moving 50代 on, とかになってくるのか。 2013, we start our beta testing 私 for は Realm まだ Reborn, and 20 then 代です August が、 27 of the でしょ same year, we were 20、 able 50、 to 40 relaunch いってる as だ a ろうな、 Realm 大体の Reborn. 人は。レガシー先輩振りだと。返るとですね2011年の3月ぐらいから一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして2011年の6月から6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で新生リリースしてるので狂ってるもうちょっとな。驚異的今振り返ると2年でネーム And を作る looking のは back, ちょっと頭お so か it しいと was 思うんだよな、私。 2011 うん in March. We だから started ボリューム at 面 least と doing か the バランス面とか framework, いろ just いろ the と design 苦労した部分 structure はある first. け And ど it was a さ。 very small team that worked on it. It was 5 people who started on the base framework, and then starting June of that same year, まあでも 2011, 2年 we でよ had くあんな 6ボリューム入れ programmers られ starting た to よ write ね。 code. うん。 And considering it took about 2 years and 2 months to relaunch, いや、ほんと that's 申 just 請はすごいかった incredible. よね。うん。で、念願だったですねファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。今でも覚えてます。 And of course, by 2014, October, we were able to ちょっと待って、hold した our な。 very first fan festival. That was something that we really wanted to do. なんか、あ初めてれだな、やっぱりグレンファンフェスあたりの基調から公演で異常なスピードで人が増えていって大る気が歓するな。声でですねもうなんか、足が震えて I still remember it today. The first time we did our fan festival, and we started out in the そう North いう意味ではやっぱ America 想定は結 region. 構暗 And 黒 when 期 I だった took よ the ね。 stage to do my keynote presentation, and just この the 頃はほ cheer んと that レ I イドと received かこの間あ from た the りと audience, かも man, my 含め legs て were 人 shaking が when ほ I んと was 少 up な there. くて。で少なくて初の少なくて。拡張であるヘブンズワード、2015年の6月にリリースしてその後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。 And then next, we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June. And then soon after, we reached 5 million registered players. でこの辺りはですね我々開発チームもですね高難易度高難易度って言われてよしやっちゃうぞって言ってやっちゃえギリぞ。ッギリなのをやったらですねはいいや難しすぎんだろってなってですね我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね今につながってる本当重要な時期だったと思いますここそうは。だね。重要な時期だったよ、本当にこの時期は。 But this is 人もめちゃめ around ちゃ the 減っ time たと when 思う。 people ほ were んと。 starting to clamor for 減った higher けど、で difficult もこれ content, が higher なかった difficult ら多 content, and the 分、 dev team got so excited about, 多 oh 分 yeah, you 今 want に、今み difficult? たいにはならな And かっ so たろうね。 we gave you really, really tough content, and people started complaining now about, oh no, this is too difficult, Yoshida, this is too difficult. And so we were trying to find that balance. It was trial and error trying to get to 今 that 人 that がい nice るのはこの balance. But I 時 think に it 転 was べた really からだと important that 思う。 we're making that いっ conversation. ぱい人がいるのは。あれでね僕は人生の格言の一つをね学んだんですよ。プレイヤーの皆さんにはいやーちょっと簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。 And だね。 it was then that I learned this very そうね。うん。 valuable lesson, which is I think it's best to keep the difficulty where the players would walk out of it saying, that
was pretty 簡 easy. 単だったなって言われるぐらいで、ちょうどいい。グレンのリベレーターを発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外の、そのもう14の世界に住むみたいなことをより具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、そうだねそれがね、グレンのあたりからそこら辺が跳ねたよね功を奏してですね、ほんと登録者数が、この時点で1000万人突破と。And then, of Ah, course, なんか Stormblood 下の写真懐かし released い in な。 2017 どこで June, 見たんだっ and け we な、こ started れ。 looking at various other types of content aside from battle and combat, content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that 後ろの really モフモ struck フ a してる chord モル with モット people. 人形 People みたいなの可愛い。 were resonating with it, which thankfully Ah, got us to a registered cat player と number ハッ up トキャッ to トの人形かな。 14 million players. ハットキャ思いット人出されるグレン形かもしれない。のリベレーター初日のデブ猫だねラウバーン透滅戦。すごかっローフたですね。ライバンと別。 And I still remember when Stormblood first launched, Rauban Extreme in the Niners. ありましたね。I think we all remember that. あの失敗があってね、今の安定したキューイングシステムがあったりするからね。But I mean, even with that failure, we learned from it and we were able そ to うね、 build あれがなか a ったら much 多 better 分 queuing 作り system. 直さなかっただろうね。そしてですキューインね、グシステムとか2018年になると、全世界登録者数が1000万人を1400万人を突破して、2019年には、1600万人を突破と。ありがこっからとうございます。モリモリに増えてってるよね。やっぱSo I'm sorry, this is where we hit 14 million is 2018 August. And then moving on, we reached 16 million players by 2019 May. So thank you so much for all the players that are staying with us. そうして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、なんか2500万人になってるよ。週に。 And moving on, we あー、デ released ブ猫可愛いでしょ。 Shadowbringers in あれ可愛いんだよね、ほんと。 2019, and soon after, we あれはね、ミ surpassed ニオンと18して手に million 入るんだよね、 registered ゲーム内だ players. と。マウン数字トもあるよに関して言うと、課金だけど単純に数字だけをこう見ていくと、そのなんていうの、増えるペースっていうのがばらついてるように見えるのかもしれないんですけど、実は体験したことのある人が増えれば増えるほど、新規が当然減るんですよね。パイが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、母数だからはここまでの数人字に類だからねなってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、開発運営チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR 新しく始める人が増えるコミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてる数字なので、本当にこれはね、誇らしい数字だと思ってます。半年で500万人増えてるの Looking 怖 at い the ね。 numbers, it might seem like there's no real, like nothing of note. Oh yeah, the numbers are just increasing. But if you consider this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers out of, like you would この間 expect 何があ the ったか numbers って to 言われると start ちょっといろいろあ going りす down. ぎた。 But it's interesting that we see more and more players join us even after all these years. We are seeing millions signing up. So, of course, I really want to acknowledge the development team, operations team, but also the marketing and PR teams working with the community to kind of promote the title and get the word out. So I'm very proud of their achievements. そして2021年、去年ですね、12月2日にはですね、全世界累計登録者数が2500万人を突破し、ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、全然まだ上がってってると思うので、で12月7日ですね、すいません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことにはなってしまいましたが、行月のフィナーレを発売して、ハイデリンゾディアーク編完結というところまでこぎつけてこられたなと。And of course, 2021, which is last year, we surpassed 25 million registered players. I did not see yesterday's numbers or like as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards,
I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to release Endwalker, and finally we were able to conclude the overarching story of Heidelin and Zodiark. まあ長かったようで、僕は結構あっという間の11年でした。でも本当にね、世界中のプレイヤーの皆さん、光の選手の皆さん、メディアの皆さんもね、関係各社の皆さんにも本当にものすごくこんなに支えてもらうタイトルは他にないだろうと思うぐらい支えていただいてここまで来れたので、改めて本当に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。私もありがとうございます。And it feels like a long time, but man, these 11 years went by very quickly for me. And all of our warriors of light, our players, members of the media, all of our supporting partner companies as well. There were just so many people that supported us throughout this all. So I do want to take this opportunity to convey my gratitude from the bottom of my heart. So I sincerely thank everybody. はい。まあ、あとは本当ね、開発チームにも、本当に厳しいスケジュールでやってきてて、まあ実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、まあ、本当に頑張ってきてもらいました。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working against a very harsh schedule, and even developing some of our expansion packs. Sometimes we have only about a year or even less than a year to get through all of the tasks that needed to get done. So I really want to show my appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。ここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、まあここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。それをまだまだやるぞと。The trajectory here and the path we've walked down, I think I want to consider this a success from what we had taken and what state it was in when we had first taken on the project and to bring it to where it is now. I'm not ashamed to declare it. It might be a little awkward in the Japanese, but I believe it is a success. And I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past. And so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can take on. というわけで2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、まあ、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。So for the second part of this presentation, as you see, it is entitled Newfound Futures. So I would like to discuss what we are intending to do. まずですね、僕としてはですね、社長からやめろって言われるか、まあ、やめろって言われても抵抗するとは思うんですけど開発チーム運営チームからやめろって言われるか死ぬかぐらいの以外では14をやめる気がなく続けていきますんで、死ぬか社長にやめろと言われない限りはずっと続けたい。And me personally, as Yoshida, unless the CEO says even then I think I'm going to fight him. Or if like the development team, the operations team want to kick me out, or if I, God forbid, die, those are the only extreme cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on Final Fantasy 14. So your continued support will definitely be appreciated. というわけでですね、まず今回その10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことに挑戦していこうと思ってます。なるほど。Of course, with this title, and considering that this game was launched from a Japanese development studio and being able to expand to this global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, my future goal is now looking at 7.0 and leading up to that, what can we do?
コメントが 7.0 って言ったかで大丈夫大丈夫。もうシナリオ会議の1回目やったから合宿やったから7.0 はやるよ。People are already speculating about oh, 7.0 confirmed. Well, I mean, we are already talking about scenario for 7.0. I'm not afraid to say that we do intend on doing a 7.0. まずここに向けてちょっとコンセプトを話をさせてもらいます。まずその一つ目がこちらになります。一人でもみんなでも遊べる RPG さらなる進化をしたい。なるほど。今は確かにマッチングがあるからね、どうして入ってもね。まあこれ具体的にどういうことっていうのそこが私は MMO としては好きな部分だと思うんだけど、一人でも遊べる RPG になりたいってことなのかな。そしてですね、7.0 に向けて、チャレンジとしてですね、こちら、第1次ついにグラフィックスアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。準備開発、ついにグラフィックのアップデートも入るのか。up to 7.0 マッ and プ one of the は challenges 十 that we 分 want to ある程 take 度綺麗だと思うから、そこまでいじんなくていいと思うけど、モデリングかな、キャラクターの。まあ、なんで第一次ってついてるかっていうのも後でねこの項目の掘り下げでちょっとお話ししようと思います。And of course, when we dive into each of these different points, I will touch upon why we are calling this the first graphical update. まあ一応先に言っとくコメントが結構多いんで7.0 で PS4 が遊べなくなるってことはないです。それはないのでお約束しておきます。I do want to clarify though, because I am seeing a lot of ただ comments PS4 は wondering 続 about けてい this. きたいと。This does 今 not でも割と necessarily 軽い mean 方ではあ that る we か are ら、ceasing the support for PS4 as of 7.0. PS4 を So I 限 do 界ま want で to 出し clear 切る that, ぐらい clear の that out スペッ first. クでもいいんじゃないかなって感じはするね。そしてですね、今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.x シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。始めた。急に。 And the third point, 今まであんま出さないの since に we そうい are うの。 here, I would like to take the opportunity to cover what we are いつ planning も to 通り do だから throughout 基 the 本的に。 6.x series as a sort of roadmap. はい、では各項目、詳しくよりお伝えしていこうと思います。はいはい。Diving into the details. 新たなる挑まず戦コンセコンセプト。プトの一つ目ですね。一人でもみんなでも遊べる RPG へ、さらなる進化をしていきますと。So our first concept, an even better RPG, alone or with friends. これ何かというとですね、読んで字のごとくなんですけど、そのファイナルファンタジー14一応ジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。そうだね。So, I mean, it is what it says, of course, but yes, I understand that Final Fantasy XIV as a game genre would be categorized as an MMORPG. そこでですね、僕この11年ファイナルファンタジー14をやってきて、世界中のプレイヤーの皆さんとイベントだったりファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たちと話をしてきました。And of course, throughout the 11 years of doing Final Fantasy XIV, we did various events, gaming events, including Fan Festival, and I had the opportunity to speak with different gamers. そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりそこで出てくる答えっていうのが、なかなかブレイクスルーできないなっていうのがあったりします。なるほど。And of course, I would have my marketing teams perform マーケティング的には market research 多 as well. And this is something we 分、もっ regularly とソロで遊びたいっていうことなんだろうな。 when we start to plan for 14 upcoming で一 expansion 番よく packs. 言われるのは、 With the もっと一人で information 遊び that た we いだからな、 receive, やっぱり。 and there's always like a question that we never seem 私 to はオンラインゲーム find で a ある way こ to とは、 break マッ through. チングでみんなで遊べるところが一番いいと思ってるんだけど。ファイナルファンタジーシリーズ大好きなんだよ。すごいファンなんだ。全部やってるよ。ただし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。そう。ほんとそれはよく言われ So るね、 there's ほん actually と。 two, and でも私はやってくれるんだったらも we う全 see 力で there's サポー a トしたい lot ね、 of そういう players 人たち that は。 love Final Fantasy, and many that claim オン they ラインゲーム played だ all から of や the れないっ Final ていうのは本 Fantasies 当に except よ for く 11 and 言われる。 14, which is 言われ very る言われる。 frustrating.
まあ、11もね、今かなり、アップデートをかけて、かなり大部分ね、ソロで遊べるように快適に、してますが、14はさらにその先へ行きたいと思ってます。なるほど。And of course, we are paying attention to Final Fantasy 11 players as well, and we've made various updates. I think it has become very solo friendly recently, but with Final Fantasy 14, we want to go beyond that. あとはこう、もう一つはですね、オンラインなんだよね。めんどくさい。人と遊ぶの嫌。なんかこう、人間関係作るの嫌っていうのがですね、やっぱりナンバーワンなんですよね。そのプレイをしない理由っていうところで。まあ私はCF でみんなで遊べるのが好きだから、それは、まあ、気持ちはすごくわかるね。でも友達にもそういう人いるから。だからこのね、多分、一人でもみんなでもっていう、どっちでもいいっていうのは多分でかいことかもしれないね。すごく重要かもしれない、これは。だから10年かけて、MMORPG っていうジャンルじゃなくて、一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと、14を。So what I want to do here is すごい壮大なこと言い spend 始め the た next ぞ。 10 years and 一人でもみんなでも遊べる RPG にしたい。 I want this to be なるほど。 an RPG that す can ごい be こと言い始め enjoyed たな。alone or with friends. 10年かけまずなて。ので、7.0 でまでの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。フェイスシステムの大規模アップデート。 So, as a lead up to 7.0 なるほど。 or until that time, we will continue to make updates to the trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までの5つのメジャーパッチで全メインクエストの必須 ID と4人用の透滅線をすべてフェイス対応します。 So as it says here, trust compatibility for all main scenario 透滅線もフェイ dungeons スにな and るのか。 4-player trials to be added in patch 6.1 through 6.5. まあ順次なのでね、パッチ例えば 6.2 とかを見ると中途半端なところまでしか対応されてないとかいうことがある可能性は高いんですけど、あ、なるほど。そういうことそか。れにね怯えているといつまで経ってもできないので全部一気には不可能なので、パッチ 6.1 からじゃなくて完全にあれか。 6.1から6.2申請変換ズレまでの間を次に飛び上がるためにもうどんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。全部をフェイス対応。 And so, of course, these are going to be incremental implementation. And so you might look at, say, patch 2 point something and 6.2. それはやばいな。本当に完璧にソロで遊べるゲームになるの。メインストーリーは。 been なるほ supported ど。 with the trust system そ compatibility. れは But if す we ご are い。 afraid to 特にこれ完璧に make progress 全 and 部 be just in the middle of ソ working ロ as で遊べるよう a にな major る patch よ update, うに we したい won't って be ことな able のか。 to make なるほど。 progress. I think it's impossible to do everything at は once. So we は are trying to それ address は this as そ we れは can, and we're それは looking 急 at this as に a 大規模なこ preparation とした for な。 7.0. And so we would めちゃ like めち to ゃコス ask トか for かるから your すごいかかる understanding かな as と思ってたん we だけどな、こ lay れ。 these うん、いい foundations. かも。その第一弾となるパッチ 6.1 では新生オールゼア編のうち、性能 2.0 2.0。範囲をすべて対応します。いいね。 So the first implementation, patch 6.1, will make a realm なんか多分 reborn, and this is just 新 patch 生あたりで 2.0 range. 脱 And 落 the する人が一番多いと思うんだよ scenarios な、私は。 become trust compatible. パーティープレイが怖いっていう意味ではそこが一番あるんじゃないかなって。一部初期のですねメインクエスト ID とか、透滅線もリニューなるほアルします。ど。うんうん。 And then further improvements will be made to some low-level main scenario dungeons and trials. でちょっと注意なんですけど蒼天の石ガルドに入ってからの8人透滅戦ストーリー上に出てくるあれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけどどうしてもこう 6.1 から 6.5 までの期間では対応しきれないので、8人の透滅戦に関しては 7.0 以降順次対応していくつもりです。はは。 You may see the disclaimers on the bottom, なんか but for the 8-player なんか trials, すごいこと言い especially 始めた those な。 with the
Heaven's Word expansion. I'm afraid we are unable to update it at this time. We tried to calculate all the cost これ and は the ちょっと新 resources 規の that it would 方 take for us に to address all of this なん within か that sort of 難しいチュートリアルを 6.1 させないで timing. 済 But むかもし I'm れない。 afraid we 難しいっていう would be か、 unable to allocate 私がいち the いち resources for it. 教 So えてあげ we る必要がなくな will るかも get しれ to ない it な。 after 7.0. なるほど。 Yeah, these updates will be considered for 7.0 or later. まあもちろん皆さんご存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていう人のための機能なので、はいはいレベリングルーレットだったりね、マッチングっていうところはそのまま継続していくので、そこなるほどはご承知おきください。あくまでもスタンドアローンの Of course, オフライ we ン don't intend オフライン to do away RPG として with 遊べるように regular なるってこ matching となのか。 systems. Your leveling ペ dungeons ース and 採用によっ queue て。 matching in duty finders will still be そ active れが and コンセプ available. トなのね。 These trust compatibility is primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. で、ですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めてやったんですけど、やれることはまあ、やれるね。なんだろう、確ハイデリン証を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるっていうのと、ギミックから調整していかないといけないっていうこと無もあっ理だよな発て、想確かに。まずは数の多い ID から優先させていただいてます。あとはね、8人なんで責任半のかかり方がちょっと減るんで、やっぱり、はいはいはい。まあ、ここは逆にマッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、一旦7.0 以降にさせてください。なるほど。 And of course, with these 8-people trials, まあ、8 8人の方が死 person ぬ battles, 時の we did 気持ちの try 軽 it さは out with 軽い the からね。 Mother Crystal trial, and we were able to see success 4 as, 人で as ヒー like ラ a ー死 test んだらダ phase, メってし but かないけど、 it 基本 did 的に。 require a lot of resources for us to 8人 build だっ it, たら and ヒー then ラー if 1 we 人や were った to ら start 一回やらせられ applying るか that ら system ね。 to existing dungeons, we'd have to よいしょ。 adjust the mechanics so that it would なるほど it would な。 accommodate for the trust system. So at this time, we made the decision to move forward with just the instanced dungeons. And さ with すがにやら an ないだろうなって思ってた 8-person ことを trial, I think や that ります sort って of 言い始め reduces the た、急に。 responsibility per person going into こ the れは match, ちょっ hopefully. と、So びっ we're く hoping り。 that players would still jump into like a duty finder and hopefully get まあ the ね、ずっとどうに enjoyment かしたい out なっ of て matching 思っ up て with はいる random って people. いうの So は分 at かっ this てたけ time, ど。we are unable to address it within the 6.1 through 6.5 period, but we are looking to it for 7.0 or later. でちょっと注意なんですけど、はい。まあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、暁といけんのかなとか、さすがに暁ではないだろうね。イメージがちょっと強いと思うんですけど、ストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそ、じゃあ俺は他のことをやってくるみたいなので、こうみんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。あれまで全部変えるはさすがに無理なので、そうだよね。特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、暁の光のなんだろう、こう光の加護を持っているであろう他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。なるほど、なるほど。And I want to make another point of caution here. Whenever we say trust compatibility, I think the thought that, oh, can we go into this dungeon with members of the Scions or any sort of named NPCs? And some of these story dungeons have key players kind of leaving the scene, like where the Warrior of Light goes into a dungeon and say somebody goes up and say, oh, I'm going to take care of matters over there. We can't have them come back just to join you in the dungeon. So in those cases, especially the earlier dungeons, you will see your trust members as like members from the Adventurers Guild or maybe other people who have the Echo accompany you in these dungeons. ただ、まあキーになるストーリー上のキーになるポイントで、まあこいつはやっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは
シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけおーそれにまあ添えるようにアルフィノとかが来てくれたら嬉しいけどな。もしくはルシファンあたり欲しかったなみか。たいなやつはできる限りそういうシチュエーションはなんとか対応していこうと思ってるので、うんうん。一部ねそれもちょっと変更する部分があるかなとは思います。全部は無理なんで、はい、そこはご了承ください。全部 But は無理だ that けど being ちょっ said, と there はっ are て感じか。 certain なるほど。 key points in the story where we do understand players might have a very strong desire to have particular NPCs accompany you in a dungeon. So in some extreme cases, and not extreme cases, but like some key points, the team will make some adjustments. We may have to change a part of the script so that it'll make sense for the character to join you. An example I can come up with off the top of my head is probably the Nidhogg battle. I'm sure a lot of people would have thought like, oh, it would have been nice to have Estinian join as part of the Trust NPC. So we're considering having that available. So there may be some content that accommodates for certain NPCs to join you. I'm afraid we can't address all of them. We can't make it happen with all of the dungeons. So your understanding on that would be appreciated. そしてですね、ごめんねちょっと長くて、6.1 特集パート1の時にまた詳しくお話ししようと思いますが、新生オルゼアの後半って結構今のレギュレーションと違ってしまってるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってますいろいろ。あ、そうなんだ。それはいい And な。 of course, with the details of 新生平和 6.1, we will have a とルール dedicated が live 強すぎて letter 今 for のレ that, ギュレーシ and ョ I ン will と、 delve into details at that time. But I do want to mention that なんか much of the あれなんだよ content, ね。 especially in the later half of ARR, 昔ってあんまなんかマーカーとかさ、そういうのも含めて統一されてなかったから、 that have been 逆に made. 昔の方がコンテンツ難しいんだよね。トトラクとかの、ドゥんーンってなってヘビースローがかかるヘビーがかかる床とかなくなってます。おおルーンが For なくなるんだ。 example, like when you go into the Thousand Laws of Totorak, and you step on those like poison floors, and all of a sudden you are hit with heavy or slow, we're actually getting rid of that. まあ、あとはちょっと Q14 から申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。And there are also some aesthetical changes that we wanted to make. There were certain areas of the earlier part of FF14 when we were trying to quickly just relaunch as a Realm Reborn. So there were areas where lighting may not have been 100% to what we would have been satisfied with. So we went back in and adjusted those as well. そしてですね、まあ他にもですね、8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなります。なくなる And then one of the first 8-person party battles that you encounter, I believe, is Camp Westwind. And I want to mention that we are doing away with that. 皆さん大ショックを受けておられますね。People are getting shocked. 帝国の盾としてね、武人として身を挺してやってきたね、帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけど正しくは8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、ちゃんとコストをかけてですね、クエストインスタンスバトルとして、生まれ変わりますので。Considering Litatine is like the shield of the Garland Empire. I mean, he's technically not a captain, but like, I mean, he's like a very prominent figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a quest instanced battle that you go in. まあ他にも内閣外閣と呼ばれている8人ダンジョン、あれらもですね、今回すべて4人用 ID に作り直してあります。4人用になるんだ。And then of course, the Praetorium and the Castrum Meridian
Sorry, I Maybe- プラネ can't トリウム pronounce と、 Meridianum, those very long Guardian bases that you need to go. Very long. They were originally あれはな、ほんと 8-person 長いよね。 content, but we are going to be changing it どっちも so やると that 3 these 時間 are かかるからな。 4-person Wow. instanced dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出して、4人用としてシナリオモードを作ってでなるほあど。とラハブレアが憑依したサンクレットさんを8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクエストインスタンスバトルとして作りああ、直してなるほど。インスタンスバトルやるんだ、あれも。 And so your battle with Ultima, ちょっと or the 新生 Ultima 編 weapon, やり will 直したいな。 be changed to a 4-person battle. We are adjusting the scenario ここら辺は分ける mode べ for きだよね、 that. 本当に。 And then where you go in and 分けるべきだったよね。 silently beat up La Habrea, aka Thancred being possessed by La Habrea, is also going to be adjusted so that it's like an instance during a story quest. というわはいはい。けで、まあそんな風にコストもですね、レギュレーション、今のプレイフィールにできるだけ近づけられるように、いろんな改修をしつつですね、パッチ 6.1 から 6.5 にかけて、4.x までの ID ですね、全部対応していこうと思いますので、よろしくお願いします。いやー、これはすごく Yeah, 新 in a 規 nutshell, さ we are んを going さらに増や in す and っていう making か、 many adjustments so that it fits ものすごい人を増やすよつもり and だな。 follows suit better with how the game feels at this time. 本 So 気だな。throughout patch 6.1 through 本気で伸び 6.5, we る will 気 be がある looking な。 at the various content up to the 4.x series, the different instance dungeon to make adjustments. さあ、ではこのセクション以上で次へ行きたいと思います。次、まだ次があるの So か。 moving on to the next section. まだ次があるのか。よいしょ。なんだろう。 2つ目の新しい挑戦ですね。あーこのグラフィックスアップデートかなるほど 6.1 から 6.5 までの期間、まあ、7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、まあ、長期運営やっていく上で第一次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。So our second concept, and 第 again, 一 this 次 is グラフィック going ス to ア be ップデー preparation ト。 that 何を変えるん we だ will ろ be う。 doing throughout patch 6.1 through 6.5, leading up to the launch of 7.0. It is a long-term, or like preparations for long-term operation of the game, and うんうん。 we want to be doing this in the background, but we'll be preparing for our first graphics update. ただ、まあ、なぜ第一次グラフィックスアップデートと言ってるかっていうと、まあ2時も3時もあるんだろう、もしかしたらってことなんですけどなぜかというと、もうここまで11年運営してきてると、そりゃそうだ尋常じゃないリソース、グラフィックスアセット装備がだけで存在してます。何千個あるんだ。So the reason why we named this the first graphical 装備品だけで何 update, 千個もあ and るから that's ね。 of course to imply that そう there なるよ will ね。 probably う a ん second and or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the graphical assets we have produced, it's an insane amount. やっぱり一気に極限まで上げようとすると絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくて、もうデザインチームが無理です絶対できませんっていう答えになってしまうので、まあやれることを一回やって引き上げたら、またその状態で安定が見えたら次のをやってっていう形で、まあ少しずつっていう感じが一番いいよね。その第一回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we attempted to update every single piece of graphical asset or resource that we've put into the game all at the same time, we might run into issues of conversion errors, or it's just physically takes a lot of time to convert everything. And consulting with the graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the sort of まさ the か本 first 当になんか time we start testing some of がっ these つり時間 elements. 取ってやってぜって言うとはな。グレープスでめっちゃ吹いたんだけど
OK グレ I ー saw a comment that says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかねなんか40万ポリゴンとかかけてるとそれこそ940みたいにキャラクター全然表示できねえぞってことになっちゃうのでそうですね。まあちょっとこれから詳しく説明はしますよ。That's hilarious, but like imagine spending so much resources just to get the grapes to be 4K resolution, and imagine spending 400,000 polygons 914みたいなことは繰り返しちゃいけない。We won't have enough グラフィッ resources クを綺麗にする to のはまあ render い our いとして characters on screen. 綺麗にするために But 全 let me go into 部 the 犠牲にするのは details. ちょっと違うからね。そのグラフィックスアップデートは一気に、7.0 での投入を予定してます。So again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0. まあその次期拡張パッケージまでの間っていうのを、まあ、僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追加したりとか、いろんなものを追加していくテスト期間だったりプログラム期間だったりそれに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間というふうにさせてください。So until 7.0, this will be again our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more programs. This is when we're going to be doing our asset conversions, etc. 大変だな。でここが重要なんですけど、あくまでやっぱりマルチプレイのゲームであるっていうのをぜひ覚えておいてほしくて、やっぱり画面全体の美しさ、9番から申請した時に感じていただいたように、やっぱり総合的な美しさ、世界の美しさっていうのを追求していきますよと、コンセプトとしてはね。なるほど。どういう Of 感じ course, なんだ one 具体的に。 key point that we want players to understand is that this is still a multiplayer game. And so we want to strive for the aesthetic quality of the overall picture and looking at the sort of beauty or the element, aesthetically pleasing sort of overall picture. だってこうまさにね発売されたホライゾンのさクオリティでさ動くと思われたら困るわけだよあれで俺たち300人とか描画しなきゃいけないんでいやできはするんだけどみんなの PC 動かないよ。確か And I see games like 生きて Horizon もやった Forbidden ら破綻しちゃい West, けない and か I ら。 don't want to get people to think that we'll raise our graphic quality to that. It's amazing, yes, but imagine having to render 300 different characters on screen at the same time at that quality. And it's not physically impossible, but then I don't think it's going to run on anybody's PC. そこは覚えといてねみんなね。 So please keep that in mind. ホライゾンみたいにはなります。ねなんか勘違いされるのが一番怖い。That's the scariest thing for people to kind of misconstrue. で、当然なんですけどアニメーションとか、まあ、その世界全体画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのも大きく寄与していると思うのでこのあたりもアップデートしていきます。And of course, considering the sort of overall aesthetic, animation is going to be a key element we're looking at. Lighting is another element that we want to adjust as well. まあ、例えばアニメーションに使っている、よくねメモリがって言われますけど、メモリの割り当てをちょっと増やすことによって今までより長尺のエモートモーションが作れるとか、あとまあそのライトの数が増えることで実は潰れていたバックグラウンドのディティールがより見えてきて、リソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。ああ。So what we mean by different updates to animation and lighting systems is, for example, I know people would automatically start talking about, oh yeah, memory issues with animation. So if we revisit some of the allocation of the memory for animation, it might allow us to create emotes with a longer animation loop, or with lighting, they're just having more lights than we had originally set up would allow for details that
would have been sort of washed out or like not visible because of insufficient lighting to kind of show up. And so that will allow for an improvement in the graphical quality without us even having to adjust the elements that are already in the game. まあ重要なところです。はい。スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません。これをですね、皆さん頭にすり込むためにもですね、寝る前に必ず一度復唱していただきたいぐらい。And again, very important point. I want to stress again, the new graphics will not be comparable to those of standalone titles. This is again very important. I want you to remember it. I want you to repeat it before you go to bed. That's how much I want people to remember. まあとはいえやっぱりグラフィックスいろいろ手を入れてパフォーマンスというかね処理はより動作が重くなりはするので 7.0 では最低動作保証スペックの条件が、まあ、変わるのは確定です、はい、ただできるだけ多くのスペックに、ね、対応できるっていうところはこれまでのポリシーでもあるので、捨てずにやっていきたいと思ってます、FGO はね、いろんなスペックのパソコンとか、低スペックのパソコンでもまあ、それなりに動くのがいいところだったからね。申請からのコンセプトとして。To render these graphics properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、この6.x 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。最適化。And I know people are wondering about PlayStation 4 support as of 7.0. I think what's going to happen, and this will probably be done prior to the launch of 7.0, so sometime within the 6.x series, we do want to optimize the PS4 version. 何最適化するのか。で、さらにですね、まあ PC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので重くても綺麗でいいやっていう人はオンにしてもらえばいいんだけど、まあ、オフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。So, and on top of that, there are various graphical configurations that you can set up on the PC version. Like you can customize some of the like display options, and we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly, but still have the graphics performance, then you can select that option, whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until 7.0. Oh. みんなどう思うんだろう。みんなどう思うんだろう。 What people's reaction? すごいリアルになったな、シューラン。俺かと思ったって言ってる。俺かと思う。Some people think, oh, is that me? 超イケメンじゃん。すごい広しだな。そうなんかさ、多分ね、フリレンダ系の。これじゃないよね、多分みんな求めてる。これじゃないかな。I don't think this is what we もう少し落としていいかな。for. This is not what we would desire. なんか疲れた吉田って書かれてる。疲れた吉田。People are saying this looks like a very tired Yoshida. そう、なんか違うでしょ。Yeah, it kind of does feel awkward. まあここまでリアルにはなりません。なるほど。フォトリアル路線ではありません。な So る we ほど。aren't going to be working to make it look this real. これは FF15 っぽい。まあいわゆるフォトリアルを追求していくと
グラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方、多分こっちを求めてはいないと思ってます。分かっててくれてよかった。And some games, of course, their intent is to lean towards that photorealistic depiction, and people tend to lean in this direction. But I think for those who enjoy the aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these graphical updates, we are already starting testing actually, and it's been about a month and a week. なのでその1ヶ月と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと。まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫だよあると 7.0 でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。なるほど。And so we are still very early in our testing status, again, about a month or so testing, but we do have results that we're seeing that is, of course, we're going to aim higher than what we're going to be showing you, but I think it's coming out pretty nicely, and we are relatively confident. So let us show you some of these images. こちらがですね、テスト期間1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですね。いいね。So from first month of testing, so this is one of the samples. これ左が今で、右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めて。で、あとシェーダーを1枚入れてます。わかる。And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the textures high resolution, and we've added a layer of shaders. あと、セルフシャドウって言って、自分の髪の毛の影が顔に落ちたとき、まあその自分のオブジェクトが自分に影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、結構ね、セルフシャドウ実はすごい気になってて、カットシーンとかでも。And one thing that we did pay attention to was the self shadow, or whenever there's like an object that drops a shadow on yourself, especially if you look at the bangs and the shadow it casts underneath it. That was something that I was kind of I wanted to address looking at the cutscenes in the past. 綺麗になっちゃってというか、フォトリアルになってたから、ちょっとあそこまで行くとなーって思ってたので、動作保証このぐらいだと嬉しいな。今一旦お見せできるのはここまで。まあこの上さらにいろんなことをやった上で最適化していって、綺麗になったね、すごく。より高いところは目指していこうかなと思ってます。So of course we do want to strive for even better, but at this time I think from 1 month of testing and making sure that the game itself runs properly, I think this is what we can show at this time. And then we'll continue to test and we'll continue to sort of improve and then apply optimization. 綺麗。まあいわゆるヒロシと呼ばれてる彼でやるとこんな感じです。ヒロシ綺麗になった。Our Derplander. すごい綺麗になった。いいな。で、ちょっとミコッテのサンプルです。ミコッテも綺麗になってる。フリレンダムウィーっぽくなってる。まあ、戦月賞のボケ具合が、まあ、なくなったりですね。髪の毛の柔らかいそのカールの印象とか。目がキラキラやってる。まあ、セルフシャドウがボケてない。超目がキラキラしてる。Of course, you may notice the face paint. The war paint is a lot crisper now. And then, as mentioned earlier, self shadow is nicer. I think it's brings out the softness of her face. まあこれがだいたい1ヶ月目だっていうのをぜひ認識しておいてください。レガディンが。なんかすごいこれあれだ。After testing for about a month. Q14 のフリレンダのオープニングムービーっぽい。いいな。嬉しい。なんか、ちゃんとフリレンダムービーっぽくなってるのが嬉しい。良さそうよね、やっぱりね。みんなのコメント見てると。
すごい嬉しいな、これは。Looking at everybody's comments, it seems like we are めちゃ on め the ちゃ right 分かって track る in ね。terms of like the direction we want to め take ちゃめ it ちゃ分かって to. んじゃん。そうですね。いいじゃん。Yeah, it looks like で so. ラーフェルがね一番難しいんですよ。わかるわ And かる。 the long fill was これ actually 白 quite 魔導士 challenging. してたらもう、時代の主リアルに演のあするとれだね。ころがなくてそうだよ There ね。 no areas really to ラ make ーフェ it ルリアルに quote しちゃいけ unquote ないもん。 realistic, you know. まあでも髪の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばねもちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。なんか、 But I think the hair まあ has いつ definitely も思 gotten ってた more defined, and このなん then か、ム the ービーのグラフィックで プレイできたらな、みたいな気持ちのぐらいまではいけた感じだよね。alive, so to speak, and with あー、オー being プニング able のムービー to 綺麗だなって感じ create, までは I 言っ think てるよ it'll ね。have like it will allowいい the 感じ。 players for a broad range. いいな。そうね、肌の感じをどこまでなんだろう本当にツルツルにするのかララフェルは、こう少しそうは言ってもちゃんと肌っていう感じを出すのかは、結構ね調整が難しいところだとは思ってるので、ただ皆さんが求めてるであろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなと思ってます。このなんか分かってる感はす It's ごい、 still a challenge す to ごい figure と out 思う。 how do we 超分かってる depict と思 the う、これ surface は。 of their skin. Like, do we make it completely like flawless, なんか spotless, or do we 超求 actually め give てる it も some のがバン texture って to 出 make され it た感 look じがして like すごい嬉しいよ、 skin? 私は。 We 楽し want みだな。 to we want to believe that we 2年 understand 後 what か。 the players are looking for, but 早く it 2年 is 経ってほしい。 something that we still 早 need く2年 to 経って kind of ほしい。 explore. まあ、なんて言ったってね11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、そうですね。皆さんが求める方向は理解してるつもりではあります。はい。そうね。But again, we've 11 been 年も寄り添っ with て you た、 guys それはね。 for about 11わか years るよ、 at わ this かる。 time, so we want to believe that we ありがとうございます。 understand what the players are looking for. ですいませんちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、いいなキャラクターサンプルとしては以上になります。またなんだろう途中でねファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。ワクワク。So yeah, because we are still in the early stages of testing, as for character samples, that is all that we have at this time. We're hoping that we can continue to update everybody on the status. Perhaps maybe next time we can do it at like a fan festival モ or ンスターと something かも like 割と that. すぐに綺麗だか改ら、めてですねそのあんまりキャラクタ変えなくていいーまずそ発想だよねのグラフィック。ス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。なるほど。Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in terms of characters. まずですね全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とかそれから今日ちょっとねご紹介できてないですけど装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。So first one would be higher resolution textures, which includes hair, skin, and we weren't able to show any examples today, but we do want to improve the textures of the gear as well. でさらにですねこれはシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、Q14 では入れてたんですけど重すぎて、外してるんですね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今、研究トライしているところです。Q14 ですごい布の表現綺麗だったんだけど、まあ、あれはめちゃくちゃ重かったんだよね。多分あれのせいだよね、重かったのはすごく。Of course, skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy 14, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was
too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make fabric a bit more, well, smoother and more fabric-like. And we're still kind of researching and trying out various methods. そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな、俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。それを一番注意してくれたら嬉しいよね。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my character's become pretty. で注意点が2つあって、はい、まず1つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。まあだろうね。So 2 points of caution. The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but you know, there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player characters. And considering we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing. なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部用意するつもりです。So any gear that is implemented from 7.0 will have gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りこうプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をして、またパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのも新しい仕様に少しずつこう対応していけるようにっていうふうに思ってますので、ちょっと数年がかりで全体が上がっていくことにはなるかと思いますが、よろしくお願いします。分かった。But we understand that there are certain glamours that people なんていうか use ひたすら often, 歩 so み we 続 want け to るっ look て at those い and う try to と get ころ those に done 重きを置くよね。with a higher priority in terms of like which い to いこ get とだと思うよ、 to. 私は。And throughout the 7.x series is when we will address the rest of 火を the 積み続けるん previous だな。equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. あと NPC です。今回ね、プレイヤーのキャラクターみんなクオリティアップするじゃん、バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、7.0 までには。The other thing are the NPCs. I know we talked about updating the player characters and the graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by 7.0. 申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とまだなんて順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、それも許していただけると助かります。文章コードテクスチャとかちょっとなんとかしてあげた方がいいと思うな。 You 私 may は start seeing できるだけ NPCs 早 that めに。have gone through the graphical updates and those that have not gone through the 逆に変えなくていいよ、発想かなってものはグラハと understanding か。 would be appreciated. これをね全部やれっていうと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、まあ常に頑張り続けるしかないと。承認していかないといつまでたってもできないと思ってるので、ちょっと許していただけると。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。なるほどね。And if I were to tell my team that, okay, we need to do everything, then
people are just gonna throw in the towel and be like, no, this is impossible. ミルビルド So はまだ後でいい I'm 感 afraid じ there かも will しれ be ない。 times at which not all of the NPCs will have gone through their graphical updates, and it might look a little disoriented or disjointed. テンション But 校と if I don't か、 allow あ for れ that to かな。 happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for あと going 誰 through だろう that, that な。 would be 特別 appreciated. Like テクスチャちょっとどうにか Ingrid してあげた方 might がいいんじゃないっ not ていう get の his は。 graphical update as quickly as maybe like the Sultana, but テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよ。ただですね、残念なんとテレジアデレジってプレイヤーのなんだろうキャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。勝手に香り、クオリティが上 some がって people しまう。 are asking, oh, but what about Naruhodo. telegy, adelegy? And I realize his expression is part of the parts that you can select when you're creating your プレイヤーと character. 同じ So キャラメイクで because 作 we're られてる updating the NPC は player わかるの character か。 facial parts, telegy, adelegy is going to have his graphical updates already. So he may be an exception to those NPCs. まあというわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的なるほどねにそうなるんですけど、まあシュファンとかかな。さんとかはね、やった方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ精査まではしきれてないので、ちょっとそういう状態が出るとは思うんですけど、よろしくお願いします。なるほど。 So yeah, any characters that are built based on facial parts or body parts that are available for players to utilize will probably be updated simultaneously with like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at. Maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. うんうん。でまあちょっと今日お見せしたのは繰り返しになりますが、テストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですねテスト続行していきます。いずれ装備とかも、ね、なんかもう今の状態でも割と私は嬉しいけどな。と思ってます。うん。 But yeah, again, what we showed you was only about a month or so of testing. So we're hoping to provide you with more updates as they come in. Perhaps the other races, perhaps we can provide you an update with gear, etc. in the not so far future. で、そうだな。あとは結構コメントであったんですけど、装備の干渉なんとかしてほしいって、あれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて、計算でかわすしかないんですけど、それをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うので、あとやっぱり装備の干渉を許可してる僕が、もういいとこれ割り切ってくれって言ってるから、今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので、努力はしますが、根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、そこはすいませんご了承ください。はいはい。 And I'm also seeing comments about can you do something about like gear or equipment or like player characters like body parts interfering with the graphics of gear, equipped gear. And I'm afraid that is something that we cannot address fully. We would have to put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to kind of not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the pace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are unable to address it fully to match something that of a like a standalone game. Sorry. さあでは次はですね、ちょっと BG、マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。マップも変えるんだ。Okay, we have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純に、テクスチャーとかに何も手を入れずに、配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。So this first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces.
配置ライト数をですね、複数増やすとこんな感じになります。なるほど。So we just added a few more lights in a particular scene, and what you see is in the right side で of も the 確か image. に上のやつからライト光がですね、源が増えてる遠くにっていうのは、左側ね、1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは、手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。So if you look at the one on the left, we were only able to place one light source in the scene, but in the picture on the right, we were able to place multiple lights to give it a more realistic look. ライティングが And 変わる as だ you け can で see, 割 the と desk 雰囲気 is は now 変わる casting な。 a shadow. まあ当然分かりやすく上の方にライトこっちの方がちょっとプリさらに1レンダム個追加されてるのっぽさはで、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、まあ、しっかり見えてくるようになるので、これね多分プレイじっくり見ていないとというか受ける雰囲気が変わるので、これによって。うんうん。And of course, I think one of the key changes that you can see is because we were able to place a light directly on top, you're able to see some of the details that would have been kind of hidden behind a shadow. And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of give you a better impression of some of the atmosphere in some of these locations. でさらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。ティターニア。 Next, you see Titania 横に in her 横 current に in 血がいる their 横 current にだ state. な。でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows appear. まあ影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになると思います。So this is where we tested the texture as well as the calculation formula behind how we're displaying the shadow underneath Titania. And we believe that we are able to improve the quality and the resolution up to what you see on the right image. さらにですね、これ複数ライトも置いてみてるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトさらにカラー変えたりしていくことで、右のようにね、かなり複雑なライティングの絵作りっていうのができていくようになります。これはあれだよね、なん And か、 as you can リ see, ターントゥイバリ we ス have の multiple lights ライト also の again 使い in 方 this を updated なん picture, か、 and then よ plus we り put 高 some 度に使 colored っていた lighting. 感じだよね。 So the background is exactly the same, and it was actually quite intricately built, but by having these 確かに絵がだい different ぶ変わっ sort て of くる lighting ね。これを available 見 to ると。 shine on it, you can see the あと影 complex は本当に details 綺麗にな that ってる was な。 part of the structure. この綺麗さをなんか見てから左このっち見るとティターニアちょっとあれだな。のストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、はい、実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。たなるほだど。開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、なるほど。デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。デモ用ですね。はい。わかりました。One thing I do want to clarify because somebody pointed out they liked the look of the original Titania where it has that sort of mood with all the muted colors. Yoshida I want to point out that this is the developers actually brought to me an example of what improved graphics would look like with that stayed within the color palette of the original picture, but that's very much in the developer's perspective, and I wouldn't be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer to intentionally place red lights, something that's more obvious, just to show an example. So don't worry, this is not what we're trying to do. We're not trying to like destroy the atmosphere. The designer was very mindful about keeping the tone of the story, but I wanted a more like overt example. So just wanted to clarify that. でここでちょっとね特に注目してほしいのが
画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど。And one part that I do want to point out, if you look at the upper part of the image, where the stained glass is, これ左と右、マップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。So just reiterating that we have not changed any of the polygons that are in the map layout. We did not improve any of the textures here. なのでライトを変える、複数置けるようになるだけで、実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。左は全部影で潰れてるんですけど、もともとちゃんと凹凸ある。今ね、グラフィックのアップデートについての話を聞いてます。And so this is what I'm trying to show with this image is that by being able to place multiple lights in a scene, we are able to showcase the details that our background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see these sort of like tiered sort of molding on top. And the picture on the left, it makes it unnoticeable because it's kind of drowned in the shadows. So by being able to place multiple lights, we're able to accentuate those details that our background team has put into the structure. ちなみにバックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。So when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. よかった。さあで次はですね、こちらは金属表現をその質感を上げますというサンプルになります。So next sample we want to show you is how we depict like the texture of the metal. こちらもですね、デザイナーの趣味というよりはですね、悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるので、それをご承知おきください。And of course, this again is supposed to be an example, and so I asked my designer to make it very gaudy at this point. So please understand, it is not necessarily the designer's choice. キラキラにできるんだ。もともとやりたかったけど、シェーダーがなくてできなかったので、まあこれぐらいゴールドをちゃんとやっていきますよと。これはすごい金だね、ちゃんと。So up until now, we didn't have the proper shaders to apply, but we would love to improve the look of metallic surfaces. For example, gold here. これはすごいゴールデンできてるよね。すごいですよね。コメントで吉田の家じゃんって書いてあるんだけど、知らない。こんなんだともう仕事してないわ。People are saying, "Oh, is this Yoshida's house?" And I was like, "No, if I were that rich, I wouldn't be working." 仕事してないし。今まで我々は左を金だと信じてまいりましたけども、なんかもうブラスにしか見えないですよね。Actually, we trust your left side screen is gold. ブラスにしか見えなかった人なんだ。 Only see 金が。 brass. 元の金が。のもこれが金融だったら勝負者になる。質感強化っていうのもやっていきます。まあこれはね、とても分かりやすい例じゃないかなと思います。あくまでもサラリーマンだからね。Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね、続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですね、より多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. で、それがですね、今回このぐらいまではいけるだろうと。And with testing, we are seeing that we could possibly place more objects like these.
これはすごい変わ左と比べてですね、やっぱまず注目点としてはその1枚のループで作られてたその階段状になってる部分っていうのが、それぞれ素材違いをしかもこう組み合わせで、ずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかより出せていける。このあたりはね実はすごく大きいと思います。And so in the left, you may notice that it's just a repeat layered on like a めちゃめちゃ綺麗になっ repeat てる layered な。 on 綺麗 top っ of ていう each か、なん other. て言うんだろ But う。 in the updated graphics, you 世 can 界って see 感じになっ that てる。 we are able to place これはいいな。 objects not exactly like on top of each other, but like you can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic もと depiction もとでも of 旅行だなっ the て感 area じはして has た been け in ど。 use. なるほど So な。 this is actually quite it helps with like the immersion. マップでの細かさがさらに上がるんだ。床ですね、実は。床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね、床のこうひび割れだったり、細かい、石ころとかが増えメモてるよね。リがないのでなんか巨大な床を一枚貼ってどうにかところなんですけど、そこをさらにこう右側の画像のほら、左下のあたりとかなんか、ちょっ And then と the 石こ floor ろの or テ the クスチャーが ground 追加されてて、 with the graphical update would be able to いい add 感じになんか another layer 地 on 面が top to give it more texture 地面が and 統 kind 一 of 感が blend な it くなって in. るっていう So の。 like cracks in the ground. どこ行っても同じよう Previously, we に wouldn't な have テク enough スチャーが memory, 基本的に so 続い we てた would けど、 just have to 左の方 place は one。giant floor and deal with it. But with the graphical updates, I think we'll be able to improve on the texture quality as well. そしてですね、続いてがちょっと BG でお知らせする最後になるんですが、BD 最後。Next is, I believe, the last set of samples that I've seen for the background elements. こちらです。我々開発チーム最大の敵、自動化最大の敵。最大の敵来 So た。 this is one of our pet peeves, arch nemesis, I should say. These are like these automatically generated grass. よこれはでくすね、敵とカッ言ってるやん。トシーンのチェックをやってるとですね、割り込んでくるんですよ。自動で生やされるんで。多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど、僕がチェックする時は生えててですね、このジャギジャギがすごい入ってくるんですよ、カメラに。ジャギジャギが。 And this is so it takes away わ from かるわ。これね、 cutscenes ほん when と、 it ない when と、 it barges in. ない I'm と sure あれ when だし、 the あっ cutscene た team ら is なんか、 creating the ちょっと composition, 低 they don't 低 see クオ the リティだ grass なってな because る it's し just ね。わかる automatically わかる。 generated after the fact. But sometimes it's わかる like わかる。 so う close ん。 up and it's so あのブドウ pixelated. は And 買え the な、買えないって言って pixelation た。 is it あれにポリ bothered ゴン me を very 使って much. たらちょっと、今回もね、実はちょっと裏話ですけど、やばいことになるかなって言ってた。まあ、エルピスで、うん。ヘルメスあのブドウには、メーティオンにせがまれて、もうエルピスの花をちょっと今変わってるから、すでに。シーン夜空でね、あるじゃん。あそこまででが限界って言ってた。うん。仮面を外す、あそこがですね、何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよ。で、頭にきたんで、もう BG 班に頼んで、この辺もう草生やさない設定にしてくれって。あ、なるほど。除草剤を撒いてしまったんですね。So one behind the scenes すでに改善 comment さ I れてんだ wanted よ to ね、アッ make プデートで。 when I う was ん。 looking at the cutscene in この Elpis, 間、sorry 1 spoilers, 月 but の、1月 Hermes の十 when 何 he's 日ぐ talking らいのア to ップデートで。 Meteon about, oh, I want to show you the flowers in Elpis, and he removes his mask, and the grass automatically generates. And it gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the ground? で、それがですね、今まだあー、設置中ですが、綺麗になっこんなた。感じになります。すんごい綺麗になった。 But that will め be ちゃめちゃ綺麗になってる updated じゃん、なん quickly. か。うん。 Again, we're still testing, but this is a 逆 sample に in 違和 what 感 we've があ already るな、なん created. かこれ。すで、まあ種類もね、んごい違和感を覚えるんだけど。持てるようになるので、うん。逆に。これね、草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか、全く今のままなんですけど、まあ、こんなに変わるっすよね。変わりすぎ。 So, and plus, 全然 we 違う are な、 able 本当だよ。 to generate a variation もうなんかこ of こまで different 来ると別 grass ゲーやってる気持 or ちになりそうだ plants. な、なん And か。 so,
while we haven't added or modified anything in the background, like the trees and the field in the background have not been modified, the look of it is different because of how we can process these automated grass. これはこういうのをこれから2年でガンガンやっていきたいねっていう感じらしい。行月まで全てのマップで。ああ、もう申請から行月全部変わるんだ。ここら辺の。And for this update, we will be replacing the system that generates these grass このね、FF15 が出た時代って PS3 だったんだよね。throughout all of the areas from そうそう、太陽ハードに PS3 があったんですよ。14って。さあ、では、だからまあ、実はね、まだこんなのあるんですけど、できなかったんだけど、ちょっとどん普通はな表現、バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしていきます。根本から変えていく We've done 感じなん various だね、やっ other ぱり。 testings in 10 terms of 年見 background 据えて。 elements, but allow me to summarize again. まずすごい先ほどなサンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、質感、凹凸表現ね、雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, and immersion. そしてですね、影の高解像度化、影のテクスチャーを高解像度にすることでですね、ちらつかなくなったりですね、影がよりメリハリが効くようになります。And then higher resolution shadows, and so ちな we'll み be に improving こんな感じになるみたい the よ。キャラクターモデリン texture グの of 方は。 the shadow and how it's depicted, so キャラ that クターは、なんか、ハイレゾとシェーダー対応ですごく綺麗になったね。 flickering. なんか、ちょっと嘆きキャラのイメージを崩さずにすごくいい感じになってると思います。実はうん。雰囲気を宇宙空間にするために、ライトの距離をすごい遠くして、すんごいなんて言うんだろう。暗さをこう締めめちゃめちゃ毛穴とかまで、乗車してたやつもそうするとテストで作ったんだけど、これは絶対違うねっていう、解像度が低い14プレイヤーが求めてるのは絶対これじゃないよねっていう話になって、雰囲気を優なん先したんで、か、こういう形の綺麗な感じになるみたいで、すごい私嬉しいんだよね、ちょっ影が出と。てくるようになると思います。いやー、すごいキャラのイメージを崩れない感じでアップデートされるみたいで楽しみです。We were trying to depict or make it seem like you're in outer space and make sure that the lighting had been placed in ラ a ラの very キャラ、そう distant なるのは絶対 location 違 so うよ that ね we って。emphasize that sort of 話が darkness that 出てき surrounds て。 you. うん Because of that, 14の whenever グラフィ you're ック on は the moon, グラフィッ your クは sort そう of じゃないよ the ねって。 shadow うん gets 話をして very, た。 very long, but because the shadow textures were not optimal, you would see frequent areas that would cause the shadows to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're hoping to improve so that those shadows would come out a lot crisper. そして質感表現の向上です。これもシェーダーでですね、金属とか金属の表現は本当に綺麗になったね、今の。マップの。And then, of course, improve textures, レーダーも入るらしい which か includes ら、 metals, より綺麗になる fabrics, だろ and う we're ね。 also trying to consider what other elements can we improve. そして最後にご覧いただいた自動配置自動配置植物の強化高解像度にしたりですね、あと植生をね、ああ、フォグ種類を増やしたりとかも強化するつもりなんだ。Lastly, more and better auto-generated パフォーマンスを見ながらギリギリまで which 声を is 発せま increased す。はい resolution, はい。 variety, and etc. で画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったり、ウイカさんこんにちはフォグいわゆる霧をこう重ねるみたいな、それをフォグって呼ぶんですけど、これらに関しては今テストをしてるんですけど、まだちょっとサンプルをお見せできない状態です。And we're also considering 何がすごいっ other てさ、 effects or filters 何がすごいっ that て would まだこ apply れ to 作り始めてから1ヶ月なん the だよね、 overall 全部。 screen, including ambient occlusion まだテス and トしてから1 fog ヶ月しか effects. 経ってないか Now, ら、 those より are もっ still と being すごくなるって tested, ことなん but だ we よね、こ couldn't れ。 produce results that we よりパ can フォーマンス present が at this 良く time. なって、めちゃくちゃパフォーマンスが良くなってっていうめちゃかく、ちゃクオリティパフォーマンスが悪くならないように画面全体にってパフォーマンスのいう影響を与えるもことを考のなので、えつつ慎重にもテス、トまをしてだまだ上げていくつもりらしいからしっかりこれだったら大丈夫だろう。そのうん
皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても、そうそう。あとオプションでねちょっと切ることで軽くできるとかっていうそこを考えてるのがすごいよね。ここまでやれますよっていうのをちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまではいけないので、ただこれらも強化はしていきますので、また続報をねお待ちいただければと思います。ワクワク。パソコン買い替えないで済むっていうのがいいよね。買い替えないで済むっていうか、ある程度、なんていうんだろう、めちゃめちゃ高い PC 買わなくてもいいっていうのは、やっぱいいと思う、そこは。グラフィックスが上がるってなるとさ、やっぱり、最低なんていうんだろう、最低保障みたいなパソコンが必要っていうのはあるんだろうけど、そこら辺考えてるのはやっぱいいよねって。update their PC そう。to an extreme, or be able to provide an option to shut it off 楽 if し you みだ want な。 to optimize your performance. そう。 So I'm afraid we're not そういう able のやないみ to たい show で、 you さすがに。 anything as of like a month or so PS4 もまだ of ま testing, だ but 動 we're かす hoping つもりら to しいし、 bring you updates further 全 down 然。 the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. PS4 のグラフィックスオプションを増やして、あれするみたいよ。まだまだ落としたりとか、重くてもいいからまだ動かすよとか、そういうことも可能らしいから、 So in terms of the graphical そこら辺 updates も and the 含めて preparations that PS4 も we're ま making だまだ for it, 頑張ってもら I う think つもりらしい。 is all that I have for today's presentation. さあでは続いて、3つ目なんですはいはいが、まだやるのか引き続き多くのアップデートをこれまでと変わらずですね、適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。なるほど。So yeah, we will continue to provide 引き regular 続き多くのア updates ップデート on を an 適切なス appropriate ケジュールでお schedule. 届け。せっかくの機会ということでですね、はいちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしていこうと思います。ワクワク。 So I would like to share information that we そうね、 are, PS5 we が know that 普 we're, 及してたら、またこれもなんか PS4 切りますとかやってたかもしれない 6.1 through けど、 6.5. そういうわけでもないからね、今まずパまだ。ッチ 6.1 なんですけど、こちらね、あリリースの CD ブランド読み切れないと思うんですけど、皆さん、4月には出します。はい。ヒルディ作るのか。ヒルデ So 6.1ィ帰ってくるのか。 series. I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at クエ April ストも at 楽 this しみ time. だな。どうなるんだろうね。当然ですが、メイン新しいの。クエストのアップデートっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。はいはい。 Of course, part of ト this タルの updates 大 will 繁盛商店。 include the サブ updates クエ to ス the ト main 何これ。 scenario. We will have a new story 何の with サブ each クエ。 patch installment. そしてですね、全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、帰ってくる始まります。やつが。 Of course, we've heard many people ask for him to come back. This gentleman extraordinaire, Mr. Hildebrand, will be making his return. タタルさんの新しいサブクエストシリーズとしてですね、タタルの大繁盛商店というのが、連続として始まります。And then, of course, a new series of side quests 英 named 服くれる Tatar's お店 Grand か。 Endeavor. ちなみにヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブラン国トで決戦ノルブラントに出てきたよね。エリリブスによって召の。喚された中にいましたね。確率でたまに出てくるんでね、あいつID の中に、あそこですね、最後に目撃されてるのは。I believe the last Hildebrand, last time Hildebrand あれも was ちょっ seen と面白か was ったよね、 in 実際 patch としては。 5.3, the Hero's Gauntlet. And this is a random occurrence, so you may or may not have seen him. But when you are doing your Warrior of Light battle, he is one of the people that is summoned. さあどんな冒険とかね珍道中になるのかぜひ楽しみにお待ちください。But yeah, we hope you enjoy whatever odd 透滅 adventures 戦 that he 形 gets 式のやつは何 into. があるんだろうね。まあどんどんいきます。パッチ 6.1 まだまだあってですね、アライアンスレイド満足ミソロジー・オブ・クエストはエオルゼア12時にあまつわるかる物語ですね、現スタートしアルティメます。ットの破壊作戦。 Continuing Ultimate with patch 6.1 updates, we Game will have Ultimate Alliance Ultimate Raid, Myths of the Realm,
part 1 implemented. This is going to delve into or touch upon the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのが、スタートして蛮族クエストアルカソーダラ続編があって、ゼツは本当お待たせしました、レイド大好き勢、ついにゼツが来ますね。本当お待たせしたんですが最新ゼアルツティメットダリリースします。ーティ。And so next is a new PvP, the Crystalline Conflict. We will have a new Beast Tribe quest, or like a new tribal quest, Arkasodara tribe quest in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. 蛮族クゲエストームはねアルテレベル上げマにたけど。ないりますが、もうバランスチェックも終わっていて、結構むずいですよ。結構むずい。And of course, we will finally be reopening the Unreal battles. ゼツを Ultima 結 Spain 構 will む be ずいレベルで済ましちゃいけないでし what's ょ。coming 言葉として。 for the next battle. We are currently testing this out, but it's quite あんな、challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけど、レベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定難易度させたら、高くやるとはやっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでした。Of course, when we first designed the Ultima Weapon fight, it was done in a rush. And then by now, I think people have raised their item level. So even if you take damage, it's not as bad. But with the Unreal battles, we have adjusted the boss fight so that it matches that of a level 90 player. So, and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなっていうコメントがあって、確かにそうだね。ちょっと考え直すと、そろそろメモっといてもらっていいかしら。友人クエストでいいんじゃないかなって思うんだけどな、蛮族じゃなくて。There was a comment about the Beast Tribe quest, and it seems to not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say それは私もずっ tribe と思ってて。 quest, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. 蛮族ってあれだからね、別種だから、そして絶なんですけど正確に言うと。めっちゃ調整続いてるんですけど、多分一番難しい別と思うんで用語じゃないかったら獣人なんだけど、獣人クエストっていうとなんか、And I want to backtrack 今 a まで little は bit 結 to 構蛮族として the 書かれがちだっ ultimate たから duty, な the new ってい ultimate う。 duty, and we're balancing 上月で right 帝国 now がな and くなっちゃっ making たから、 adjustments, 漆 but 黒から。 it's quite difficult. 漆黒から両月で帝国がなくなったから、蛮族っていう呼び方もちょっと適切ではなくなったしなっていう部分もあるし。It's going to again be challenging. わだかまりも上じゃなくなりつつあるのに、蛮族って呼び方もなって思うね、 I'm 確 sorry. かに。Ultimate would be not 6.1 but 6.11, so it might it's probably not at the same time as the major patch. メインシナリオをやったり、ハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出す予定かな。なるほど。We are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing. So I'm sure people will want to sign up for like housing plots. So we're going to wait 2 weeks after the launch of the major patch and then release the ultimate duty. まだまだあってですね、6.1、さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェイスタイル 2.0 半やって、それ以外ラスガルの新髪型のやったー、嬉しい。いろいろやってます。アメリアンス。 So お得意 continuing 様 on に with な the るんだ。 6.1 series updates, そうだ、透 so 滅戦なんだ the か main quest, sorry, the あ trust れか system な for a realm ファイナ born ル、 patch フ 2.0 ァイ main ナルでいい scenario dungeons. あれかな。そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装キャラクターカードが、来たねドーンと始まります。なんか、エイペックスみたいなキャラ And クター then カードが a できる new んだって。 calling card style Player UI. So this is going to be a new reward type system あ that れ we が plan 楽し、それ to 楽しみ start だよね、ちょっと。 implementing. この辺の詳しい内容はね、3月4日からの
またパッチ 6.1 特集パート1、パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガルの、新髪型対応がスタートとなります。So for this calling card style UI, this is something that we'll cover in our next two live letters. There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. So next item would be new hairstyles for Frothgar. Thank you so much for your patience on this. そしてハウジング、石屋ガールドハウジングが開き、お得意様取引はなんとアルフィナ・アリゼのお母様であるアメリアンス編となります。The next two items is the opening of Imperium or Ishgard housing, and then custom deliveries. You get to meet with Alphino and Alizé's mom, Amelians. 新 PVP はいつですか、またちょっと PLL で詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。6.15 か。We had a question about when is the new PvP going to go live. Again, we'll cover this in the upcoming other PLLs, but we are looking at 6.15 timing for that. それ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、透滅戦名前言えないですけど、ありますんで、ぜひ。名前言えないですけど。ここまでが6.1 のざっくり概要です。はい。わかるけどさ。And of course, new trials, we can't say what, but other assorted updates are 僕 planned 主 for 演の the 戦いどんな 6.1 感じなんだ series. ろうな。そして続いて 6.2 ですが、こんな感じになってて、一6.2番の注目はやっぱりお知らせしていた、無人島開拓が6.2からスタートになります。なるほど。So next up is the 6.2 series. This is one of the large, like the anticipated content, I believe, is the Island Sanctuary. That's when we're going to start opening this up. 昨日全体を一通りチェックしましたけど、めちゃくちゃでかいんで規模。だいぶね、組み上がってるんで、もう。難易度可変ダンジョンって何1から4 I 人 had the opportunity to check the overall sort of content yesterday, and it's quite large scale, but I think it's coming along nicely. またちょっと今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なる外だけで完結できる遊びになってますし。ゆっくり本当にゆるくやれるので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。So I'm afraid we don't have the time to cover it today, but we will take the time at another opportunity so that we can explain the details of this. But it is going to be a different sort of area that you can enjoy, and it's a very self-contained sort of content that you can enjoy. で2.x 残り新生オルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。あとは武器強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。So going back to the earlier bullet points, we will be applying the trust system for the 2.x being scenario dungeons, maybe partially into Heavensward. It says here. そうだ、もうね、多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もね、6.1 から第1弾始まるんで、言っときます、そういうの。We also want to mention we will be expanding on glamours. Glamour ミラプリのごめんなさい、ミラプリはグラマープリズムの方で言えない感じですか。第1弾は、プレート増やすをやっていく、まず第1弾。まずプレート。So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as part of the first glamour related updates in 6.1 series. ちょっと全部書ききれないけど、いつもの討伐透滅戦のノーマルと極があるとかいうのは、いつも通りやっていくので、その辺は書かれてなくてもあると思ってもらえると助かります。And of course, we will have whatever content that you can expect in a patch update, so like new trials, etc. It's not written here because we couldn't fit it all in the slides, but yes. 収納数増やすトライもしてるから、ごっそりどっかのタイミングで増やします。
And we're also looking at like how to expand upon like the number of sets stored. So we're hoping to find an opportunity to do that update, like not an overhaul, but like an update on that as well. そしてですね、さりげなく書かれてる新しいこの 6.2 から新しいバトルコンテンツ、タイプが全くこれまでと違うコンテンツを今開発中です。And then the fourth bullet point, it's just kind of snuck in there as part of like the updates, but it's a new thing that we're trying to do. プレイが一番気になるよ、 It's 私 a は。 dungeon with variable 全く difficulty. 予定なか難易度可ったやつだよ変ね。ダンジョンって今開発コードネームなんですけど、1人から4人でチャレンジできて、1人で行く、2人で行く、3人で行く、4人で行くっていうので、自動的にそれに合わせて難易度がコントロールされるっていうチャレンジ型のコンテンツになります。なるほど。And so the code name that we're using here is like Criterion Dungeons. But so you can attempt this with 1 to 4 people. And what makes it variable is that if you go in, depending on the number of people you go in with, so 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, the difficulty sort of varies. It will automatically scale. So it's like a content where players can sort of challenge themselves. まあこちらも組み上がってはきてるんですけど、まだ調整いろいろチェックやってたりするんで、まあ 6.2 に近づいてきたらしっかり特集していきたいと思います。わかりました。It is coming along nicely, but and we're still performing checks on the content. So please stay tuned for new information as they become available when we can talk about 6.2. そして 6.3 になるとですね、メインクエストの ID フェイス対応が争点編をここで完了させる予定です。And then moving into 6.3, so Deep Dungeon we continue 来るんだ。 to add more trust NPCs. We should be able やったー。 to address the remaining で、Deep Dungeon 来るん main だ。 scenario instanced なるほど。 dungeons in Heavensward. でかいのはですね、世界中からですね、ディープダンジョンシリーズの新しいのがやりたいという、お声をたくさん頂戴していたので、今、ディープダンジョンも来るんだ。企画をやっている最中です。6.3 で、ディープダンジョンシリーズの第3弾実装予定です。いろいろ盛りだくさんだ And な。 then players from around the world had asked about when do we get a new deep dungeon. And so we are in the planning phases at this time. We're hoping to launch the third in the series of deep dungeons at 6.3 series timing. そしてですね、すでに、開発スタートして進んでるんですが、Z シリーズの第5弾を、6.3 でリリース予定です。And then we are already starting to make plans for this, but we do intend on adding one more ultimate duty. So this will be the 5th one in the series. そしてですね、6.2 でリリースされた、無人島開拓のアップデートももちろん行っていきます。And then, of course, because we will be opening up the island sanctuary as of 6.2, at 6.3 series timing, we will continue to update it. でまあ、4と5はちょっとパッチ 6.4 と5はまとめてのご紹介になっちゃいますが、この4と5でグレーン編のメインクエスト ID のフェイス対応を全部終わらせて、まあ、これで、ストーリー上に登場する ID は、全部対応が終わる予定です。なるほど。And then next page covers both 6.4 and 6.5 series. But by this time, we aim to complete the trust system implementation into all of the Stormblood main scenario dungeon series. And so that should get through all of Stormblood. で難易度可変ダンジョンと呼んでる新しいバトルコンテンツシリーズの第2弾とか第3弾も入れていきますし、無人島開拓の開拓エリアを追加したりっていう予定ももう当然ね、我々長期計画で進んでるので予定されてます。And then, of course, our Criterion dungeons will see an update. We should have numbers 2 and 3 implemented. And then for Island Sanctuary, at this time we want to expand upon the area, so an additional area. でですね、例えば青魔同士のレベルキャップをどのタイミングにする、解放どのタイミングにするのとか、そういう
状況を見ながら調整しているものに関してはどうしてもまだ言えないので、それらもちゃんとどっかのタイミングでやっていきますんで、またそれぞれでですねパッチのこう特集をお待ちいただければ楽しみにしてやよ。らないとかいうわけじゃないんで、ここに書かれてないものはね、まだはーい。詰め切れてないものはちょっと言えないのでさすがにまあこの辺りはもう全部確定しているのでお知らせしております。なるほどね。I'm sure some of you might be wondering about, okay, when is the next time the Blue Mage is going to have their level cap increased? And some of these items, we need to monitor the situation. And so I'm afraid we aren't able to determine exactly when this is going to happen, but we do intend on doing it. We will share more information when we are going to do like a patch specific like updates live stream. Please note that even if it's not written in the document, it doesn't mean that we're not going to do it. So yeah, there might be information that we're still in the planning phases and we weren't able to solidify at this time. So we will continue to look at the various existing content and provide updates when we can. まあなんかパッチ情報を出すとみんな細かいところあれはどうこれはどうってやっぱなっちゃうね。まあ皆さんが思ってることは基本的にやってるんで大丈夫ですよ。I see that people in the comments are talking about various granular areas of patch updates, and I think it's safe to say that things that we know people are expecting in a regular update will more than likely be included. So I want to make sure that yeah, don't be worried. まあアルカスソーダラの次のはどうなるの、種族ってどうなるのとかもう全部決まってます。ちゃんとマイパッチやっていくので、まああれかなこれかなって思いながら待っていただけると嬉しいです。And the tribal quest beyond Arkasodara is, I'm sure, a mystery, but we have a plan. We do have like which group to focus in on, and we do want to have content available per each of the patch. So it'd be great if you could wait, or not wait, but like speculate, kind of imagine which tribe will we be focusing in on. あとゴールドソーサーも予定してるんですけど、4になるか5になるかまだ決まってないんでちょっと待ってください。なるほど。And we do intend on making Gold Saucer updates, but we still haven't determined if it's going to be 6.4 or 6.5, so that's why we're not mentioning it at this time. さあというわけでまあまあ変わらずですね、もりもりでやっていきますよというお知らせでした。But yeah, just wanted to go through all of these roadmaps just so that we know that we plan to continue providing very hefty updates. ただですね、一個皆さんにこれを踏まえてですね、ちょっとお知らせをさせてください。メジャーパッチサイクル。But with that being 時間 said, 伸びるのかなもしか allow し me て。 to make one announcement. メジャーパッチのサイクルについてです。And this is regarding the major patch cycle. これまでですね、申請スタートからですね、まあずっとできるだけこの 3.5 ヶ月に1メジャーパッチ配信っていうのを、まあ、目標に掲げてやってきました。そうね。よいし So ょ of course, since the relaunch as A Realm Reborn, we've tried to keep this pace of one major patch update per every 3.5 months. でこれをですね、本当申し訳ないんですが、2週間プラスしてですね、4ヶ月にさせてください。なるほどね。And I'm terribly sorry to ask you of this, but we need to extend it by 2 weeks, and so we want to change it so that it's one major patch every 4 months. まあ、さすがにコンテン2ツ週間って何かって膨大になっていうとでするから、ね、仕方ないかなとは思うかな。開発内では実装期間っていうのと調整期間っていうので大きく2つあるんですけど、この実装期間にプラスあと1週間、それから調整期間にプラスあと1週間の時間をいただいて、
まあ、マイメジャーパッチを 3.5 ヶ月でなんとかやってきたのをちょっと4ヶ月、まあ、プラス2週させていただけると助かります。So of course we have periods of our development cycle where it's development and then implementation まあ and そこ various ら辺 adjustments, に fine スケ tuning ジュー that ル we 調整 do. 力は高い So から those 基 2本的 weeks that we に。ask うん。 of you 4 for ヶ your 月で配信 patience できるって言っ is たら基本 1的に week できる for とは思う additional よ。うん。 implementation and then 1 week for or 1 week additional for fine tuning. So あの that ね、 makes it 14 that で異例の異例って言 3 and a っ half た months ら、 now turns 蒼 into 天 4 の、 months. 蒼天の石ガルでタのですね、延期と、夏季休暇両月期間とか、まあ、我々延期やっぐらいやぱりサマーから、バケーションうん。スタッフに渡それ以したりする外でずれることはあんまりない。やっぱりうん。あんまりないというか、ほとんどなかっゆっくり過ごしてほた。しいっていうのがあるので、まあ、夏季休暇期間とか年末年始の場合には、まあ、これにプラス1週間ね、させていただくことがあるかなと思います。まあ、休暇は大事だな。 And in addition to that, we do have breaks, like summer vacation or summer holidays, New Year's holidays. I'm sure people have family that they would visit over the holidays, and so for those holiday seasons, we と might いうか、む see しろ14はね、今お additional 金 like が 1 出すぎ week's て有り余ってる状 not 態なん delay, だよね、 but 多 like 1 分。week's time added as お well. 金けど、まあやっぱりここまでサーバーとかが買えなくて前半の10苦労してるっていう、逆になんか、そういう細かいところにみんなの悲しいことが起きてるからモチベーションというところに頼ってやってきたところがあるなと思っていて、まあそれは僕自身のこう稼働の高さも含めてなんですけど、まあ休みたいというよりはやっぱり適切にみんな健康で健やかに開発に取り組むことでよりクオリティも上がっていくだろう。でもまあ事実足りてない無理をしてきたっていうところもあるので、ちょっとそれが理由になってます。As I explained in the first half, when we were looking back at our first 10 years, we really depended on the motivation of each of the developers that are on the team. And me included, I was moving around and very hands-on with my team. But looking at our schedule and how we work, I do want my team to be healthy and be able to sort of maintain a good level of quality because they are taking the necessary breaks. And to be honest, there were areas where we might not have performed as well as we should have because some of us may have been pushing too hard. So that's the reasoning behind why we want additional time. でまあ非常にね皆さん優しいコメントいただけてるんでとても嬉しい。特にスタッフの健康とかね気遣っていただけてるんでとても嬉しいんですけど、まあ、これまで 2.0 からねなんとか 3.5 ヶ月でこうやってきたこの実装10何週調整何週みたいなのでまあやってきたんですけど、ちょっとね比較を持ってきました。And thank you so much for the kind comments regarding our staff and making sure that you're showing your concern to our staff members. It really warms my heart, and I'll make sure to relay that. But considering what we've been doing in terms of providing an update every 3.5 months since 2.0, and we work with a schedule of like such and such weeks for implementation and whatnot. So we put together this comparison chart for you to take a look. まあこれまで、企画、開発、調整、デバッグっていうのを、まあ、3.5 ヶ月でやってきてたんですけど、Of course, our development largely is broken down to planning, development, adjustments, and debug. And this is some of the numbers that we've pulled up. まあ、パッチ 3.3 の時が左の列、5.3 の時が右の列です。So the column on the left is patch 3.3 series timing. And then the column on the right is patch 5.3 series. まあコンテンツ数がねそこまで極端にってわけじゃないんですけど、やっぱジョブ数がまずね11だったのが18になってたり、ボス数が作ってるボス数がもう2倍になってるからね。3って増えてるんですね。これ当然調整コストめちゃくちゃ増えてるんで。増えましたな。
So, I mean, the number of content, like types of content, may not have varied over the years. But if you look at, say, like the number of jobs, from patch 3.3's 11 jobs, we've now jumped up to 18 as of 5.3, which means a lot of different balance adjustments for those. Number of bosses have gone from 17 to 23. もちろんね、開発スタッフっていうのも皆さんからいただいた月額課金で、どんどん採用してどんどん増やしていて、チーム規模も当然上がってるんですけど、じゃあ人が増えればそんなに簡単に僕ら工場製品作ってるわけじゃないので量産が上がるかっていうとやっぱりそうではない。トレーニングも必要、経験も必要。やっぱりそんなスーパーエースたちが中川とか須藤とかがバンバン育っていくわけじゃないのでOf course, with our development team, thanks to さすがに the 須藤 support さんみたい via な、 monthly submissions, our subscriptions from 人は出て everybody, こないだろう we な。 are そ able んなパン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 。 to strengthen our team. We were able to hire additional staff. And so our team has definitely grown, but I mean, we're not in a factory manufacturing, like, we're not an assembly line. So we require training. We require for our staff to gain experience. Not everybody is a super ace player like Nakagawa or Sudo. 例えばこの開発チーム運営チーム三角形だとした場合に、この三角のスケールはめっちゃ大きくできるんですよ。はいはいはい。だけど結局上の方に行くと、どこまで行っても最後は頂点はディレクターとかプロデューサーってなってくると、ここがやっぱそんな簡単には増えないんで、何でもかんでもたくさん調整もチェックもせずに出すってわけにもいかないから、吉田を別に分身させろとかその培養して増やせばって考えもないし、吉田を培養して増やせテクノロジーがそこまで追いついてないんで。So if you would imagine our sort of team, I guess, our staff, or how we're organized as like a giant triangle. And of course, we can always scale the triangle to be larger, but I mean, it's still a triangle, so the tip is very small. And when you get to like the director and producer level, I mean, we train fantastic people, but like it doesn't grow in numbers as much as like when you scale the lower part of it. And there still requires a lot of adjustments that need to be applied on the things that we do create. And of course, it would be awesome if we can create like multiples of Yoshida. Maybe if we can clone him or like, I don't know. But still, it is quite a challenge. 翻訳がちょっと面白くなってる。吉田にハイドインキックして分割しようって言われてる。吉田にハイドインキックなってんじゃん、一吉田。24個で。Somebody saying, perform the Heidelin kick on Yoshida and sunder him. Then we'll have 14 こ of れを him. デ But ィ then ナ we ミ know スキッ that ク he's で。 sundered. So これを he's ディナ not ミスで読め fair. よう。 Like you have a diluted version of him. いやいや、でもね、例えばそのカットシーンの数字なんてね、2時間25分トータルだった自動送りしていくと、パチコートになると4時間30分になってるんですけど、当然ですけど、そのいただいた利益で人も増やし、いろんな会社さんにお願いして腕のいい人たちにたくさんカットシーンやっぱ作ってもらってるんですけど、どうしてもねディレクションする側っていうのの人数は限られてくるので、それでももう倍増近い感じですし。And if we look at the cutscenes, we went from 2 hours 25 minutes to 4 hours and 30 minutes. And this is like if you let the dialogue autoplay. But I mean, we have brought on many talented people onto our teams, but we still require somebody to look at the product that they create. And there needs to be a director that makes sure that we're aligned. もうなんか面白い、もうなんか能力の薄い吉田のただのやからやんけってただのやから Still going on about Sundered Yoshida, like, well, but what if he's like that's like a low quality Yoshida?
It's just a man. まあというわけでですね、これからもちょっと今日お伝えした内容 7.0 に向かっていろいろやっていきます。パッチの物量というのも頑張ってまた作っていきますし、クオリティとか調整というところも妥協なくねまた進めていきたいとは思うんですが、まあその分ですね、ちょっとこれまでのパッチサイクル3.5 ヶ月にプラス2週させていただいて4ヶ月っていうサイクルでですね、ここから先まだまだ楽しみお届けしていこうと思ってます。But yeah, we are making various plans leading up to 7.0, and we still want to continue bringing you the different patch updates. And so, with the different elements that we implement, as well as the balancing that we do, the fine tuning, we don't want to compromise any of that. That's why we do want to continue producing the patches to the quality that we hold ourselves up to. So we do want to ask for that initial 2 weeks so that we will have the 4-month patch cycle. But we will continue to bring you regular updates. まあ本当にあと10年やっていけばとてつもなく長い旅になると思ってます。皆さんとね一緒に今度は20年歩んでいこうってことになるかと思います。長いな。 And we strive for another 10 years. This is our goal. And I'm hoping that we will get to a point where we will be celebrating or like we will be looking back at our journey in our 20th like anniversary. まだまだやりたいことね、チャレンジしてみたいことあります。驚いてもらえることやっていこうと思いますので、ぜひこの先もですね、一緒にまたボティン作っていただけると嬉しいです。はい。We do want to do more, take on more and more challenges, bring you more surprises. So I want to continue building this together with you all. So yeah, it would be great if you could continue to keep with us. はい、では前半。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is all about the first half of today's Letter Live. 今日の前半、プロデュースされたライブの前半戦はここまでとなります。1個忘れた。DC トラベルはいつが結構多くて、今のところ予定 6.18 かなで予定してますんで。なるほど。 Sorry, one more thing. We did see a lot of comments about, so when is data center travel going to be implemented? We are currently looking at 6.18 timing for that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではこの後休憩に入るんですが、ですね、今日は後半戦は、通訳は別の方にお願いすることになっておりますので、あゆみさんがここまでとなります。So before going to break, because we have another person for translation for the Q&A part. So that's it for あゆみさん today. So あゆみさん、皆さんに一言ご挨拶お願いします。はい、長い間お付き合いいただきありがとうございました。Thank you guys so much for your patience as we navigate through all of this. But yeah, いやー、 we'll お see you 疲れ様 guys でし some た。 other ガリガリにしても at 終 another わらん。opportunity. 長時間の翻訳はね、頭が壊れちゃうんだよね。僕がね、安心してこうゲームシステムの話っていうのを全世界の皆さんにこういつもの調子でお届けできるのは、本当にあゆみさんの高い翻訳スキル、特にね僕の性格を把握した上でのやっぱり、トランスレーションがねもう長くなりますのでね、僕らもコンビを組ませてもらって、ね、なんで本当に助かってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ここどうやって訳しましょう。吉田さん Ami-san really knows Yoshida-san's characteristics very well, so it's we are very relying on Ami-san's translation for 吉田の翻訳スキルはね、やばくてね、なんか、 So thank you very much, Ami-san again. この間のファンフェスの後のなんか記者会見みたいなので、14時間ぐらいフルスロットルでずっと翻訳し続けたって伝説を持ってるからちょっとやばい。でですね、今日の休憩の音もご紹介したい。14時間ぐらい日本語から英語、英語から日本語をずっと繰り返し続けるっていうことができる異常なバイタルを持ってる人だった。天才だと思う。 And the time-lapse video of mosaic art we created live using screenshots that we were submitted
by our players during another broadcast、2本ありまして、1本目は、先日つい最近公開しましたエンドウォーカーのサントラが出ます。それの、3秒ダイジェストの全曲紹介の、トレーラーがありますので、そちらをご覧いただき、その後ですね、これも先日ご紹介しましたが、別の生放送企画でモザイクアート、皆さんからお送りいただいたスクリーンショットでモザイクアートを作るという企画がありまして、それのタイムラプスビデオがありますので、そちら2本続けてご覧いただいて、また、1時40分から再開したいと思います。それでは休憩です。ビデオをご覧ください。3秒タイムラプスいいよね。タイムラプスじゃん。3秒トレーラーいいよね。よいしょ。震える刃がやっぱり良すぎるな。あれの譜面欲しいけど高いんだろうな、今。いやー、毎回ながら3秒トレーラーはいいな。これすごいよね。ちょっと大変すぎると思うんだけど作るの。よく作れたよ、こんなの。どうやって作ってんだろうね、こういうの。このモザイクアート、スクリーンショットでやってるけど。てて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 。てん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 。
各トレーラーの白したね、これは。すごいなぁ。ひろふるさん、こんにちは。Thanks to you, Warriors of Light。光の戦士にありがとう。ドックのスクリーンショットも載ってるかなこれ、どっかに。すっごいチャーに見えた。いやー、前半なのに、これでまだ前半なのにちょっと私はね、すごい体力削れました。疲れた、すごく。見てるだけで疲れるんだよ、もう最近のプロデュースされたライブは全部。いつもね、ちょっと物量がね、多すぎるんだよ。ちょっと、ロックもさすがに疲れますよ、これ。毎回こんな長いと。毎回5時間ぐらい続くんだもん。生配信。見てるだけでだいぶね、もう、スタミナ使うよ、これ。胃が重いんだよ。情報量がすごい多いからね。しかもどれもこれも大切なことだからなんか、あれなんだけど、聞いてて楽しいんだけどね、毎回疲れる。毎回すごく疲れるからちょっと困る。いや。面白いけどね、まあ、この後はあれか、6.0、つまり、両月のフィナーレ本編を遊んでの感想とか Q&A、まあ Q&A のコーナーだね。多分、Q&A というのは名ばかりに、なんか遊んでて不満な調整とかそういうことについての怒涛のバトルが繰り広げられそうな気がするけれど、どうなんだろう。調整とかゲームバランスとかそういうところに対しての、お話がいろいろと続きそうだけれど、なんだろうな。トレンド1位がティンさんになってる。ティンさんいなくなるから。リットワティのギミックを見たことあるか？サイエンダーを見たことがある。ティンさんが呼び出した帝国ヘアローだ。魔導ミサイルを食らってパーティーともども全滅したことは、リットアルティン消滅戦には知られざる真実がある。アゼムのクリスタルを持つものだろう。当然それくらいは見ておけ。私は見たぞ。すごいこと書かれてる。ツイッターのトレンドが FF14 でほとんど埋め尽くされてて面白いな、なんか。一番関心があるのは T さんなのもちょっと面白いね。
この中で。一番多くつぶやかれてるのは T さんなんだ。まあ T さん衝撃的だからな。とりあえず次のパッチで、申請の序盤っていうか申請編の最初のエンディングまでは、全部、まあ、ほとんどが、フェイス、つまりあれですね。NPC と攻略が可能になるので、まあなんかもし、プレイしてみたいけど、ちょっと、人と組むのはなって感じの人は、やってみるといいかもしれませんね。6.1 っていうパッチが来たら。時期的には多分、4月、4月ぐらいには来るんじゃないかな、多分。4月頃に、まあ興味ある方は遊んでみるといいんじゃないでしょうか。編のがフェイスで遊べて、まあ、最初のエンディング見終わる頃には多分パーティープレイの何たるかっていうのは NPC と一緒に遊ぶことでなんとなくわかると思うので、まあなんか、それ以降ちょっとやってみたいようだったら、まあ、パーティープレイやりつつ、遊んでみるのもいいだろうし、まあそれもちょっとやだなって気持ちだったら、次のパッチを待って、さらなる NPC との一緒のプレイで、先に進んでみるのもいいだろうしって感じになるだろうね、しばらくは。そんな感じでやっていけると思うので、まあ、興味がある方はぜひぜひ、14プレイしてみてはいかがでしょうか。ピックのアップデートはちょっと衝撃的だったな。こんな綺麗になるんだ。これ良くない？だいぶ綺麗になるよね。よいしょ。これ、ハイランダーじゃなくて、ヒューランか。現在が、左が今のモデルで、右がテクスチャー良くなったバージョンだけど、こっちさ、かなりなんか、14のオープニングとかで流れるタイプの質感に近づいてるよね。肌の感じ。この感じ出すのいいよね。なんか、ただリアルになるってだけじゃなくて、この感じになってくれたのが嬉しい、私は。綺麗になるっていうことより。ワクワク。気質が違うな。いろいろと文字が。よいしょ。あれ？休憩いつまでだっけ？40分？いつ？わかんない。いつまでだ？めっちゃごじってることに言われて気づいた。めっちゃごじってたよ。よいしょ。だー。
むつさんも飲み物を用意しておこう。ちょっとお腹減っちゃったな。なんか、ずっと喋ってたり反応したりしてたら。お腹減ったけどなんもないよ、私今。なんか買いたいけど、買いに行ったら確実に遅れるしな。悩ましいね。どうしよう。なんか作るにしても何もないな。ずっと喋ってたからね、私。よいしょ。何か作るにしても何もないことに気づいたよ、私は今。お腹空いたよ。終わったら買いに行きたいな、なんか。何食べようか。皆さん何食べた方がいいと思う？私は今カレー食べたいんだけど。カレーか。カレー買いに行くのかな。なんかめんどくさいな。気分はマック。マックいいね。でも私の近所にマックないんですよ。近所っていうか遠くにもないんだけどね。東京なのにマックがないって不思議だよね。遠くにあるのかな。単純に私は知らないだけかもしれないけど、近所にあるのかもしれないけど、私は知らないです。近所にマックがあるかもしれないけど、私は感知してない。私の勘違いにマックがある可能性。勘違いって感知してないってことね。私の感知の外にマックがあるかもしれないけど、マックがないかもしれない。シュレディンガーのマックだね、これは。むつさん、そういえば今日は売れ残りのチョコを買って食べようと思ってた。いいね。そうだよね。バレンタインデーって何がいいって、チョコレートが安くなるところだよね。チョコが美味しいのだ。よいしょ。僕。でも私ちょっと甘いもの食べ過ぎてさ、最近。なんか、辟易してきたんだよね、ちょっと。だから甘いもの以外のもの食べたくて、なんか、しょっぱいものとか辛いものとか食べたいなって今思ってる。辛いもの食べたいな。辛いものはいくら食べても飽きないけど、甘いものは食べ続けてるとなんか飽きちゃうんだよね、私。だって私昨日も一昨日も、さらに前も、なんか毎朝甘いもの食べてたからさ。はい、戻ってまいりました。なんか甘いって感じでね。プロデュースされたライブをお送りしております。So welcome back to the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live No.68。で、後半戦はここからのお時間は、Q&A セッションということで、行月のフィナーレをプレイした経験から皆さんに質問をお送りくださいということで、事前にフォーラムでお送りいただいた質問をもとに吉田さんに答えていってもらおうということになっております。So for latter part of the today's letter live, we gathered lots of questions of all of you from the global players on official forums based on your gameplay through the Endwalker. So we have Yoshida-san to answer your question.ということで吉田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で後半戦ですが通訳にはローカライズチームのケイトさんにお越しいただきました。So for latter part, Yoshida san's voice will be covered by ケイトさん from our localization team。皆さんご挨拶お願いします。はい、ローカライズのケイトです。よろしくお願いいたします。はい、I'm よろしくお願いします。Kate from the English localization team。緊張してると思うんでね。はい、で、ちょっと注意点を3つね、言っときます。まずですね、今回行月のフィナーレをプレイしてということでですね、設定に関わる質問とかすごい多いです。なのでネタバレ炸裂しまくりなので、クリアしてねえぜっていう人はですね、ちょっと、後日クリアしてからご覧いただきたいです。Okay. So first of all, Kate's probably pretty nervous. So we'll distract from that by talking about something to watch out for. If you're about to watch this session, please know that we have a lot of questions about the plot and lore of Endwalker. So if you have not finished Endwalker, you're going to get spoiled. So maybe come back to this later when you're done.
でもう一個はですね、設定間違いがないようにですね、今回いただいた質問はですね、私、ちゃんと石川夏子と、小田万里とですね、話し合っておりますので、ちょっとたびたびちゃんとメモを読む可能性がありますので、下を見る可能性があります。And also, I'd like you to know that in order to not make any mistakes when talking about this complicated lore, I did talk to Botany Oda and Koishikawa before coming here, and I made a lot of notes. So if you see me obviously reading off a paper, I'm checking to make sure I don't mess up. でですね、3つ目なんですけど、ケイトさんをね、意外とご存じない方が多くて、ちょっと、今回ね、まず、ここちょっとあなたが翻訳してほしいんですけど、まずね、ローカライズチームものすごい稼働してですね、めちゃくちゃギリギリのギリギリまでハイクオリティにね、努めようとしてくれたので、まずどうしても日本語チームがこう言われやすいんですけど、本当にローカライズチーム主力を振り絞ってクオリティ叩き出してくれたので、まずそれのお礼を言いたいです。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあ、I take the translation for this part, and then for the localization. アメリカ英語とかのバージョンだと、そういう人たちが書いてるからね、テキストは。翻訳する形で。で、その翻訳がうまくないと、物語っていうのはちゃんと伝わらないからね。would like to take this time to thank you to all the localization team members. Thank you very much. でですね、特にね、ケイトさんの場合、北米の皆さんがね、よくね、こう、レディットとかで、講師ってなってるんだけど、漆黒のヴィランズも、行月のフィナーレも、ケイトさんがメイントランスレーターなんで、英語は。So also, Yusa-san would like to address one thing that, since Shadowbringers, especially on Reddit, people are excited about, hey, Koji, yeah, he's great, Koji. But the truth is, since Shadowbringers, that Keito-san is the person who is taking the lead of the English translation. いや、もちろんね、コージだって、作詞協力だったりとか、ケイさんが悩んだ時にコージが相談に乗ってたりとかっていうのはしてるから、別にチーム離れてるわけじゃないんだけど、今メインほら、第三開発事業本部もう一個 FF 作ってんじゃん。コージはちょっとそっち側もね、なんで、はい。So, Koji is still in the team, and then he's actually doing the supervising, and then Keito-san take lead, and then Koji is still doing the writing of lyrics of some songs, and then sometimes Keito-san is asking Koji for his advice. But as a whole of the business development BU3, creative unit 3. They are working on the other Final Fantasy title, and then Koji is kind of busy for that one. So, he is still working with us, but, the main portion for him is something else. いや、ほらね、こういうことを言うと、ほら、主力は16かとか言う人いるけど、漆黒行月とクオリティ下がってないでしょ、全然。先に言っちゃうとね、わーわー言うからあんま言わないようにはしてるんだけど、一丸となって第3全体で14も16も作ってますって思っておいてもらえると嬉しいかな。はい。So yeah, why we didn't say this, beforehand. When we say this beforehand, we know some of you are saying, hey, the BU3, the dev team are working more on 16, and then, 14 is left over, but that's not the fact. And then entire team are working both on 14 and 16, and then that's the thing. So, and then that both Shadowbringers and the Walker has a super high, comments and then appraisal. So, she's actually doing very well. はい。というわけでじゃあ質問パートに入っていきましょう。はい。それでは質問 Q&A の方に行きたいと思います。So let's move to the Q&A. はいはい。So the first part is.scenario and lore stuff. 最初はシナリオ設定に行きますので、ネタバレの方向でございますのでよろしくお願いします。お願いします。So the first question is システムを説明します。私が英語で質問を言って日本語で質問を言います。その後吉田さんが日本語で回答したものをケイトさんが翻訳してくださいます。So let me quickly explain how it works. I read the question in English and Japanese, and then 吉田さん answers in Japanese, and Keitoさん translate it into English. Okay, the first question is, I'm wondering what Azim was up to during the final days. Did they hear about what was going on from Bina?
And how did they end up parting ways with Silk and Hiterdeas? Will we learn more about Asem in the future? 古代世界を襲った終末の際、アゼムがどのように過ごしたのか気になります。ベーネスから終末のことを聞いていたのか、メトセルクやヒトロダイオスとどう別れたのか、今後アゼムについて語られることはあるのでしょうか。まあベーネスからアゼムの座を託された、人がね、古代を襲った終末の際に何をしてたかっていうのは、まず秘密です。秘密。So what the Azem who took over the seat from Vinod did during the final days is a secret. そこは多分明かされないんだよな、しばらくは。いずれ語るかもしれないし、語らないかもしれないです。ここは決めてないです。ただ何をしてたかはある程度は決めてます。はい。So we do sort of have an idea what they were up to, but we're not sure if we'll have a chance to talk about that in the future. なるほどね。で、ただ皆さんさ非化線だし、もしかしたらねアゼムの分割された魂なのかな、みたいな予想も立ってると思うんですけど、その皆さんだったら仮に告げられたとしたらどう行動するかっていうのを想像してみれば大体近いんじゃないかなみたいな気はしますけどね。なるほどね。はい。However, I also think because you are all the warriors of light yourselves, probably what you imagine when you think, okay, if I was Azem, what would I have done if Vinod had told me this? That's probably pretty close to the truth. ほらね、ハウジングしてたかとかさ、ハウジングしてたかとかさ、そのお使いに走り回ってただろうなとか、いろんなコメントがあるじゃない？だからきっとその中に近しいものがもしかしたらあるのかもね。For instance, we have people saying, I don't know, play around with housing, like do some mahjong. If you think so, then yeah, that's probably what happened. はい、ありがとうございます。以上です。では次いきます。Moving to the next questions. Why did Xenos dream of Armorod's final days? Also, how did he come to be a Reaper and learn to manipulate his avatar in time before 6.0? なるほど。ゼノスが以前に終末のアーモロードの夢を見ていたのはなぜでしょうか、また彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、でバリスの祖父にあたるのはソル帝ですね。ソルですね。はい。So the first thing you need to remember is that Xenos' father is Varys and his grandfather is Solus. でソルはそもそもエメトセルクなので、ゼノスはエメトセルクの血縁者、ひ孫に当たるのかな。So if you think about it, Solus is Emet-Selch, which makes Xenos a direct descendant of Emet-Selch, like his grandson or so. でこういうなんて言うんだろう DNA の特殊性って、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくて、突然思い出したかのように発言したりすると思うので、その辺をイメージするとちょっとなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。なるほど。If you think about, how sometimes when things are passed down through DNA, they don't appear in every generation, but eventually it suddenly remembers. If you think about it like that, maybe you can sort of understand what happened here. で漆黒秘話の中にも、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、ヒントがあるので、ちょっとクリアした今ね、改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。Obviously, this is a side story, but if you look at our Tales from the Shadows, you may find another hint in there, so perhaps right now is a good time to go reread those stories. でリーパーになってアバターっていうのはね、まさかこの質問が来るとは思ってなかった。とても良い質問なんですけど、なんか話せないです。As for how Xenos became a Reaper and got to use his avatar, I didn't actually imagine anyone would ask this right now. It's a very good question. Unfortunately, I am bound to silence on this matter. 考えてなかったわけじゃないですけど、話せないです。話せないものは話せない。It's not that I've not thought about this, but I absolutely can't tell you right now. ありがとうございます。Thank you very much.
Okay, 大 so next 体 one. 予想通りだね。こ I'd れ be は。 interested to know 言えないんだろうな how っ the て思って。 unsundered Asians, so Raha Blair, Elidibus, and Emmett Silk, avoided being kicked into 14 pieces by Heidlin. ラコさん、こんにちオリジは。ナルと呼ばれるアシエン、ラハブレア、エリディブス、エメトセルクだけがハイデリンキックを逃れ、14分割されなかった理由が知りたいです。あテキストをちょっと思い出していただきたいんですけど、物語行月の最終盤でエメトスセルクが、この時代まで私を残したのはっていうセリフをまず言ってるんですね。なるほどね。So if you think back to the text, だ towards か the ら、やっ end, ぱハイデリン Emmett が Selk 意図し did て imply やったん that じゃないの Vanal let him live on purpose. なのでそのハイデリンがかつて放ったその光の一撃っていうものには、エメトスセルクならギリギリかわせるだろうなっていう、加減が入ってます。So in fact, she did intentionally leave a tiny flaw in her sundering attack, a crack that Emmett Selk, being Emmett Selk, could find a way to wiggle through. これね、なんて言ったらいいんだろうな。加減って力を加減してるのとはちょっと違って、意図的にこれを使えばっていう、ニュアンスだと思ってもらえればいいです。It's sort of like, yes, it was a very powerful attack, but intentionally, ラハブレアとエリディブスが避けれたのは単純にあれたか。だシナリオ中でも語られている通り、その光の一撃ってハイデリンにとっても本当にギリギリ視力を振り絞っての一撃だったので、加減までしてる余裕はなかったので、なんとか彼ならやってくれるだろうっていう、賭けみたいなもんですね。なるほどな。So we said this in the actual game as well, though, which is that, when Heidelin did this attack, it was a very strong attack. It was the limit of her power, so she couldn't really fine-tune it. So, as intentional as this was, when she did her big, massive light attack and sundered the world, she couldn't guarantee that Emmett Selk would live. She was kind of making a gamble. だから結構奇跡的なことではあるんだよね、おそらく。その光の一撃が放たれる時にエメトセルクは、その場に居合わせたラハブレアとゾディアークの核から抜け落ちてきていたエルディブスらしきものと協力して一時的に次元の狭間に逃げることで、それをかわしたっていうことになってます。なるほどな。But in fact, what happened was at the time that Heidelin performed the sundering, Emmett Selk was with Lahabrea and Elidibus-ish. It was the Elidibus that had come out from Zodiark, so a little bit different from the original version. But nevertheless, he had those two, and he joined forces with them. And then that's how they escaped into the rift without being sundered. エリディブスはね、ゾディアークの核から抜け落ちてきた時に記憶もいくつも失ってるし、この辺りちょっと漆黒秘話でもフォローされてますけど、5.3 のラストでね、エルディブスも失ってるものが多いっていうこともあって、ただ居合わせたオリジナル3人が、協力してたっていう感じですね。単純じゃあ、ラハブレアとエリディブスはここにいたからっていう理由なんだね。When he came out of Zodiark, he had sort of lost some of his memories, some parts of himself. そうじゃなかった場合もあり得るのか。That's sort of 3人じゃなくて本当に1人だけっていう可能性もあったのか。He's lost a lot as well, just like Emmett. そう考えるとちょっとあれだよね。That's how the Unsundered got out, was by working together. なかなかその3人だけ世界に放たれた頭回り攻撃から頭回りに入らなかったって言われてるシェアダメージ。シェアダメージから払えなかった。How was it just the three of them that managed to do this from this thing that busted the entire world into 14 pieces? Well, good question. ありがとうございます。では次です。Okay, next question. Are there sundered Asians other than Fandaniel or Black Master Asians of lower rank still around? I'd also like to know which Asians those two red masks that Gaius carries around belong to. なるほど。ファダニエル以外の転生組アシエンや黒い仮面のカイアシエンたちはまだ残っているのでしょうか。あとできればガイウスに狩られた赤仮面のアシエン2人が誰なのかも教えてほしいです。あれは仮面の形でわかるんだけど、転生組のアシエンは転生組はあと数人は2、3人は残ってるはずだっけ、確か。ガイウスってどうやってアシエン返したんだろう。But yes, I do think that there are probably still some of the sundered blast mask wearing Asians でも around. 白戦績の技術ができてる時点でどうにか横流しさせてもらうっていう手段はあると思うけどね。どっかに身を潜めてるのかっていうのに関してはちょっとまだわかんないですね。
But those sundered ASEANs, however many of them there are, we can't really say whether they'd be in the source or in one of the reflections. ちなみにガイウスが持ってたその仮面はウルテマとデュダルフォンです。はいはい。As for the other part, ウル the テマ masks と that デュダ Gaius ルフ carries ォ around, ン。 they だ once からあと belonged 残って to るの誰だ Ultima っけ and Dudalphon. ただまあ仮面を持っているだけで、まあ果たして本当に倒されてるのかどうかっていうところはまだなんとも我々は言ってない。魂ごと倒したっていうのまあそこら辺はまはちょっとだ推謎測だよね。しておいてもら確かに。えばいいかなと思います。However, just because he has だ the から masks, 単純に that doesn't necessarily mean 逃 that れ he てる可 vanquished 能性 them. はあるんだよね。仮面 So が you'll 取ら have れ to て come up with your own 仮 theories 面が取れ as て to も、 what has gone on. 確かにそれは考えてなかったな。まあそのアシエンを倒すっていう方法って、まあこれまで何度も何回かね描いてはきてると思うんですけど、まあその辺ともこう重ね合わせて可能性とかを考えてもらうのもちょっと面白いのかもなとは思います。We've had a lot in the story so far about what it takes to truly defeat an ASEAN. So maybe think back upon those things when you're theorizing. はい、ちなみにまだ残ってると思わしきアシエンは確かパッシュタロ In ッ your ト mind, と in Yoshida-san's mind, how much time has ウ passed ルテ during マ the は story spanning from あれにやられ 1.0 to たと思わ the れ end て war? る。I want to know how many ウル years テマ older とデ the ダルフォン tutorial は slide is 仮面 now. が出されたから、吉田さんの中ではハルマルトと914パかッシュタロットぐらい業務のラスかな。トまでで劇中ではどのぐらい年月が経過した想定でしょうか。 16回に生まれたやつ。あれ14の世界はね、でいくつ年を取ったのか気になります。なんだっけ名前。これね、エロロ、エメロロアルスね。でトレーラーをそのまあ字コンテ文字のコンテを書いて、エメロロアルス、エメロロアルス、現実の経過時間、呼びづらいな発音が。 2年半に1回とかエメロロアルスはですね、消滅したんですけど、その後、引き上げられてます。いろんな冒険をしてもらってるだろうっていう予想で作ってます。So to be honest, 消滅はしたんだけどいるはず、確か。 When we're making the trailers, when we're coming up with the story, バルトが消滅した後 think about like, okay, you know, the Warrior of Light has done アシエン会議、 adventures. 新生の頃の How ア would シエ they ン look 会議に now? 出てるんです Imagining よ it with a ね。 time frame of 2 or 2.5 years each time, just だ like から、多 in 分、 reality, what you all have done. なのでまあトレーラー消滅はしたんだけど、別の人が転生組として来てると、多分、結びつけないでいただエけるとメロロアルスは。But the trailers are really not reflecting the だ length か of the ら story まあ、 itself. 生き So 残 I っ would てるんじゃ appreciate な it い if you か guys な、 could 多 think of 分。 them as separate things. でまあ作中での時間その 2.0 から 6.0 までまあもうなんか数年としか言いようがないあんまりイメージしてないです。As far as the actual story is concerned, I don't really have an exact figure in mind or an ペラ exact トスで、 imagining ま of あ、 how 倒 long れ it's て been るっ since ていう one こと point. は判明してるんだけど、キリがないでしょ。消滅後の、人の実年齢が何歳なんだとかさ。パッチ Yeah, I 2.3 mean, かな、 because if I go down that rabbit で、 hole, like エ I メロ will ロアル never スは stop. 喋ってるん Like, です how よ old is ね。 your soul? I don't know. I don't want to think about it. アシエンのなんか、話し合いに参加してるので、感じる。まあ、多分生き残ってんじゃないかな。生き残ってるっていうか、新しい人が出てきてんじゃないかなって感じかな。聞いて感じて考えて。 Hear, feel, think, perhaps. Thank you very much. では続いていきます。Next question. As I understand it, Emmett Silk and his Hyslodias returned to the Ethereal Sea, so they can now be reborn. If their souls are reincarnated, will the people they become to be able to use creation magics like the ancients? なるほど。はいはい。エメトセルクとヒトロダイウスは正解に帰り転生できるようになったように見えますが、彼らの魂がもし転生したら古代人のような想像力を持つのでしょうか。まあどう正解にだろうね。帰って魂が浄化され再び肉体に宿るとしても、まあそれは原初世界の人としておそらく宿るのみですね。まあでも多分 Well, 魂 their 自 souls 体は have been 強いんだ cleansed ろ in う the な。 ethereal sea, so even if we say they're 分かれてはない reincarnated, から。 that's just their souls being reborn into new bodies in the source like everybody else. まあ分割されてないっていう、まあアゼムとハイデリンの術で一時的とはいえ復活してるのを改めて正解に帰っていきましたけど、まあほぼ前例がないんで、まあ、どうなるのかっていうのは分かんないですね。まあおそらくは普通の人
プラスアルファちょっとぐらいなんじゃないかなっていうのがイメージですけど、まあわかんないですね。まあ普通の人より圧倒的に強い。プラスアルファちょっと強い。どっちかわかんないけど。強いけど、まあでもいるものは普通の人としてって感じじゃないかな。I think maybe it would be just like a normal person, but maybe a little bit cooler, a little bit better, but there's really no way to say. まあこっからは僕個人の妄想ですけど、まああれだけやれることをやり託して世界に戻ったのであれば、記憶も焼き付かず綺麗に現れるんじゃないかなって思ってるので、新しい人としてそれを引きずって転生するイメージは僕の中にはあんまないかな。なるほど。In my opinion, they really at the end they had 私 accomplished もそうであって everything ほ that しい they か set な。 out to do. So their souls would 新 be しい completely 人とし purified. て I don't know if 生 they'd きていっ even てほしい really な。 want to come back. They have nothing remaining. They 正 have no 解を lasting めぐって memories to address. 変に引っ張られることもない。ないと So 思 the う。 next 必要はないと思う、そんな。 Please tell us whether the star will be named しっかりやり残 Easter したこ going とは全部やったもん forward, ね。 or if we are sticking with Heidelin. Also, does everyone know the name Easter or just the warrior of light and their lies? 今後この星をアーテリスと呼ぶのか、今まで通りハイデリンと呼ぶのか教えてください。またアーテリスという名前はヒカさんと周辺の人だけが知っているのか、全世界の人に周知されているのかも知りたいです。まず今のところですね、光の戦士、まあ、主人公プレイヤー皆さんですね、その周辺で、まあ、週末の仕組みとか週末の結末っていうのを詳しく知ってる人はおそらくアーテリスって呼ぶことになるかなとは思います。I think people who are close to the Warrior of Light or otherwise very familiar with でもまあみんなにとってはハイデリンだよな、 might 惑 start 星。 to call it Aetheris. で逆に世界中のそれらの真相を知らない大多数のエオロゼア人はこれまでと変わらず別に惑星ハイデリンって呼ぶと思います。On the other hand, most of the people on the star, most of your average Eorzeans, 昔アーテリスと呼ばれていた惑星ハイデリンっていうただそも認識にそもなるもんね、多分現代人とからしたら。それから新大陸にいるような人たちっていうのはもともと惑星ハイデリンと呼んでない地域もあるので統一されてないですよ世界で。なので呼び方はまたそこに行くと星の呼び方変わる可能性はあるかなと思います。However, there are peoples in the east, for 場 instance, 所によ or っ the ては New 地 World, 球と who 呼ぶ場 never 所 call もあ it るのかも Heidelin し to れない begin ね。 with もし because か they し have たら。 different cultures. So if we visit those areas, we might find another name entirely. まあ一番実は困ってるのは宣伝チームじゃないかっていう気がします。なるほど。 I think the people who are going to be struggling with this the most is PR team. だってこう新規向けにさすでに惑星ハイデリンを巡る冒険がって言ってさ光の戦士たちがさいや分かってねえなアーテリスだろみたいな突っ込み分ける可能性もあるしさ。Like now, if you make catch copy that says like, そうね。 "Oh, a grand adventure on Heidelin," then the 宣伝 warriors チーム of は light 確かに are 大 just 変 gonna そう be ですね、そ like, れは。 "Did no one tell them?" すでにね、エンドが前のの時点でアーテリスエオルゼアなのかハイデリンか問題っていうのがすでに PR チームありましたよね。We already, I mean, the PR team already had a problem if we call it Elzer or Heidelin. So, yeah, the bigger question. はい。 Alright. Thank you very much. 次の質問、シンプルなやつ来ました。The very simple question. Will Xenos あれよね come back to life again? エオルゼアじゃなくてアルデラード超大陸だろっていうオタクみたいなもんだよね。まあ世界の果てでもなけれ言っちゃばうとそのなんだろう今みんなが活動してる場所でもない世界の割と断りとは切り離された空間にまあ放置されてるっていう状態ですね。そうだね。ゼノスはもう無理なん So, じゃないか as we な。 saw, Xenos' body right 死 now んだんじゃない remains か in な、 a 本当 dimension に。 that is separate 魂も from 正解 our に帰れず、 universe and all of its laws. まあどうにかして帰りたいだろうけど。正直カットシーンで結構丁寧に演出したので、それを見た直感がそのまま答えです。はい。I mean, we ど depicted こにも行 his かないんじゃないかな、 ultimate 彼は。 fate at length in a cutscene. ど So こ I に行 think くこともなく、 your answer is ね to、満 watch 足した that だろ and うし。 see how you feel. ちゃんと呼吸っていうか心臓止まる演出されてるでしょ？
I mean, we did show him stop breathing and his heart stopped beating, ヨ right? シピー的には、ヨシピー的には死んだはずなのに、なんかみんな的にはまだ生き残ってそうっていう気 If you が look しちゃうんだ at ろう the ね、多分。 source and its reflections today, they are inhabited by various races such as Mikote, Aura, Lalafels, and the like. でもまだっ All て the なる ancients seem 感 to じは be しないな、 of a 私も。もう hair-like さすが race. に。 Is there a lore regarding how 満 mankind 足したよ came ね、 to これ have は。 such varied appearances? なるほど。存分に楽しめたと現思うよ。在の現象世界、共造世界にはミコッテ、アウラ、ララフェルなどさまざまな外見の人がいますが、古代世界にはヒューラン風の人しか存在していないように見えます。そうだ今のようにいろんな外見の人が現れた理ヒューラン風しかいないよね由について設定があれば教えてください。全然質問が頭に入ってこなかった。コメントでさ、ごめんね。本当に。いや、まあ、何ゼノスがさ、友よ、無人島で待っていたぞっていうのを見ちゃってさ。It's really distracting because I'm looking at the comments and everyone is writing like Xeno stuff like my enemy, my 来るんじゃ friend. ない無人島に。 So, Welcome to our island. 無人島だっつってんだろ。無人島だって言ってんだろ。無人島に行ったらついてき just て leave た。 us alone. Okay. 待ってた。質問はですね、種族が、はい。生まれた古代人は全部ヒュはいはいはいーランっぽいんだけども、いろんな種族、外見の人がいるけども、なんか設定あるんですか？分かた But った時 races, に races, yes. 外見も分かたれたっていうだけなんじゃない世界が分かたれたかなって。時に、まあ、人っていうのが、全ての生物が不完全なまず存在になりました。Okay, so when the world was sundered, all livings became それぞれが得意不得意ある姿になっていったってことなんじゃないかな。長所と短所っていうのがより強くこう現れていくことになります。but it's that very incompleteness that allowed them to それは多分 develop マリス strengths 星 and が言ってた weaknesses, 通りなんじゃない and か that な。 over time sort of compounded into racial traits. 4.55で。その長所と短所っていうのが、まあ、長い世代をこう 4.5 経ていくうちに種族として55じゃなくての外見だったり特徴だったりっていうふうにそれにこう現れてきたっていうふうに僕らは解釈しています。It's sort of things like, you だから know, 多分キャラクターとは種族差のちょっとしたステータスの差があるけど、あれはまあゲーム的にはちょっとしたステータスの差なんだけど、あれこそが多分分かたれている人の証ってことなんじゃないかなって思うよ。まあここは世界設定側からのコメントだったりするから、ちちゃんと設定なんですよ。なんで耳が伸びたのって書いてあって、なんで耳が伸びたの？もともとすごい聞こえてたのに聞こえなくなって一生懸命聞こうとしたんだろうね、多分その人は。Look, I don't know the official lore for this, but people are asking things like, okay, but why are the Mikote's ears so big? And I think, you know, maybe they couldn't hear that well and they tried super hard to hear, and maybe that is what led to them eventually developing those big ears. もうララフェルはじゃあなぜ縮んだって縮んだ圧を強くしたかったんだろうね。圧が縮んだ。 So 圧を why 強 are く the したかった。 Lalafels so tiny? I don't know. Maybe they were under a lot of pressure. Maybe they ラーフェルは圧を were really 強くしたかっ intense. たから縮んだのか。なるほどはい、なあ。りがとうございます。はい Thank you very much. では次の質問です。Next question. The ruins beneath the bounty, treasure islands, and fabled golden cities mentioned by Emmett Silk haunt by my daydreams. Can we expect to be able to loot them someday? エメット・セルクが言っていた壮大な伏線、北上海に、潜む海底遺跡、秘宝の島、まばゆき黄金鏡などが気になって仕方なく夜しか寝られません。これらの回収は期待してもいいのでしょうか？サムデイ未来行くんじゃない？ごください。まあこれまでファイナルファンタジー14って、まあ、僕が引き継ぐ前 Q14 っていうのがあって、まあ、いろんな地名っていうのが出てました。そうだね。 Someday, you say? Yes. Well, I mean, as you know, we've had a lot of different place names crop up in 14 in the past. まあ、イシュガルドの門も開いたし、アラミドにも行ったし、あなたは東方にも行き、オールドシャーレアンへ、まあ、到達してね、サベネアにも今回行ったので、今まで and, 行ってきた we've been able to go to 名 a lot 前を of 出 places. したような The 場所は Gates 基本 of 的 Ishtar に全部 opened. 行ったよ We ね。 went to Alamigo. 大体。 We went to the Far East. メラシディアや新大陸には行ってないけど。 And even Thavnair. まあ、これまで出てきた地名はなんとか行けるようにこう頑張ってきたんで今後も頑張るんじゃないかなと思います。We've tried really あ、 hard そういう to ことだよ make ね。 sure that you could visit the places ポテン we've って名 mentioned 前出 so した far, 場所っ and て I ほとん want ど to 絶対 keep 行くんですよ。はい、だからありがとうございます。Thank you very much. 未来ここ行くぞっていうことで多分出したんだろうね。 In 名前が。 Elvis, Emmett Silk adjusted our warrior's lights to be closer to the ancient's height.
だからいつかメラシリアも新大陸もいけるんじゃないかな。 then versus in the present day, 楽 I しみだ feel like な。 she shrunk. Did something happen to her in the シリアが無人島あったら面白い。 intervening time, or なるほど is ね。 there コ another ンテン reason ツ for で行くメラシリア、エルピスで無人島で行ったらメラシリアだったっていう。古代人サイズに大きくしてもらいました。その状態の非化線とメーティオンの身長差を考えると、現代で非化線と対峙したメーティオンはかなり縮んだように思います。長い時の中で何かあったのか、理由があれば教えてください。わかりました。もうその前にさっきのね、はいいけるところはまあできるから頑張りますみたいな言ってたらね、もう楽しみすぎて夜しか眠れないみたいなコメントが多くて、ね、夜しか眠れない。 Just before that, I want to address よかった。 everybody seems really excited by my response to the previous question, ガチのサバイバル saying だし。 things like, oh wow, I will only be able to sleep at night because of メ this. ラシリアはな、なんかやばそうだしな、結構。まあまあアラブの遺跡とか結構残ってんじゃないかな。まずちょっと思い出してほしいんですけど、ウルティマトゥーレっていうのは思いの力のみが作用する空間だっていうことをちょっと思い出してください。Okay, but back to size issues. So I want you to remember that Ultima Thule is a space where emotions are the only reality. その冒険の中で皆さんにね経験していただいたように、その見えている通りにものが存在するんじゃなくて、認識、あなたがどう認識しているかっていうのが光景に反映される中域なんですね、あそこ。So what you see when you're in Ultima Thule is in accordance with the Warrior of Light's だか internal ら、 experience, not some kind of physical reality. 他の暁メンバーには見えなかったドラゴンたちが、光の戦士とエステニアには見えてたっていうことだからね。その思いが、投影されてます。なので、そのメーティオンの姿っていうのは、当然非化線がエルピスで見た時の光景を再現しようとするので、なのでそのエルピスの時、まあ、本人がとのだからスケール比をそのままイメージされてるので、あの姿でビジョンになってると思ってください。あそこに本当に So, as the Warrior of Light, メ you ー are ティオンがい traveling たって to わけでは Ultima ないっ Thule てこ to とだ find ね。 Meteon. So 思い the が反映 space されてたわけ reflects どうにも that ないか and ら it reflects your 確か internal に。 perceptions. And the Warrior あ of れちょ Light っと has 結 memories 構 of Meteon 複雑だよね Feltus これ。 in a certain proportion relative to 思 themselves. いが具現化するっていう設定は And 結 that's 構 why she ね、 appears that way in Ultima Thule. だからこれはその使いやすいように見えて結構難しい気がするよ。エメトセイクやヒトロダイエスも同じで、そのあくまであの中域はデュナミス、思いの力がビジョンを取るので、まあ、やっぱり相対的に光の戦士である自分から見た時のスケールで結構ね、なんか理屈でその思いが良いかと思います。再現されるっていうの So, が and 作ら the れて same るか kind of ら、 goes for Emmett Selk and his 意外と Jays ね、 when we な call んか upon them. ひりく Ultima つい Thule てるよう is に見 a えて理 place 屈っ controlled ぽいん by だよな、なん dynamis か。 and emotions. So really, it is your internal conception of these people that determines how they appear. もう確かに光の戦士大概記憶ガバガバだって言ってきたけど、よっぽどあれだったんだね、大事な局面だって思ってたんだろうね。なるほどね。This might make you judge the Warrior of Light just a little bit, but this is how it's remembered to them. はいはい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question is, I 一番トゥールはだいぶ wanted to 変な場所 harvest だよ some ね。Savnarian onions while I was in Savner. Where are they keeping them? サベネア島でサベネアの野菜を採集したかったです。どのあたりに生息しているのでしょうか。なるほど。なかったよね。こちらはですね、世界設定にに確認してまいりました。おう I asked the lore team about this and came here. チョコボの餌としてね、うん格別な効果を秘めているものなので、サベネアの野菜っていうのは、おそらく高原キャベツのようにサベネア島の中でも特別な場所でしか栽培できないものと思われますと。ああ。シュガルドのチョコボと同じような感じなのか have な。 these surpassing effects as chocobo feeds, so they must be a really unique cultivar. And I think similar to in real life, the cabbages that can only be サベネアの法 grown 律 in a で certain village in ラザ Gunma. ハの法律で決まってるか They're もしれないね。 probably そういう only のね。 available in a very small area of Thafnir. すべてはライブ班ノンコンバットコンテンツチームという名の神様の、さじ加減次第ですというふうに回答が来ております。なるほどね。Such things, they are dictated by the whims of
the gods that we call the non-combat content designers. つまりこれはあれです。華麗に世界設定からライブ班へヘイトをスイッチしたということです。ヘイトをスイッチシャークされたね。In other words, it's their fault that this is how they've interpreted the setting. はいはい。仲良くやってくださいね。はい。仲良くやってください。ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Were Zodiac and Hydrin completely destroyed? Or are there still standard parts of them on the other reflections? なるほど。ゾディアクとハイデリンは今回で完全に消滅したのでしょうか、それとも共造世界には分かたれた体があったりするのでしょうか。どうでしょう。これはもう明確に答えてしまいますが、はい、ハイデリンは完全消滅です。I'm just going to give a straight answer here, and that is Heidelin was completely destroyed. なるほど。そしてですね、ゾディアークに関しても、ファダニエルに乗っ取られて核を完全に破壊されたので、ゾディアークも完全消滅です。なるほど。Similarly, Fandaniel crushed Zodiark's heart, which is his core, and that completely destroyed Zodiark. 各共造世界にこう分割されて封印されてたんですけど、ゾディアークって、だからまあ見てもらえれば分かるんですけど、ゾディアークっていくつかのパーツまだなんかこうそうだね、腕とか足とか足というか次元の別次元にこの先あるみたいな感じになってるんですけど、各共造世界翼とかも封印されてるんですけど、ね、本体が完全消滅したので、それらのパーツも全部消滅してます、同時に。There were, of course, parts of Zodiark in the other reflections. He was sealed to split across all of them. But at the same time that his main body was destroyed, they all would have also faded into でも多分ゾディアーク出てくるんだったらハイデリンも一緒にセットになってきそうだよね。では次です。Next question.I don't really understand why the wall of light messing around 光と闇の神と絶透滅者みたいな。絶光と闇の神って感じで。非化線がエルピスで過去に干渉した後、未来が枝分かれせずにつながった理由がよくわかりませんでした。その辺の仕組みを教えてほしいです。これさあ、あれだと思うんだよな。アレキサンダーのストーリーがそういう感じだったから。自由に解釈していただいても構わないっていうのがまず前提です。Well, I think the most important thing is to say I think you all can come up with your own theories for this one. つながったり、つながらなかったりはするっていうことだと思うよ。そもそもつながっていたんだっていうふうに解釈してます。元からつながってた。アレキサンダーと同じだな、じゃあ。自動してカオストリーだみたいな。でまあつながらない可能性っていうのも当然あったと思うんですけど、ヴェーネスが光の戦士に対してまあその全力で対応してきた結果、なんとかつながったんだろうっていう解釈もまあできるかなと思います。Another interpretation you could have is that maybe Vinal worked really hard behind the scenes to make sure that the timeline didn't go awry. だからこそ、光の戦士、プレイヤーにめちゃめちゃ光の戦士はまあ知らないうちに全力を持って皆さんがこう対応してきたことによって、まあつながっていくという奇跡が起きたんじゃないかなと。And you know, therefore, the Warrior of Light was sort of always acting in accordance with this plan of Vinaz. So the timeline that we're aware of didn't change when we went back to affect it. 嘆きの海で初めて光の戦士が降り立った時にアルゴスが懐いていたという時点で、つながることが確定したかなという認識ではいます。I personally think that when we went to Mare Lamentorum and we first met Argos, and Argos, you know, really took to us and we were able to ride him, that is basically proof that, okay, at that point, the timelines were going to work out. アレキサンダーのさ、強くてニューゲームに行列のフィナーレ対応するので、もし気になる方は卵ニワトリ問題っていう全部見た上でもう一回おさらいしてもらえるとまた見えてくるものあるんじゃああいう感じの問題がパラドックスが発生してたけど、ああいう感じでどこが始まりかっていうのは結構ぼかされて書かれてるよね。14のタイムリープ系のものは。はい、ありがとうございます。Thank you very much. So going to next question. 次の質問いきます。はい。In the trailers, only the Warrior of Light seems to age, where the other characters always look the same. Will we ever get to see a grown-up Alfino and Elise?
すごい未来倒してる。主人公であるヒカセンの年齢だけが上がっていて、他のキャラクターは年齢が変わっていないように見えます。アルフィのアリ勢が成長した姿を見られる日は来ますか？見れるかな、悩ましいんですよね、これ。悩ましいね。That's really hard to say. いや、僕もね、正直、ディレクターとしての遊び心っていうのを、まあ、ゲームの開発者として、その拡張で、そして数年後ってやって、こう物語の中でね、成長した、もう実年齢として、その身長も伸びね、よりこう、かっこよく、そのよりこう可愛くっていうのはちょっと違うな、成長したアリゼとか描いてみたいって思いはあります。On one hand, so as a director and a developer myself, it sounds fun to me when I think about depicting, years later, a taller Alphino and Alice who are cooler and maybe cute in a different way. ただね、やったらやったでね、前のアルフィノとアリゼが良かったってすげえ言われる気がしてて。On the other hand, I also feel like if we did that, we'd get a lot of comments being like, "Oh my god, I really liked them before." 慣れちゃってるもんね、10でもさ、年ね。一回やったらさ、時を遡る以外にもう方法がなくなるじゃん。そうだね。And if we do it once, we can't go back, so that's a problem. そうだね。だから、塩来てるね、レシピが。ちょっとやりづらいんですよね。So it's kind of hard to pull the trigger on that one, I think. まあ、そういうところで塩裏がまあらしいよね。まあ、ワンピースっていう漫画とかでよく原作者の小田先生がコミックスのコラムというかね、コーナーで読者の皆さんに何歳になった頃のゾロを見たいですとか言って、まあ、書かれてることがあるんですけど、まあ、あんな感じでもし何かあった時の何かあったルフィやサッサとかはありかもしれないけど。Sometimes you'll see with manga like One Piece, the author Oda Sensei, he will have a corner where he answers readers' questions, and they might say like, "Oh, I want to know what Zoro would look like at such and such age," and he'll draw that for them. So if it's sort of like a what if scenario, we might be able to give you something in that vein. あれだね、意外とコメントではシナリオ上はそれはやらなくていい、なんか何年か飛ばして成長した2人が出てくるとかはまあ別にいいよ、やらんでいいよっていう声結構多いな。I'm getting a lot of comments that are like, it's really fine, like no matter how many years pass, it's fine if you just leave them as is. コラム的にアートをやってほしいはすごい do it っていうコメントがすごい見えますね。Yeah, we see lots of comment to draw a special イラストでは見てみたいかな。 I see lots of do it. 言ったらもうめっちゃまた do it になってる。Everyone's just yelling do it over and over. はい、いやでも相当慎重にチェックしてフィニッシュしないと怖いね。大変なことになる。We really have to be careful about the heights then. I'm kind of freaked out. Do it! はい、ありがとうございます。次の質問いきます。Moving to next question. Bernard said that not even her soul would remain. But what does that mean? I'm very fond of her character and would like to see her again. ベーネスは魂も残らないだろうと言っていましたが、魂が残る残らないの違いは何でしょうか、好きなキャラなのでどこかでまた見たい気もしております。魂というものもエーテルではあるので、まあまさしくそれごと使い果たしたの魂戦いにを構成するエーテルすら全て使い切ったっていうのが答えです。The answer is that souls are also made of ether, and she used up so much ether that also all of her soul was gone. まあゾディアークはまあニエ、その召喚のニエになった人たちを吸収しつつも、その魂だけは内部でこう保持してた。で消滅させずに残していけたんですけど、ハイデリンってベーネス含めて召喚者のその魂を保管しておくほどの余裕がない。なぜなら14人委員会の決断としてはゾディアークを作り出すなので、猛烈な少人数なわけですよ。そう。By contrast, okay, so Zodiac was summoned using sacrifices of a lot of people, right? But he was able to only use their aether aside from their souls up.
because ア he ニ was ド very ラスア strong and he ア was ラム summoned ネ by ー the シスさ。 convocation of 14 and all of that. アニ But ドラスの Heidelin 記 had a 録見 much てもすご weaker いし summoning, なかっ and たもん because ね。 of that, 集まっ she てくれてた didn't 人。 have the option to sort of leave the souls untouched. And だ including から Vinaz, she 本当に ended up 魂 using all も of their 武 ether. 器として使っていかないといけないレベルの、2かな、ベネス派っていう単語が出てきてたりしてたところを、今一度ちょっと見返してもらったりするとまたちょっと面白いかなと思うんですけど、まああの数本当強かったもんね。全世界の人類の大多数の半数古代人たちが協力しているそのゾディアック VS あれだよっていうものに対してっていうことなので、まあその辺の力関係っていうのはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います。なんで勝てたんだろうねって So いう in レベルだよね、 5.2, 本当 there に。 was some discussion of ベイネスはそれほど Vinaz's 強かったっていう group ことなんだろう that けど。 assisted her in doing this, and also of how much of the ancient people were sacrificed to create Zodiac. So if you look back at that time, it might be of interest to you now. だから最後の最後にその自分の魂という力だけをベーネスは残していて、それをまあ光の戦士というか暁と戦うために使ったっていうのがまあ回答です。だから At も the う、 very end, 二度と会う she ことは still 多分 had できない her と own 思う。 soul, Vinaz's soul. まあ、 But 過 that 去に was 戻れ the ば very ね、 power 会える that とは she 思う used けれ in ど、 fighting まあそういうの warrior も of 多 light. 分違うと思うけどだから言っ。てましたよね。ベーネスあなたもう力があって問いかけられたのに対して、大丈夫この一戦をやり遂げるだけの力は残していましたって言ってるのは、まあ、自分の魂をそこに当ててるっていうふうに思ってもらえればよいと思います。彼女は本当強い人だったよ When ね。 she tells you before the final battle そういう意 that 味 she でも。 saved enough ether for this fight with you, that is Vinaz's soul that she's referring to. そこをやりきるだけのはい。魂だけを残 Thank し you て very much. いたんだよね。本 So 当 the に。 next question. 大変重要な質問な気がします。Yeah, very important question. Next one. Now that Heidelin is gone, will the warrior of light no longer have the blessing of light? Or will we stick to around like the illusory armor? 今回のストーリーでハイデリンは消滅してしまいましたが、光の戦士にかけられた光の加護の術も消えたのでしょうか、それともアーモロートの幻影のようにまだ残っているのでしょうか。まあ、ベーネスが施した光の加護は、まあ、消えないと思ってますし、まあ、消えないであってほしいなっていうふうに思ってます。私もそう思 I う really な。 don't think 消 that え the ないで blessing い of て light ほ would しいな。 disappear, and I wouldn't want it to. いた証だもんね。光のクリスタルもそうだけれど。ハイデリンというか、まあ、ベーネスが、私の思いがいつまでも愛しき子らを守りますようにっていう願いがちゃんと加護として残り続けてる、いくっていうのが、まあ、ある意味最後にかけ直してくれたかもしれない加護だというふうに、まあ、思っていたい。まあ僕個人的にもね。はい。Perhaps そう she だね。 re-granted the blessing at the very end, but either way, I want to think that it will always protect the warrior of light, just like she said, my love will be with you forever, my dearest children. まあそれこそが改めてね、光の加護かなという気がしてます。はい。はい、ありがとうございます。 Those words, I think, will be the blessing you carry forward. Thank you very much. では次の質問に行きましょう。So going to the next question. In the cutscene after the level 87 dungeon, we see a red sigil appear before Emmett Selk's face. Does that mean such sigils aren't an Ascian thing, but rather identify one as belonging to the convocation number 14? Please explain the lore. レベル 87ID の後のカットシーンでエメットセルクが顔に浮き出る赤い印をねこう発動させていました。ということはあの印はアシエンの特性ではなく14人委員会の身分証のようなものなのでしょうか。改めて設定を教えてほしいです。まあ身まあ分そうなんじゃない証かな。というのは身分証ってちょっと違いうか。うかなと思うんですけど、まあ14人委員会のそれぞれの座に選ばれるような人っていうのは、まあ、膨大な魔力とかそれぞれとてつもない能力をまず持っているので、それらの力を解放した時にその浮かび上がるっていう風に思って、もうリミッターというかねを解除したみたいななんとなくイメージだと思ってくれればいいです。へえ。So it's not really just there for identification purposes, but yeah, if you think about it, every person who takes a seat in the convocation of 14 has really intense
比較してるんだね、あれは多分。So basically, it's like it appears whenever they use grand magic almost as sort of a limiter to constrain their magic. で、あれはマークは14人委員会のそれぞれの座を示すマークなので、14人委員会以外の人が俺も力を解放するぜってやっても出たりはしないです。However, each sigil does indicate the member's seat on the convocation. So, even if someone who's not on the convocation was like, oh yeah, magic time, wow, it's not going to show up on anyone else's face. そう、勝手にね、俺は第15の座を名乗るぜって言ったところで出ないです。You can't just name yourself the 15th seat and blast it and hope it'll appear. なので、わかんない由来いろいろ想像もできるかなと思っていて、それだけ強大なパワーを持っていて世界から認められる14個の座についてるってことは、そんなに無尽蔵にバンバン力を振るうなよっていう意味もあって、出すと14人委員会の人間であるっていうのがバンって出る可能性はありますよね。だから座を引き継げば多分、ヴェーネスには出ないですね。多分、座を渡してるので。はい。I think it's also probably connected to sort of the convocation's responsibility. These are people who've been acknowledged by society as having this grand power and taking up these seats. So you don't 顔の模様というか、あの模様は FF12 の召喚獣の紋章の半分こにした横半分に割った縦半分かな横半分に割ったやつなんだけどアゼムに相当する召喚獣がいないんですよ。吉田の座はね、継ぎたいものが誰もいなくてちょっと寂しいです。継ぎたいものが誰もいない。So people are talking about the seat of Yoshida. アゼムの座に相当する召喚獣がいないので FF12 しかも紋章出ないからね。紋章がAlso, I don't have a symbol on my face. 設定上は、だから多分14オリジナルのなんか紋章とかやると思うんだけど、見てみたいよね。アゼムの紋章。では続いて次の質問に行きます。So moving to the next question. In concluding this story,were there any threats you found difficult to wrap up, or bits of lore that you secretly changed or disregarded? 物語を一旦完結させるにあたり、回収が難しかった伏線、こっそりなかったことにされた設定やなかったことにしたい設定はありましたか？こっそりなかったことにしちゃったやつか。こちらもですね、世界設定アシエンのあれかな？小田さんからいただいてきましたけどね。This is also one that I had to ask the lore team, specifically Oda-san, about. 初期設定とか裏設定と呼ばれるものはその時点での想定でしかなく、物語を書き進めるうちにより詳細化されるものもあれば消えてゆくものもあります。The initial setting and background lore are only plans that we draw from. So it's not unusual for the details to change or disappear as we write the story further. 好きな人にはまあ常識と出してたんですけど、一時期は。限らず Q14 から新生への移行過程でも同じで、Q14 やってた方はご存知かもしれないですけど、回収しきれなかったという意味では相棒という存在は回収しきれなかったです。相棒は It's not only true of どうしようもないよあれは。you'll probably できないよあれは。 if you ど played うしても無理だよあれ 1.0, there's は。 a lot of changes between 1.0 and A Realm Reborn, and some あ of ん them な you セリフの couldn't タブ really いっぱい retcon 作って properly. For 絡み instance, 事 in 絡めるのは 1.0, ちょ the っと Warrior 無 of 理無 Light 理。 had a partner character. Q14 知らない人に説明するとね、相棒っていうキャラクターがねいたんですよ。で何者かよくわかんないんですよね。Well, we had this very temporary partner though, and この人は結局 so 何だった we んだ didn't ろう really know who アラミゴ人っ exactly ていうのは分かっ he てたん or だけど。 anything, and so we kind of just ignored it when we went on. だからあれは共造世界の自分が来てたんだとかね、いろいろなんかこじつけようかなとも思ったんですけど、もうどうにもならないんだっていう。なるほど。When you're making this world, you're sort of just like, I don't know what to do, and you'll just sort of sometimes ignore things that are inconvenient. なので時々ありますよ。
付箋として使おうかなと思ってたけど、まあ使えないからもうそのままにしておこうっていうのもあるけど、大部分は綺麗にいけた。アシーンの正体は昔の FF の主人公だったよみたいな、思ってたりするからあれですけど、はい。そういう伏線っぽいものもあったから昔はね。We'll just ignore that 結 going 局 forward. ボツになっ But た in けど most ね。 cases, we do 古 try 代 to 人っていう wrap 扱いになって up things, and maybe if there are things we haven't addressed yet, we can wrap them up in the future. はい、ありがとうございます。それでは続いてですが、next question. Will we have a chance to learn the identities of the full convocation of 14? は今後14人委員会の構成員について全員の、真の名前を知る機会はありますか？黒成績、黒曜石ってさめっちゃ突っ込まれてる。黒曜石確かに黒成績されてる。14人委員会の、その座とともにあるその真の名マナに関してはすでに決まってはいます。はい。So yes, we have decided the true names and identities of every convocation member. まあそれらを皆さんが知る機会があるかどうかは今後の展開次第ですねって悪い顔をして終わっておきます。Whether we tell you that in the future sort of depends on how the plot develops. Sorry to tease you. アルテマはアルテマの魔法が込められてるってことはあれだよね。では続いていきましょう。次の質問です。Going to next question. 週末に対抗するために作られたものなのかなって感じはするよね。ゾディアークが作ったメディアなのかなって魔法が込められた意見。ベーネスは善意の上で行動して結果的に良い方向にはなりましたが、その経過では世界を分断し多くの古代人を不幸にはしました。今回の結果を導くためには世界を分断するのは必須だったのでしょうか？まあシナリオ系とかはなっちゃんとも話をしてこうテキストをまとめているんですけど、その回答をね、まあ少なくともベーネスってヤシトラがまあ推測したようにエーテルが強すぎる古代人ではデュナミスにそもそも干渉することができない。結果その終末を根本的に止められないっていうふうに考えてます。なるほどね。So I also consulted with Natsuko Ishikawa in the 古代 scenario 人 team の to ままで come up は with an answer that この週 hopefully 末 will に make 抗う sense こと when we は explain it. 絶対に不可能だ At って the い very う least, 考えだっ as た。 Yashola theorized, Vinon believed that the ancients, だか being ら so こそっ dense て in いう ether, のは could not control Dynamis, and so she thought that they could not have stopped the まあで final も days かなり of the 博打ではあるんだよね。じゃあ確かに。別にそのゾディアークで、まあ、根本的に解決できなかったとしても天の断り、まあ、つまり天脈を強化して、まあ、絶望ビームを弾き返してるんだからそのままなんとかやってきゃいいじゃん絶望ビームをとしたとしても、いずれ今の古代人たちの考え方では、まあ、大敗的な末路をたどってしまうだろうっていうのもそのまあヘルメスの言動とかを見てても自分自身気づかされるところがあったんだろうなというふうに思ってます。自分たちの生き方に限界を感じてしまったのか。 Okay, we summon Zodiark and that'll be our solution, but she saw them summon Zodiark and sort of use that to deflect Meteon's despair beam and thought, even if we do this, if we keep going along as we are, the rest of the ancients will probably be unable to change. When she's looking at Hermes and everything, she thinks, okay, we can't change as a people and we will always be our own undoing. まあ確実とは言いはしないですけど、最終ダンジョンのラストレムナントのフェーズ3ラーラーが暴れ回ってるところは、なんとなく古代人たちがあのまま続いていったらこうなってただろうなっていうイメージで作ってはいます。If you look at the dungeon, the dead ends, じゃああの街なんかラーラールートがっていう話は間違ってもないのか。for what probably would have happened to the ancients if they had just continued as they were. 確かに古代人があのまま完璧になっていったらどうなるのかって人が持つエーテルをあれだよね。とにかく薄くしていずれデュナミスっていうものを使いこなし、人が終末そのものと戦えるようにしたっていうのがベネスの考えです。
So for that reason, she ま chose あ to でもそれ sunder に the しても star 結 to 構 dilute 必死 mankind's すぎて ether, っていう so の that はあった someday か they ら might be ね。able to use 意図する kindness 余裕はなか and った to ん fight だろうね、 back ベース against 自体に despair は。 and the final days at the source. まあ、本人も言ってましたけど、これは善悪で語られて良いわけではなく、その行いが果たして正しかったのかどうかっていう苦悩はベーネスが全部自分で背負っているっていう感じですね。As she herself says, this is not really a simple matter of good and evil, and she agonized over whether her decision was correct, and took all of that upon herself for all of this time. でもね、僕特に思ったんですけど、まあ、皆さんこうベーネスすごくいろいろな思いをね、プレイヤーの皆さん感じ取ってくれて、すごくこうベーネス疑ってごめんよと、ハイデリン悪いやつじゃなかったってなってるんですけど、はいはい。I think everybody has a lot of different feelings about Vina, and we wanted to communicate that Heidelin's not a bad guy, but こんなね、世界を分割して人を14に分けて、そのデュナミストを使ってね、その主演を歌うものにぶつけようなんていうことを決断し考えれる時点で、やっぱり彼女も古代人なんだなって思うんですよ。ああ、まあそうだね。 but it's this very decision that she made to say, okay, I'm gonna split everybody into 14 parts. どうしなければならないっていう考え方になるのも結構おごりではあるんだよね、ある意味。人ゆえの、古代人ゆえの。だから 5.0 の、まあ、ラストでね、エメット・ステルクがこれが最後の、最低だ、反じるっていうことをやるでしょ。何度も反じてきたんだと、その度になり損ないどものなんかダメなとこ見てきたんだ俺って、もういいよ、じゃあ最後もう一回だけ見てやるよって言うじゃない。At the end of 5.0, so we find out that Emmett Silk this 古 whole 代 time 人 has のメ been ンタ making リ these ティっていうの decisions は多分 about やっ all ぱり of 現代人 humanity, とは違う部分 about が how ある we're んだろうね。 imperfect creatures these days. But at the very end, それが悪いことなのかいいことなのかとか、そういうことを話すっていう意味ではなくて、単純に違うんだよね、やっぱり。生き物として。改めて正しく反じよう、メンタリテ人のィが行く先を、ものすごいなんか不必要なぐらい公平性にこだわるじゃない、その自分の記憶も全部消しておいて、自分は人間側につくから何してんの君っていうHermes is also concerned with this. その公平性に異常なまでにこだわるところとかは、やっぱり古代人ゆえのメンタリティがあるんだよね。起因してると思うんだよね。 concerned with fairness and humanity's worth. でもベーネスこそ反じるっていう言葉は一度も使ってはいないんだけど、ベーネスの歩みっていうカットシーンの中で剣を構えてね、今から私は世界を分かつって、まあ、あれってまさにもう反じるだと思っていて、全世界丸ごと反じるんかいこの人っていうのがやっぱりね、僕が思う古代人の怖さというか完全性というか、普通はあの決断人間にはできないぞって思う。だからやっぱり古代人は人じゃなくて神に近いんだよね。含めて計算した上でというか計画した上でだから、考え方というのは現代人における、たりしましたね。現代人における神っていう完全性にすごく近いんだよね。でも古代人本人たちはみんな自分たちのことは完全だとは思ってないんだけれど、そこら辺がやっぱ面白いところだよね。That really is なんか完全性とかは、 like that shows you how あと、なんて different 言うんだろう。 the wholeness of the ancients were, because normally we そうなの、 wouldn't メ be ンタリ able to ティ make の、 such a decision なんて言うん for だ all ろう、 of もう、 mankind. So when I see that, 認 I really 識 think, yeah, から Vina して違 was うみたいな、生き物とかに対しての考え方。そもそも私が反じてやろうって、まあアルフィノに言わせればなぜお前にそんなもん反じられなきゃいけないんだっていう話だし、ああ、そうだね。まあベーネスに至ってもそうよね。だから、その辺を意識してまた物語全体見るとちょっと違ったというか、もう一段その古代人っていうのがどういうこう人たちなのか、それがいろんなテキストにこうまぶされているので、今回サブクエストも含めてだけど、その辺見てもらえるとやっぱまたちょっと古代人はね、怖いよね。
そういう意味ではね。 You know, Emmet self is レシピの very 言うことももっ popular, ともだ but と思う。 I sort of agree with Alfina when Emmet's talking about judging その上 people で今 what right does he 今なんか have す to ご do くいい that, 感じに and 落とし、 that な may んていうんだ actually ろう、 be 落 the ちてく case れた with けれど Anna さ、 as well, like what 落 right と does し she ど have ころ to が。 do that. We've shown various things about the ancients でも and それは how それで different they ま were あ、 from そ us れは as いい people ことなん and だ how けど、やっ they ぱ were り sort of それはそ disarmed. れとして人間 So からした I ら think if 怖 we い go back 生き and 物 look だよ at な all っ of ていう the 部分はある different よね、 parts, 古代 including the 人。 side quests, with the ancients in them, you might find it interesting. そういうお前だって吸盤を反じてメテ落としたやろって言われた。 People are criticizing me as a hypocrite, being the great decider. それ言っちゃったらもう、どうしようもなかったんだよ。人間にはできない。 I mean, I had to, though, to どう make しようもな it. かったんだ。それは、古代人だったんだ。いや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 。よし、古代人だったんか。He insists he's not. はい、ありがとうございます。では、設定関連もう一問いきたいと思います。The Solstice Moon was made to imprison Zodiac after the sundering, but what about the first moon? Was Aesthetics the only thing divided among parallel dimensions, or did the sundering affect the surrounding part of outer space too? 現象世界から見えている月は世界が分かたれた後にゾディアークを封印するために生まれたと思うのですが、第一世界から見えている月は一体何なのでしょうか、アーティリスだけが多次元に割れていて惑星外宇宙には影響なかったのでしょうか。おもろ。まず共造世界にある月にも意味はあります。あります。 First of all, I want to tell you that the reflections moons have their own あります。 significance. 来たよ。ありますなんですが、今はお話できません。今お They 話で do, きない。 but あ I あ can't tell you what it is. 何かあるんだ。まあハイデリンキック光の一撃で、まあ、ゾディアークごと世界が分割されて、その後、共造世界においても原初世界でそうしたのと同じように分断されたゾディアークの一部を封じるために月が作られてます。月がまあ生じてるって月の中に。So after the そ sundering, れは思ってた。 after the で、 star さ was っき sundered 亡 and くなったっていう Zodiac から was 多 imprisoned 分、 in the moon that we know, で、 moons were created 原 or 初 you 世 could 界以 probably 外 appeared の in 分 all 断され other た共造世 reflections 界の中に with も pieces of Zodiac in them as 月の well. 中なのでにこのゾディアーク辺りは破綻の一部がのないように入ってて、きちんとで、それは消えたんだけど、作ってはあるので月自体はあるそれが何なのかはままだだ話せないんですけど、うん。意味はちゃでもんとあります。何かあるんだ。 We're going to その上でまだ show 何 this かあるのか。 properly 月 later, に。 so I can't give you spoilers now, but yes, there is some meaning to these. なんだろう。気になはい、あるなりがと。うございます。Thank you very much. それではですね、ここからは第一世界にあたって月とかに行ってみることもあるのかな、いつか。動画関連の質問に行きたいと思います。So from this point, the questions are not related to scenario or the lore stuff. So the question is, during the development process, what part of Endwalker were you a perfectionist about? は行月のフィナーレの制作の中で吉田さんが最もこだわった部分をお聞かせください。すごい。これ気になるな。なんいだろう。やもうね、ありとあらゆるところなんですけど、まあ、特にっていう意味だと、まあ、今回より特にですけど、各カットシーンにおける、キャラクターのこう目線、それから会話と会話の間の間、あと喋ってる最初の仕草、そこら辺結構確かに。その1カットシーンずつ細結かく局と比べても一段階上がってたと思う、私は。それぞれの担当者と話をしてキャラクターモーションとかも含めての。So if we're saying the things, okay, that I am the very most particular about, this time I would say in every single cutscene, I was concerned with the direction the characters were looking, and also the time between dialogues and conversations, and also the motions, especially at the beginning of each character's speech. なんか目線と間って僕特に大事だと思っていて、やっぱり演出する上でその目線って顎を向けることが目線なのではなくて、やっぱり目から先に動く、で首を振らなくても目って感情が出るので、そこをねやっぱりこうとがきにその
ぱあれだよね。視線を送るってあったとしてもそこら辺はさ、漆黒のヴィランズからすごいこだわってるよね。目だけが、眼球だけが動くのか全然違うので、そこはカットシーンは、実のところ、Personally, I think the direction of the gaze and how グリーンの your gaze あ works is たり really までは important. 正直映画 Your 論って eyes いうのは convey a lot of motion. 映画の演 Emotion. 出 It's 論で not 言わ just せてもらうとあんまり良く okay, な your かったん whole だけ chin ど、正 moves, 直。and that's your gaze, right? So お話 in は the 面白 stage くても directions ね。 and such, I was really concerned with. カ Okay, ット are シー your ン eyes の going 出 to 来自 move 体はちょっと first? Is their whole head 間 going と to か含め turn? て What's the most ち natural ょっ way と to 微妙だな convey っ this て思う部分 expression? はあったんだけど、あとは基本的に漆黒からそこら辺一段階あったよねって思う。テキストの進行度合いとかはちゃんと自分のペースで決めてほしいと思ってるから、まあボタン送りがあるんですけど、それを許さない、ここはもう演出マックスでいくから自動送りのみっていうシーンに関してはやっぱりそれはね、喋っすごくた後に言葉を飲み込んで次の言葉を発するとか、受けた相手がそれをシステム制限飲みかかってる込んで時は。自分なりに咀嚼してから答えを返すっていう、その無言なんだけどその間ってとても大事、みんなにいろんなことを考えてもらうために大事なので、そこもかなり今回しつこいぐらいちょっと調整させてもらいました。5.55 とかも Also, 結構良か usually った we なっ like て to 思 have うな。 14 as a game that you can play at whatever pace you want to, but this time we had a lot of scenes where they would go on autoplay through the text. And when a character talked in these scenes, I really wanted the other characters to take a little bit of time to process those words before responding, because that's important processing time for all of you as well. So I was kind of probably annoying about how particular I was about this. あとはやっぱこう伏線を回収していくときに解釈の誤解がとにかく生じないように、解釈の自由度があっていいっていうところはちゃんとそのつもりでディレクションしてるんだけど、ここは誤解されてはまずいっていうところを誤解されないように調整するっていうところはそれはなんかインタビューでも言ってたよね。なんかできるだけ I also was very particular about things not being misunderstood. 齟齬は生じないように頑張ったみ And た you いな know, 話 obviously, は like when you 見た have いた。 something foreshadowed or hinted at, that's fine. To have leave it up to people's interpretation, but you know, there are certain お腹痛くならない interpretations we don't really want to guide people towards. So I was particular about how we were そん portraying な those. そんなもう超気遣この辺りう。はやっぱり今回なっちゃんがやっぱりライティングを本当ギリギリのギリギリまでやってて、なかなかその演出までチェックしきれないっていうところがあったので、お腹痛くなりそうやね。ここを完全に分担して、じゃあもうこっちで全部引き取るから。だから俺が一番石川夏子の中二に近いと思ってるからって言って。なるほどね。Part of this was also because Natsuko, Ishikawa-san was very busy writing the script up till the very last minute for this expansion, so she couldn't perform her checks as closely as possible. And in the respect of who could stand in for her, I'm probably the closest person, so I ended up doing it a lot and being very particular. あとやっぱ天野先生のデザインの再現っていうのは今回はもう僕今回行列のフィナーレが1回目のそのハイデリン・ゾディアーク編という1回目の14のフィナーレリアクとハイデンのモデリングは本当に、よくできてたし、あれも主演を歌うものもよかった。だからこそ天野先生の絵を知る自分じゃあ天野大ファだなっンなんで、て、天野さんだなって僕がディレクションしたタイトルで天野先生の絵をまあ今のその14の技術にはなるけど、で極限まで再現したいって思いがあったので、そこはもうほんとしつこいぐらいリテイクして調整してっていうのをやってそこはめちゃくちゃこだわりました。なんていうんだろう、3D モデリング化にかけてはね、14は本当随一だと思いますよね、私 Really, は。 in a sense, like the first finale, the first あんななんか、 ending す that ご we い had 流体的 before な team 線 at を the し end て of the る Hellrain and Zodiac arc. モンスターデザインとかを I してる really 人 wanted の to have 絵をよ Yoshitaka く Amano's さ、 art. I'm a big fan of his. なんていうん And だろう、 obviously he's associated モン with ス the タ arts in ー 3D 14 and all of that. にできる So よ I ねっ asked him て。 to do the art, and then when we were 本当すごいよ reproducing ね、そこ。 those designs in game, I was super particular about getting まあ、 them マ right. ノ F だけど、オメガの天野先 MF 生のもすごいしさ。必ず僕が行くんですけど、全部申請以降全部自分で私は一番すごいなと思ってるのは、漆黒に出てきたホムゴブリンのデザインとかがすごいなって思ってたな。その設定で、まあいろんなそのラスボス書いてきていただいたと思いますが、今回先生に書いていただきたいのは絶望ですってすごい発注。すごい発注。 Of course, ever since A Realm Reborn, I'm the one who's giving 今回先生に書いていただきたいのは絶望です。him to draw.
And this time I was like, okay, I want you to draw the last boss. めっちゃ面白い I わ。 want you to よい draw しょ despair. そう絶望かでも先生いつもそうなんだけど、僕とのキーワードを2人でこう会話していくの、その例えばこういう事象が起きてそれが絶望した時頭に浮かぶもの、まあただメテオンは決まってたから鳥をイメージには入れてくださいって話をした上で、鳥、だね、こうやってやり取りしていくとね、星の終わり。浮かんできた、大丈夫、いけるってね、15分20分ぐらいみっちり話せば、巨匠だなやっぱり。Every time, you know, this time he was like, despair. But every time he's very good about talking to me. さん、ほんとすごいよ Sort of ね。 back and forth about what to envision here. We'll talk about, in this case, despair. And, you know, if we've, you know, in this certain situation, okay, you feel despair, what comes to mind then? And in this case, we also added in the extra sort of difficulty of making the bird imagery as well. But, you know, after like 15 minutes, he was just like, yeah, I got it. I have something in mind. Don't worry about it. まあ今度ね、実はなんか見せたかったんだけどね、主演を歌うものの天野先生の原画をどっかのタイミングでね、お見せできる機会を作りたいなと。見たいなそれ。めっちゃ I 見 really たい。 want to show you the original design ハイデリン we と got ディアー from ク him のイラストは出 for て the き end てた at け some ど point, so さ I'll look for a chance to do that. 主演歌うものの絵は出てなかったんだいっぱいあるんよねですけど、クエストインスタンスバトルの調整やってたりとか、あとまあサブクエストの開放タイミングが今回ね、申し訳なかった、そのなんか後ろ髪を引かれるようなそのサブクエストの出され方が多いなってちょっとそうだコメントを見ね。たあれは結構なんか、出方が悪いと思った The けど。 other things, でも for メインに instance, 集中できたからいい instance か battles な。 you do in 結果 quests, 的に I は was。quite focused on, as well as the まあでもサブクエスト sub-quest を timing 最初にやりたいっていう for 人 how には they ちょっと unlock 悪 and い all かもしれ that ないけ stuff. ど、あれ You know, は we've。got some comments about that. 今回ってやっぱり地域攻略型シナリオなので、しかも時系列時間軸が前に進む物語だから、なんかやっぱ週末に襲われている状態か襲われる前か襲われた後かって全然話の展開が変わるので、当然住民がそうね。週末来てる最中にさ、いやちょっとチョコボ連れてきてほしいとか無理でしょそうだね。Yeah, so this time, obviously, because we had the final days going on, it's very important to sort of have the quests unlock at the appropriate time. Like, is this happening before the apocalypse comes or during the apocalypse? You don't really want during the apocalypse someone to just be like, can you feed my chocobo or whatever? It wouldn't チョ fit コボ very 連れて well. きて。なのでやったので、かといってよし一旦落ち着いたから全部出せってやるとエクスクラメーションマーク出すぎると嫌になるの、もう見なかったことにしようみたいな嫌になる。 Also, if you just have them all unlock at the same time and suddenly your screen is filled with exclamation marks, like that's terrible. I hate that. なのでもう何回も投資プレイをして、このクエストのこのシーケンスまで来たら3クエスト出して、で3クエストだったら消化する気になるだろうとかSo that's why this time I played through so many times, and I'd be like, okay, when you get to this sequence of this quest, then there's 3 other quests unlock, and 3 is probably a decent number that people can get through, and that sort of thing. でこのクエストまで来たら5個出して、まあ、このクエストまで来たら残りを出してみたいな感じで潰していってる人にとってはもう別に潰していきゃいいじゃんって感じだと思うんだけど、数の威圧感とかをね、あと話の内容とをそのフラグをお願いして1個ずつ調整してもらうのって本当にもう投資プレイするしかないのですごい大変だった。ちなみに私はメインクエスト中にやったサブクエストはあれだけでした。レトリットのクエストだけだった。 I mean, it's nice. It's nice to have 昨 it 日 correct, サブ but クエ at ス the トだ same けは time, な in ん order か to ク create リア a 前 good に experience 全 for 部 those ク who リアし wanted ま to し go た。 through all of the quests, それ以外はもう手を bunch つけ of ず times, に which was really hard. 一気にま終あ、正直わらせたもうちょっと。減らしてもよかったかなって思わなくもないな。 Also, 結構ク sometimes エ I スト feel 多 like, かった couldn't よ we ね、 have 今 less of 回、サ these? ブクエスト。まあそれ以外にもハイデリン透滅戦もめちゃくちゃこだわったし、フェイスの方ね、あと今回久しぶりにテキストたくさん書かせてもらったんで、ID のフェイスのダイアログセリフとかはかなりの数書かせてもらったんで楽しかったです。はい。Also, I was quite concerned with your showdown with Heidelin, as well as the trust system dialogue. In this case, I actually got to write
some dialogue for the first time in a while. So writing all of that, all those trust lines was really fun. はい、ありがとうございます。アリゼのずるいもよしぴなんかそうです。ハイデリン透滅戦はほぼフルスクラッチでやりましたんで。ハイデリン透滅戦のテキストよしぴなんだ。全体的に。それでは次の質問です。Going to next question. Healers are currently putting out too much healing compared to damage taken, and have few damage dealing options and limited flexibility in battle. People are even clearing pandemonium with tank-only parties. Are there plans to make healers more vital to parties? なるほど。ヒーラーについて、非ダメージに対して回復量が多すぎるほか、攻撃の手段も乏しく、バトルでの工夫の余地が少ないと感じています。実際、パンデモニウムではタンクだけのパーティーでもクリア報告があるほどです。ヒーラーの必要度を高める予定はありますか？まずこれ毎拡張ごとにそうなんですけど、やっぱりこう毎拡張スタートして最初のレイドって正直難易度的にはかなり優しめに作ってます。それは受ける非全体ダメージ量もそうだし、必要とされる火力パーティー DPS っていうのも普段のレイドに比べれば下げてつけてます。これはね毎拡張一緒。Right, so I want to emphasize that we've done the same as we did in every previous expansion here, and that's at the start of the expansion. We sort of hold back on the difficulty for the raid in terms of damage taken and damage dealt and that sort of stuff. We make it a little bit easier so as many people as possible can clear. どうしてもプレイヤーの皆さんって地続きではあるからパッチ 5.4 で実装された時のそのエデンの最終レイドと比較しがちなんですけど、今回改めてレベルキャップが上がって新しいジョブも増えてってところなので、一回難易度のイメージをリセットして特に第一弾なので多くの人にクリアしてもらいたいっていうのを意識して下げてます。なのでこの話毎回聞くよね。第2弾、もそうだし、第3弾っていうのはまただんだん難易度がプレイヤーの皆さんのジョブの使いこなしに合わせて同じような話を聞いた気がするな。そういうサイクルを繰り返してると思ってください。You're probably comparing the 毎 raid 回 as it 聞か is れて、 now 毎 to 回 what 同 you じ had 答えを in 出して、で 5.4. 毎回 But you have to remember that at そんな 6.0 感じ we に added new なん jobs, か and we're still いい感 balancing じ things. に We バランス want は to give 整 people えら a れてってみ chance たいな to ことを繰り clear 返 if してる they んだな。 possibly can. And then from this point, we will マイン raise ドは the いかない challenge けど level 私。 in part 2 and part 3 of Pandemonium. まあそれでも基本的にちょっともっとヒールワークきつくしてほしいな、ヒールしてる気分を味わいたいんだよっていう人は絶に行って絶望していただけるとありがたいです。I think even at that point, if you're still unsatisfied, thinking, okay, healing is too easy and I want to feel more like a proper healer, definitely try the ultimate content and suffer. はい。はい、ありがとうございます。では続いてもう一問ジョブ関連ですね。So the next question. Dark Knights, Living Dead, and Blood Weapon are more difficult to use effectively compared to other tank skills. Are there plans to adjust this? 他タンクに比べて暗黒騎士のリビングデッドやブラッドウェポンの使い勝手が、いまいちです。今後調整の予定はありますか？まあ暗黒騎士だけじゃなくてですね、パッチ 6.1 で、暗黒騎士も含めていろんなジョブに手は、入れさせていただきます。So not just Dark Knight, but a whole bunch of jobs will be adjusted in patch 6.1. でまあ皆さんからのねフィードバックはかなりちゃんと見てますんで、それらを含めてできる限り要望にお応えできるようにね6.1 していきたいと思ってます。We are looking closely at all of your feedback and will fulfill as many of your requests as we possibly can in 6.1. まあ今まさに質問のあったその暗黒騎士のリビデとかに関してはもう今調整案が出てきて進んでるので、まあ何かしら手は入ります。はい。リビングデッドどう変わるんだろう。 We are definitely adjusting Living Dead, so リキャストが we 短 can くな wait and る。see how it goes. でまあ特に結構今ちょっと辛いんだけどって言われることの、まあ貴公子とか、あと白魔導士っていうのももちろんフィードバックを拝見しながら調整対象になってますんで、もうちょっとお待ちください。We've also definitely seen your feedback about Machinist and White Mage that you're having trouble with at the moment, and we are working on that, so please wait just a little longer. 辛そうな感じはあとしないんだけど。は竜騎士でね、ジャンプの硬直をもうちょっと短くっていうのもジャンプの硬直短くする対応は入れ
って今テスト中なので、どんどん短くなっプレイフィールてくな。に関わるところ、それから数値バランスに関わるところ、今回ね 6.1 また大きなプログラムコストかけて調整していけるので、で今日ここに上げてない名前のジョブもいろいろやりますんで、大事なところ。吉田が言わなかったって念押し言ってしていく。こう黒い煙が最近出るってよく表現されるんですけど、いろんなジョブ手入れますんで、はい。黒い煙出てるぞ。We're also looking at dragoons who are concerned about the jump animation lock being too long. We're going to try to shorten that up. So we're going to adjust things that affect the feel of your gameplay in addition to just the numbers. And of course, I'd like to say that even if I didn't specifically mention your job today, we're still looking at feedback and making adjustments for those too. So please do not descend on us in a cloud of black smoke because I'm scared. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。ちょっと前半でカバーされた気もしますが、Given that we now have Sage and Reaper, will you be increasing the number of glamour plates? リーパーと賢者が増えましたが、ミラージュプレートも増えませんか？ミラプリ関連はですね、各処理のアップデート、数を増やすとか、プレートだったら数を増やすとか、ミラプリを反映できるエリアを増やすとか、チェストのサイズを増やすとか、いろんな候補があって、それぞれのコスト出しが終わって、やっぱ順番にしか対応できないので、まず今回最初パッチ 6.1 では、プレートの複数枚追加を行います。なるほど。Right. So there are various requests that we need to address related to the glamour system, like your the number of plates, the areas that you can use them in, the size of your glamour dresser. We can really only address these slowly in a systematic way, but we are working on it, and in 6.1 we will increase the number of plates. で、何枚が増えるのが嬉しいかっていうのはちょっと個人差があるので何とも言えないですけど、それなりの枚数増やせてるんじゃないかなとは思ってます。はい。The amount of plates people wanted to increase by sort of differs by person. I can't tell you exactly how many we're adding, but I think it should be sufficient for the time being. で、それを第一弾としつつ、ボックスの中に幻影としてしまえる数に関しても大きく引き上げようとしていますし、それらあと着替えられる反映できる場所を増やしたいとか、それらいろいろ今やってますので、順次スケジュールが決まったら、とにかく 6.1 からミラージュプレート関連いろいろミラプリ関連ねアップデートしていきますよということだけお伝えしておきます。なるほど。And yes, we are definitely increasing how many pieces you can store in your dresser and how many places you can use these plates. So when we can fit them in the schedule, starting in 6.1, we will be adding more features. はい。ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Next question. Will we be able to obtain gear such as Imperial Officers' armor and uniforms, Galarian Gunblades, Imperial Lab Coats, and Shalian Forum members' uniform in the future? なるほど。今後、ガレマール帝国の帝国士官の鎧や服、帝国式ガンブレードや帝国学者のコート、またシャーレアンの議員制服などを入手できるようになりませんか？まずシャーレアンの議員制服はね予定があるはず。はい。So first of all, the Imperial Officer uniform is something we have already decided on. これまで帝国はやっぱ敵として描くことが多くて、なかなかそのガレマール帝国の内面とか人間としてのそのガレアン人っていうのを描く機会がこれまでなかったので、やめてたんですけど、行月のフィナーレでそういったところも描けたので、これからその 6.0 以降のパッチ報酬みたいな形で増やしていくのはありかな、そろそろ解禁してもいいかなとは思ってます。はい。Up until 6.0, we had mostly shown the Garleans as just these ruthless enemies. We hadn't really had an opportunity to show the normal people or other perspectives of that story. But now that we've done that, I think we should start releasing some gear that is Garlean themed.
はい、ありがとうございます。Thank you very much。だんだん残り時間も少なくなってきましたが、もう数問いきたいと思います。Time is running out, but I'd like to continue a few more questions. The next one is, do you plan to implement the songs that played on the radio in Garemald as an orchestral role?ガレマルドのラジオから流れていた楽曲をオーケストリオンフとして実装する予定はありますか？あれ人気高いですもんね。いいですよね。あれいいよね。 It's awfully popular. めっちゃ怖いけど。パッチ6.1でですね、ノイズが入ってるやつ、皆さんがメインストーリーで聞いたやつ、あれのオーケストリオンフの実装が決まってます。はい。And yes, we have decided to implement the version you hear on the radio with the distortion in it as an orchestrion in 6.1. なんかあれノイズが入ってないやつと入ってるバージョンがあって、どっちよっていう話だったんですけど、ソケンがサウンドディレクターとしてゲーム体験に密接に絡んでるのはノイズ入ってる方だから、そっちでまず実装しましょうっていう判断をしてたんで、そっちの方が嬉しいな、私は。We actually have a version both with distortion and without distortion. Soken felt that as sound director, he wanted to give people something as close to the in-game experience of hearing it for the first time as possible. For the orchestrion, so we're going with the distorted version first. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では続いてです。Will we be able to take up residence in Shalian or the lunar facilities that the Rockerates worked so hard to make some one day? Even just apartments would be fine. レポリットが頑張って作ってくれた月の居住地やシャーレアンにはいつか住めるようになりますか？アパルトメントでもいいです。早いし、日が早すぎる。サムでいいんですよね。まあね。いや、早いな。もうまずは石ガルドに住んでくれよ。追いつかないよ。追いつかないよ。Please just try living in Ishgard first. We cannot keep up. もうね、今回ね 6.1 でハウジングの抽選システムもできるし、全世界にさらにこうサーバーをね、大幅増強していくっていうのも発表させてもらったので、ハウジングに関してもやっぱりどんどんやっていきたいとは思ってるんだけど、マジで追いつかないね。I mean, yes. So for 6.1, we've come up with the lottery system for housing. We've also announced we're increasing the overall amount of housing. So it's not like we won't do it or we don't want to do, but we need to slow down a little bit. 住めたら良いですね。If we could, that would be nice, wouldn't it? That would be nice. 住めたらいいですね。ありがとうございます。Thank you very much. 次の質問いきましょう。Next question. Will you add minions for Emmet Silk?Hades and Xenos、エメトセルクやハーデス、ゼノスのミニオンは実装されますか？ここは役割は終えたよね、みんな。役目を終えてないキャラクターっていうところに関しては、僕が全権指揮取ってるところでもあって、キャラクターのミニオンは出す出さない僕が全部判断してるんですけど、行月まで来たので、ありかなとは思ってます。はい。Yeah, I'm the one who decides who we put out as minions. 思うよって言いながら。ずっと追いかけてくるんだ。やだな。Minions of characters whose roles are not yet done in the story, but I think now that we've done Endwalker, we can consider doing those. もうゼノスあたりは本望かもね。ついてくるわけでしょ。ついてくることを許されてるわけでしょ。許されてるんだよね。Is it okay to put Xenos out as a minion? He's just gonna follow you everywhere. He should be happy. はい、ありがとうございます。それでは次で本日の最後の質問にしたいと思います。So the next question will be the last question of today. ついに最後だ。And the question is, do you have any updates regarding female 今日4時間か。いや、なかった。ロスがある女性について何かアップデート情報はありますか？そういえば。僕らようやく行月出したばっかなんだよ今。そうだよ。7.0 でね、ロスがある女性は来るけどさ、来る予定ではあるけど。グラフィックスのアップデートもやるしね。ただもちろん忘れてません。And yes, we are working on a graphic update. But no, we have not forgotten about female ロスある女性。アートチームの方に
ロスがある女性のアートワークを何パターンも書いてもらい、その中から今、2系統に絞ってさらにデザインを進めつつ、それをどうやってその新しいキャラクタークリエーションにこう仕様設計していくかっていうところまで今来てるので、まあ、もちろん実装するとなるとね、まだ時間はかかりますが、着実に進んでます。So right now we've had the art team draw a variety of styles for possible female Hrothgar designs. We've picked 2 of them, and we're currently thinking about how those would look and what adjustments we would have to involve in putting those into character creation. So obviously it's going to be some time before we can actually implement them as a race, but we are working and we are making progress. まあ本当にやるのっていうコメントもありますけど、やるって言ったらやりますよ。People are saying, are you really going to do it though? And if I say I'm going to do something, I will do it. ありがたいな、それやるは。って言ったんだもん。I said I'd do it. やりますよ。あとね、なんか使う人少ないんじゃないっていうコメントもあると思うんですけど、僕はね、もうここまで来たらね、多いとか少ないじゃないと思うんですよ。全種族がそれぞれ平均的に人気になるなんてことはなくて。There are also people saying, but probably not that many people will play as female Hrothgar. But I'm thinking, we've come this far, and it's not really a matter of will they be super popular. It's not like everyone needs to use all races equally. その世界に多様な種族、見た目を持った人たち、それから内面の個性を持ったさまざまなプレイヤーがいるっていうことが世界の広がりをすごく感じられる、まさしく一人でもみんなでも遊べるRPG が目指すところでもあると思ってるので、だから使ってる人が多いとか少ないとかもうあまり関係がないからここまで来ると思ってるので、きっちり実装していくつもりではあります。私は絶対使うよ。People decide what characters to play for a lot of 嬉しいよ。 different reasons. They'll focus on the inside or the 獣 outside, 種族 and は some もう大好 people き may だか play ら、 a 私。 lot of this type of ありが character たい or の。 not a lot of type of the other character. That really gives the world flavor and FF で variety. 獣種族 And の especially 主 because 人 we're 公が aiming to 使 be え a る game っ that て you な can った play らもう、それは私 solo 得 or すぎるよ with ね。friends. To be honest, we're not that overly focused on like, ありがたい、ありが oh, たい。 everybody will play this thing equally as long as everyone's having a good time. もうそれを言った途端さ、新しい種族のアイデアを次々言うんじゃないよ君らって思うのよ。And of course, because I said that, now everyone is coming out with their ideas for new races we should add. Please no. 思い出してくれ。5.0 を発表する時の、ファンフェスを思い出していただきたい。ロスガルの男性と、ビエラの女性をファイナルファンタジー14の種族実装の最後にしたいって思い出していただきたい。Please remember when I presented Viera and Hrothgar at the 5.0 announcement, and I said, "This is the last one. This is the last one we're doing. Remember that, guys?" いいコメントがありました。みんな非化線の記憶力なんて曖昧だって知ってるよねって。そう。That I found a good comment. You know the memory of the warrior of the light. ならば覚えていろ。ロスガルの女性を持って種族実装を最後にしたいと私は思っている。Okay, well, if your memory was vague up to this point, remember it now. The female Hrothgar is the last one I want to do. はい。ありがとうございました。Thank you very much. 面白い。これで、今日の Q&A はここまでとしたいと思います。So this is the conclusion of today's Q&A session. Thank you very much for sending lots of questions. はい。ということで、PLL の残りの時間ですが、締めに行く前にもう一つトピックがあるということですよね。So before closing today's letter live, we have one more topic to share. 何でしたっけ？ハウジングの件です。ハウジングの件。そうだっけ？なんかここから PC がなくなったから何するんだっけって思っちゃった。画面が出ます。はい、画面出してください。じゃあ。He's like, what is this? ハウジング、パッチでちょっとね、パッチ 6.1 の6.1以降の土地土地販売に関してアナウンスとともにね、ちょっと皆さんの意見も聞いておきたいところがあります。はい。Okay, so I have an announcement about the housing process from patch 6.1, and I'd also like to ask you guys a question. まず抽選販売についての補足です。First, let's go over some details for plot sales. どうぞ。まず、
1回の応募につき1プレイヤーキャラクター1回どこか1箇所のみ応募可能って言ってましたけど、FC のハウスを買うとき FC 全体で1回じゃなくて所属してるメンバー1回ずつ応募できるので、これはもう大きい FC の方が有利っていうのは確かにそうです。Okay, so for the lottery system that we announced, we did announce that each player may only enter the lottery for one plot of land during each lottery period. But when it comes to the free company, it's not like the free company entirely only gets one entry. Every single member from the free company can enter. In that sense, then yes, the free companies that are larger will get more entries if they want. まあこれはやっぱり MMO っていうことを考えたときに非常に大きなコミュニティを一生懸命運営していて、メンバーもアクティブにたくさんいるっていう状況でFC ハウスがないっていうところがやっぱ抽選上有利に働くっていうところは、まあそれこそが FC のそのサイズの力かなとは思ってるのでこういうルールにしてます。I mean, after all, 14 is a multiplayer game, and we want to support the community. So if you have a big, active, free company, we want you to be able to have a house. And so that's sort of the reason that large free companies are getting a little bit of an advantage here. で、ただですね、これ、まあなんか40人いるからめっちゃいろんな土地に応募しようぜってやったとしてもですよ、まあ1個を買うっていう時に全員でそこに抽選申し込むっていうのはもちろん有利かな、数の有利はあるかなと思いますけど、バラバラにやると仮にバラバラに当選するとそれギル没収ですからね。1個しか当然購入できない。なるほど。そういうことなんだ。But again, I mean, you're only going to end up with one house for your free company. So yes, if you all enter for the same spot, you'll probably have an advantage. However, if you all distribute yourself among different plots, I mean, you may just end up losing money that way because in the end, you're only going to get one house. あとハウス購入権利を FC メンバーに渡すって結構でかい権限を渡すことになるので、なんかポットで人集めてくればいいじゃんみたいなのは多分怖くてできないと思いますよ。あとその権限を渡せる仕様も今回 6.1 と同時にもう変わってるのでそんなに簡単じゃないと思います。Also, it's first of all, we'll be making some changes to the rights to purchase land in 6.1, but also, I mean, in order to apply for this lottery system, your free company members need to be given the right to purchase land on behalf of your free company, which is sort of an important right to give people. So we don't really think that most free companies are going to be going around shouting out for randos to come help do this because they're putting themselves at risk. まあとはいえ抽選ではあるのでみんなでこう一気に応募したけど当たらなかったもまあありえるので。Though please remember that it's still possible that if you all enter, you still might not win. That's just how it is. で、続いてどうぞ。で、応募時に全額土地代を支払っていただきますよ。なるほどね。それは大変だよ。There's also the point that when you enter the lottery, you must pay. 40人いるけど40人分で応募しようとしたら、時には返却されるんですけど、当たってしまったらキャンセルしたらお金ねペナルティがかかりますんで。Obviously, if you do not win the lottery, that money will be refunded in full. But if you win the lottery and you decide to back out on the plot, you will lose some money on that. どうぞ次。で、今回パッチ 6.1 で4種類の販売方法を、用意してます。なるほど。Okay, so as of 6.1, we have 4 ways to purchase plots. 抽選販売の、FC 向け FC ハウスとしか購入できない場所、まあ、抽選販売の個人宅としてしか買えない場所で先着早い者勝ちの FC でしか買えない場所、先着早い者勝ちで個人としてしか購入できない区みたいな感じで4種類処理としては用意されてます。なるほど。So we have the lottery version that is for free companies only to buy their free company plots. We also have a first come, first serve system that you're probably used to for free company plots only. And then we have the individual lottery and the first come, first serve for individuals. で、この次どんなページだっけ？で、その販売方法のね、ちょっと分配に関してなんですけど、ハウジングエリアの区ごと、通常街第1区、拡張街第1区、この単位ごとに僕らが調整できるんですね。
ここは、抽選の FC、はい拡張区第1区も抽選の FC で、これを、個人にすることもできるし、しかもパッチメンテナンスを入れればいつでも変えられるように今回作ってます。なるほど。Okay, so each of these purchase systems will be applied by ward. So, for instance, we can give a different system to each ward in regular neighborhoods or in subdivision neighborhoods. And so it'll be like, Imperium Ward 6 is for free company lotteries, things like that. And we are able to change these every patch. でこれはどの区がどの販売方法になってるかっていうのはゲーム内で確認できるようになってます。You will be able to confirm which wards are subject to which systems in game. でしかもこれ最初例えば FC 用の区画として売り出して意外となんか小さいハウス買われないねってなったら、僕らがメンテナンス入れて残りは個人に開放しますみたいなこともできるようになってるので、混合していく区画もいずれ運用していけばあるかなと思ってます。For example, if we have something set to free company system and then all that's left are small houses that people don't really want, we can always change that later. 次どうぞ。で、パッチ 6.1 では、全ての区画に対して FC 向けもしくは個人向けっていう抽選販売にだけする今のところ予定です。So our current plan is in patch 6.1, we want to assign all wards to the lottery system, either for individuals or free companies. でね、処理は用意してあるんですけど、早い者勝ちっていうのを今入れないつもりでいます。 6.1。Right now, we are planning to not use the first come, first serve system at all in patch 6.1. で一応1区画だけ抽選その早い者勝ちを入れようかっていうのもある、なんか案としてはあったんですけど、どうです皆さん。We were thinking we could make maybe one section only first come, first serve, but what do you guys think about that? 別にいらないんじゃないかなって思うけどな。どうなんだろうね、みんなは。そんな感じだね。全部抽選でいいの声が多いのは多いな。1区ぐらいは試しでもいいんじゃないっていう声もあるな。I'm pretty sure the majority is saying they'd prefer to have them all lottery, though there's a decent number of people saying, okay, just one ward, first come, first serve. ただね、その脳内シミュレーションしたんですけど、やっぱり1区だけでも先着があると、そのログイン戦争がすごいだろうなと思っていて。Yeah, we tried testing this, and even if we only have one ward set to first come, first serve, it does kind of affect the login situation. しかもそのシナリオやりたかったのにとかあるし、そのなんか結局スタートダッシュでその先着購入できなかった人は単に抽選に回るだけで、なんかその徒労感というか疲れた感を少数の人のためだけにやるのはどうなんだろうって考えたんですよ今回。なのでもっといろんなそのハウジングの区画を増やしていけた後に、やっぱりその空いてきたらとか土地がもっともっと増えて潤沢になってきた時に空いたらすぐ買えるっていう風に先着を使った方がいいんじゃないかなっていうのが今の僕の考えです。Thinking about people who want to log in to do, main scenario or other things, we don't want to increase the login queue, and I'm sort of thinking that if you all try to go for the first come, first serve, you're going to be really tired by the time you get to going over to the lottery and trying to win that. So it might be better to just wait on first come, first serve until we have a lot more housing available for everybody. それならそれで良さそうだね、みんなね。そう言ってくれて。
a significant number of people seem to agree with that. よし、じゃあ、今回は先着なしでいこうかなと思います。まあ、よりね、もし先着でっていう意図が強いとかいうのがこんなアイディアあるんだけどっていう場合はフォーラムなどにねまたちょっとお寄せいただけると助かります。So yeah, I'm thinking we'll just go with the lottery system for now, but if you feel strongly opposed or you have another idea of how we could do things, please feel free to comment on the forums. はい。はいはい。はい。以上で、土地販売についてのお知らせでした。So that's it for housing plus sales. OK。はい、ありがとうございました。さて、ということで、第68回 PLL の内容はだいたいこれで全て完了いたしました。So this is all about today's Final Fantasy XIV letter from the producer live number 68. And then before closing, we have some announcements. So let's check it. このまま締めに向かう前に、いくつかお知らせ事項が例によってございますので、そちらの確認をさせていただきたいと思います。はい、画面お願いします。最初のお知らせです。The first topic is フリートライアルです。フリートライアルが2月22日から順次再開いたします。皆さん、フリートライアルは再開するので、一緒に遊びましょう。We will resume 基本無料というか、体験版っていう体験版が無料になる。体験版が無料になる。再開は体験版が再開される何箇所かで配布しているところがあるんですけど、準備ができ次第順次という形になります。まあそろそろ大丈夫そうだという判断をしましたので、2022年2月22日から順次再開していく予定でございます。まあそのうちね、フリートライアルの範囲もまたいつかね、ガッと上げたいななんて思ってたりはします。なるほど。We're trying to start slow here, but yes, February 22nd, 2022, we will resume regular free trials and expand from there. はい。はい、ありがとうございます。では次です。The next one, the next letter from the 第69回プロデューサーレターライブ。冒頭でコメントしました通り、第69回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを3月4日、日本時間午後8時からお送りいたします。So as we mentioned earlier, the next letter from the producer live will be streamed on March 4th, Friday, 金曜日か。and then starting 8 p.m. Japan time. ということで、内容はパッチ 6.1 コンテンツ特集パート1ということになります。So the content will be the patch 6.1 content part 1. ちょっと。で、こうサーバーいわゆる14の、データセンターの拡張とかって、まあ今年の夏から順次始めていく、まあその第一弾になる日本データセンターのワールドリーグループに関しては、今詳細の内容を告知できる準備をしているので、この3月4日の放送の中で皆さんにどういうスケジュールでやっていくのとか、どういうグループになるのというのをお知らせできればと思ってますので、そこまでもうちょっと今準備してますんでお待ちいただければと思います。というわけで3月4日は私の配信はお休みです。これを見るので。and talking about the first set of those, which is Japan, and the way that we'll be regrouping worlds and the schedule. ただ1個言っておくと、データセンタートラベルを入れる前にはやらないので、データセンタートラベルができる状態にはなってるので、まあもちろんね、そのリグループっていうところなので、4つ目の DC が出来上がるってことにはなるんですけど、行き来はできるし、ある意味日本 DC 全体でなんていうの固定を組むみたいなこともできるので、その辺も合わせてお伝えしていくので、どうぞ焦らずちょっとお待ちいただければと思います。Don't freak out. We have data center travel working already. So all this server stuff will be happening after that is available. はい、お待ちください。それでは続いてのお知らせです。So the next announcement is the reminder of the Endwalker soundtrack. We are now taking the pre-order for this soundtrack, and then we'll be out on February 23rd next Wednesday. So please make your pre-order if you do not do yet.
サウンドトラック、エンドウォーカー、魚月のフィナーレのサウンドトラックが来週ですね、いよいよ2月23日水曜日に発売を迎えて、現在予約受付中でございます。まだ予約されてない方いらっしゃれば、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。では次です。続いて、The next one is another pre-order announcement. And then we are now taking a pre-order for the Final Fantasy XIV print collection, third installment. And then these will be available April 30th. 4月30日発売の FF14 複製原画第3弾のお知らせです。今回は全7種類の画像が出ます。先に画像見ましょうか。次のページお願いします。These are the artworks オーケストラ that の will be available on April メインイ 30th. ラストもある。はい、この7種類になりまして、で現物がどんなのかというと、今日私の後ろにずっとありましたのが、こちら実サンプルでございます。こんなようなそうだ良いセット。ね、こちら。いいなぁ、このね。This is 両月 actually の one 群像 of っていうのか the な、多分 examples 違う of the か。よいしょ、アートワーク。ね、こんなサイズです。みんないるね。はい。ということで、ええもんです。ぜひご検討ください。いいもんです。怖い。では続いてまいりましょう。怖いから The next announcement. 怖いから立てかけられないからちょっと。So this is we are now running the collaboration with the Square Enix Cafe in Tokyo. 東京のスクエニカフェで FF14 コラボが現在実施されております。でこちら期間の通り3月25日まで行っておりまして、いろんな限定メニューとかコラボアイテムなんかがございますので、ぜひともご利用ください。その So うち this 行きたいけ collaboration ど、 will last until March 25th. So 3 there 月 are までや some ってるのか。 special menu and then some dedicated merchandise. So please check 電 it 気 out. 工機。うん、はい、ということでよろしくお願いい調べとこたします。行きたいな、そして最後にもう一つお知らせがございます。We are hiring ということで、スタッフ募集。 FF14 を一緒に作ろうという方、はい現在ゲームデザイナーとグラフィックスエンジニアの募集を行っておりますので、どれどれと思った方はですね、ぜひともリンク先をご覧いただければと思います。まあグラフィックスエンジニアはね、はい腕のいい人がなかなか捕まるわけじゃないんで、まあダメ元っていうのはあるんですけど、はい今ガリガリコード書いてるんですけど、もっと増やせればもっとなんていうのやれることも増えるんです。確かにもう我こそはというね非課線兼要はエンジニアの方グラフィックスのコード書けるよっていう方はですね、ぜひある程度能力に応じて交代額もご用意しますのでもう強化していきたいので、ぜひぜひ。あとまあゲームデザイナーもですね、まあ随分この前お話ししてからご応募もたくさんいただいて、採用された方もいらっしゃるんですけど、まだまだ規模拡大していきたいので、ぜひまだご検討ください。6割だな。We are having a surprisingly hard time finding graphics engineers, so you know, and if we had more, we could really increase the number of things we could do. So you know, we thought we'd ask the Warriors of Light if you have graphics engineering skills, please join us, and game designers as well. Please feel free to apply. まあ今ちょっととはいえ全くの素人じゃダメでしょって書いてるんですけど、ゲームデザイナーに関しては前回放送のアーカイブが多分残ってるんで見てもらえればいいんですけど、そっから今リードやってるやつとかもいるぐらいなので、14はもう課題の応募はなんだろう試験のように ID1 個考えてきてくださいとかなんで、そんなの別に Excel とか Word 使えばできると思うんで関係ないです、あんまり。はい。People are saying, well, don't we need experience to be game designers, even if you say it's okay not to? And no, really, I mean, as long as you can use Word and Excel, you'll be okay. So even if you've not done this specific job before, consider joining us. そうか、条件が悪いんじゃないとか、こう契約社員でしょどうせみたいな書かれてますけど、私ずっと契約社員ですよ。契約社員の方が給料上がりやすいんですよ。僕正社員オファー蹴ってた人間ですからね。いらないっつって。あなたがそれを Well, 言う people と are ちょっ saying, と、 oh, it's probably because you're only offering contract positions or something. And I'm saying, I was a contractor. I've been a contractor for this whole time because it's easier to know how much I'm going to be paid. 正社員
っていうなんていうの、その働き方の部下が増えちゃって、契約社員が正社員の評価をするのはおかしいだろうって会社に言われてついにいやおかしいのはなんかその給与制度だろうって言ってじゃあ正社員でもいいけどいくらくれんのって言って僕正社員になってるんで。At some point, I was told I started supervising all these people who were permanent employees, and the company was like, "Yeah, it's kind of weird that we have a contract employee supervising all these permanent employees. So can you stop?" And I was like, "I think the labor system is the problem here. But okay, how much money will you give me?" And that's how I became a permanent employee. 正直スクエアエニックスという会社の福利厚生は素晴らしくいいです。契約社員っていうその雇用形態が違ったとしても、本当にすごく良い福利厚生状態なので選択する人も増えてますよ、どっちっていうのを。ただこれもちろん人によって価値観の違いなので、どっちがいい悪いは言いません。ただどんどん上がっていくことができる会社だよっていうのは、正直変な話、僕を見てもらえればこんな跳ねっ返りが取締役やれる会社なんでSP はちょっとある会社かなと思います。特例すぎるはず We や have ね。 a good working system, and you can get promoted here. Obviously, people's values are different, so if you're うち thinking, の oh, 会 I 社に want to be 島 a 工 permanent 作いる employee みたいな versus a 感じで contract も employee, that's それ also は。fine. But yeah, we do have a good working environment here, so just so you know. そうか、意外となんかみんなあれなんだね。サービス残業が怖いって、サービス残業禁止ですかね、うちの会社。残業してもらいたいときは残業、このために残業、自分で申請してもらうときもあれば、お願いする、追い込みでね、お願いする場合、全部お金ちゃんとお支払いするっていうのが前提なので。Of course, people are asking about how much unpaid overtime they have to do, but actually we don't do that here. If we work overtime, we write the reason, and then we get paid overtime money. スーパーホワイト企業はい、というわけでスクエアエニックス楽しくねゲーム開発参加してみたいぞと我こそはと思う方はぜひぜひご応募ください。よしよ So し we'll cut that off here for now, but yes, if you're interested, please send your resume along with those links. はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is it. And then before closing, we'd like to take some final comments. これで以上で全て終了したので、最後締めの前にコメントを一言ずついただきたいと思います。まずケイトさん、一言ご挨拶お願いします。So, ケイトさん、please. 久しぶりに、このような通訳をできて楽しかったですね。いろいろ設定について、通訳できてよかったです。これからもよろしくお願いします。Hi everybody, it's been a while since I've been able to do this kind of interpretation, and I was really happy that I got to do so much talking about lore while doing so, and I look forward to seeing you again. ケイトさん、ありがとうございました。Thank you very much. はい、それでは吉田さん、締めをお願いします。吉田さん、please. はい、今日ね、本当Q&A も含めてですけど、いろんなお話しました。かなり未来のお話もしたと思うんですけど、冒頭に戻りますが、まだまだ14発展していきますし、チャレンジを続けたいと思ってます。So we've talked about a lot of things today, including the Q&A, まさかこんなになんかドバドバに情報が出てくるとは思わなかったな。 I want to say again, I really want to keep 14 going and take on new challenges from now on, so we will keep at it. もしかしたらね、家庭の中では、今回その日本 DC のね 4DC 目追加、ワールドリーグループみたいに、できるだけ避けたいとは思ってますけど、より安定的にこう運営サイズを上げ、みんなに混雑なくこう遊んでいただくために、本当にできる限りないようにはしたいと思いますが、我慢をねちょっとお願いしてしまうようなこともあるかもしれないです。Beginning with the Japanese data center expansion, of course, as we add servers, we're going to have to regroup worlds, and a lot of you will probably not enjoy that, unfortunately. But overall, we do want to increase the amount of space we have so that players can have a good time, not get stuck in queues, all of that. ただ最終的には光の戦士プレイヤーの皆さんがこのゲーム遊んでてよかったなとか、このゲーム本当に楽しいなって思えるね、こう未来のために僕ら常に考え、常に努力をして開発を続けていこうと思います。And just to sum up our goals, we really want all the people who play this game to say, wow, I'm really glad I played this. I had a great time. So we'll keep aiming for that going forward. なので改めて皆さんにお願いです。ここまで
Q14 からね11年一緒に歩み続けてくれてありがとうございます。And to all of you players, thank you so much for coming on this 11 years so far journey with us. まあ行月のフィナーレの英語タイトルはねエンドウォーカーですけど、これからまた新しいファイナルファンタジー14の冒険の旅に一緒に歩み続けてもらえるととても嬉しいので、ぜひこれからも長い間よろしくお願いします。I have one thing to ask of you. Obviously, this expansion was called Endwalker in English, but we're going to keep walking. We're going to keep journeying. So I hope you will join us on our adventures for as long as you possibly can. Thank you. はい、それでは今日本日長時間ありがとうございました。Thank you for watching such a long presentation. Okay, this is the conclusion of today's Final Fantasy 14 letter from the producer live, and then see you all again in 2 weeks time at the next PLL. 以上をもちまして第68回プロデュースされたライブを終了とさせていただきます。皆さん次回2週間後の69回、プロデュースされたライブでお会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。珍しくない？さようなら。さようなら。またね。はい、というわけで PLL が終わったので、こちらの方も配信終わろうかなと思います。今日は21時からプーちゃん、マリパメンバーの3人の人たちと皆さんと一緒にバルヘイムをやっていこうと思うので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。ではでは皆さんお疲れ様でした。いや、4時間47分か。すごいな。疲れた。はい、お疲れ様でした。またね。